よー、お待たせいたしました。どうもこんばんは、国和でございます。本日もノーマンズスカイやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。音入ってますか？大丈夫だと思うんだけれども。コラクさん、こんばんは。ウェイテンションが高い。今日もありがとうございます。通りすがりのエニグマさんいらっしゃいます。ありがとうございます。久しぶりな感じですかね。前の建築無言で建築やるぜって言ってバリバリに喋りまくってタイトル詐欺してた回で確か来てもらいましたよね。確かね。多分、そうですよね。間違ったらごめんなさい。ようこそいらっしゃいまして、よろしくお願いします。リオシ、こんばんはいらっしゃいまし。今日もね、やってきますんでね、どうぞお付き合いください。ふー、パン、肩パン。若い。絡みが若い。もう、高校生の絡み方。はたまた大学生の絡み方。飲んでますちょっと飲んでます。今日もね、おしゃべりしながらノーマンズスカイやっていくんでね、一つよろしくお願いいたします。今日はですね、週末なので水銀がいっぱいもらえるクエストができるということでね、そちらをちょこっとやって水銀をサクサクっと集めた流れでですね、今日建築よりもそのコルベット寄りになるのかな。コルベットいじりを少しやりたいなと思っております。なのでコルベットに使えそうな建築パーツを1個2個開放してね、それを活用していきたいなとちょっと考えておりました。構想はあるのでね、その構想をベースにちょっと考えながら進めていこうかなと思って
おります。ドシラフです。シラフなんや。テンション高いね。今日もそろそろ水銀を飲まないと死ぬぜお寿司みたいに言わない。水銀を飲んだら死んじゃうから。ダメ。ですね、本物の若者は肩パンでパワハラエンドです。怖いよ。令和の若者事情怖いって。今日はですね、こちらの、我が愛機こと、このロブスター号。こちらですね。ちょこっとボディに明かりを足して赤く光る演出を加えたんですけれども、まあ、こんな感じのちょっとした改造を加えつつやっていきたいなというところと、あと、ロブスターなのになんか足んないなと思ったんですよ。こいつ、触覚が生えてねえぞと。ロブスターってなんかすごい長い触覚がビヨーンと生えてるじゃないですか。気づいたんですよ。触覚生えてないって。ほら、上から見ると尻尾の形もなんだかんだロブスターっぽくなったの分かります？後ろの、なんだろう、観覧席を全部取っ払って形をいじってたら、なんか思ったよりもいい形に収まったんで、ああ、これいいじゃんと思ったので、これでいこうかと思ってます。お尻の形に関しては。あと背中のね、パーツをちょっと間に一つ足して伸ばして、少しシルエットをね、変えてみたんですけれども、まあそんなに大きな変化はないかな。尻尾のとこだけですかね、一番変化があるの。あとはこいつに触覚を生やして、よりロブスターっぽくしてやろうかなという算段でございます。はい。そっか、長い触覚、そう、あと足6本と大きい羽。あれ羽は違う。羽生えちゃうとまた違うものなのではなんか有機的なデザインにはなりそうだけれども。なのでカサカサやめろうわートラウマがトラウマが今日はね、こいつにまた生命の息吹をね、おでこのところに2本ぐらい生やしていこうかというところでございます。あとですね、今回配信をグレードアップいたしました。毎回ですね、僕の配信ありがたいことにいろんな方がコルベットをね、新作をここで発表していただく機会がありまして、みんな家に新作を持ってきてくれるので、スクショタイムって設けてるんですけど、僕が邪魔だったりコメント欄が邪魔だったりするのに対して新機能を追加しました。ご覧ください。ドン。はい、画面の余計なものを全部消せるようになりました。素晴らしい。これによってですね、皆さんのスクショタイムがはかどるのではないかと思います。同じゲームでね、配信の中に参加していただいている方は自前のゲーム内カメラとかがあったりするのでスクショは困らないんですけど、それ以外の方もね、スクショ撮れるようにこういった形をうまいこと撮ることができましたので、ぜひぜひお気に入りの機体とかね、いい感じの絵になる場面がありましたら、バシバシとこちらでスクショを撮っていただければと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。成分言い始めたら何も食べれないかといって虫は食いたくない虫は食いたくない。いや、まあ甲殻類もギリだけどね、ぶっちゃけね、なんか見慣れちゃったから違和感ないけど、多分初見で見たら食えんのは確かにそう確かにそう。でもなんかだんだんちょこちょこっと手加えたらだんだんロブスターっぽくなってきたんじゃないかなって感じはあるね。尻尾のところもなんか勢いでやった割にはなんか結構ぽい感じにはなってるなと思いながら見てました。どの角度から見てもなんか尻尾っぽいなって見えるから。そうなってくると爪がちょっとねサイズ感いまいちだったりするんだけど、まあおいおいでしょと。気が向いたら爪はいじります。あと今日はね、我らが DA さんの配信の方、今日ちょっと早い時間に DA さん配信してたんですけれども、そちらお邪魔したらね、そのコルベットの造船の時のテクニックをね4つぐらい教えてもらったので、それを活用してね、いい感じにいじっていきたいなとも思ってるのでね、それもどっかのタイミングでやっていきたい。今日できるかな？パーツ足んないんだよな。いずれはね、それも視野に入れていこうかと思っております。その時はぜひお付き合いください。いいね。じゃあもう全部脱いじゃおうか。何を求めてるのノーマンズスカイ何を求めてるの？絶対この回じゃないんだ。でも言われてみればどうなんだろう。このバディって中どうなってるんだろう。ほら、この世界観さ、この中身がどうなってるかって分かんないから、このヘルメットの下にはどんな顔が隠れているのか。実は脱いだらすごいわがままバディかもしれない。そんなことはどうだっていい。じゃあ始めましょうか。始めていきましょう。すいませんね、僕の配信このスタートが毎回ゆっくりなのでね、遅いのでぼちぼちね
進めていきましょう。まずは水銀集めからですね。やってまいります。白メガネさんこんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いいところにいらっしゃいました。これから水銀集めやっていくんでね。水銀はあれだね、スペースアノマリーの方が週末だからなんかたくさんもらえるあれがあるのかな。そっちの方にまずは行きたいですね。サムスアランバリのチャンネルが素晴らしい。ナイスバーデー。これ脱いだらボディースーツあると思います。宇宙服脱いだらボディースーツあると思います。むしろそうあれ。へき違う話になってくる。性別がまず女固定っていうね。性別がまず女固定な説が強い。は水銀集めて建築パーツを何個か買って、で今日はコルベットいじりの方をメインでっていうか理想的な形になるまでちょっとやっていきたいなというところでございます。なるかな。でもちょっと自信ないな。結局今乗ってるこのコルベットロブスター、我が愛機ロブスターくんがですね、ロブスターの名前を監視しながら触覚が生えてないことについ最近気づきまして、気づいたの今日なんですけど、こいつ触覚ねえぞとあれみたいな、なんかロブスターっぽくないんだよ、なんか足んねえんだよなと思ったら、そういえば触覚全然生えてないじゃんと。なので触覚に使えそうなパーツを入手したいところなんでね、やっていきましょう。こちらですね。これやっていこう。古代種の掘り起こし、古代の骨を発掘する。週末イベント、もうちょっと20時間ぐらいで終わっちゃうので、これをやっていこう。マジか。フリゲートモジュールも増えるじゃん、こっちで。神。全然数足りてないから。じゃあやっていきましょう。フリーゲートの燃料もありがたいですね。国数いきまーす。俺防音室ドア閉めてるよな。ちょっと開いてる。危ない。壁ドンされちゃう。行きますじゃないね。行きまーすって言ったら隣の壁からドン殴られて来るなって言われる。ロブスターって茹でてないの赤くないんじゃ。やめなさい、そういうの。そういうメタ的なところは掘り起こしちゃいけない。茹でる前のロブスターの色なんかみんなね、あれなんだから。みんな赤い方がイメージあるんだからいいじゃない、赤ってことで。もうどうしてもダメだったら色変えるし。いいじゃん別に。どうしてもだったら色変えるし。急にふてくされ始めるっていうね。できればこの赤いバディに関してはつつかないでほしかった。茹でた後じゃん。ザリガニよりも赤いじゃんっつって。調理済みじゃんそんなん。塩振って鍋に放り込んだんでしょ。もしくは鍋のお湯に塩いっぱい溶かしてグツグツしたんでしょっていうツッコミはなしの方向でお願いいたします。美味しそうな方がさ、ロブスターっぽいじゃん。そんな感じするじゃん。あとお尻のところのね、観覧席外したらだいぶ視界も良くなったんでね、これはね、ある意味良かったなって思うんですね。さて、古代の化石層に、あ、しまった、間違った。自分の姿消しっぱなしでしたね。ごめんなさい。あと、すいません、コメント欄の方ですね、設定の都合とかですいません、たまに弾かれる方がいらっしゃるので、僕弾く設定とかしないですけど、弾かれる方がいらっしゃったりします。なのでコメント欄の中で、もし弾かれてる方とか、僕基本的にコメント全部読むんですけど、僕がコメント飛ばしてるよとかそういうのがあったりとかしたら、僕の方に表示されてない可能性があるので、ぜひ指摘をしていただければと思います。ちょっと可能な限りこっちで設定ポチポチして表示できるようにその時は努力しますので、ぜひ教えてください。分かんないと対処のしようがないのでね、すいません、その時はご協力お願いいたします。すいません、お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。とりあえずね、目的の星に行って、なんだっけ、化石だよね。正気に満ちた土地、あれシールドあったっけかな。なんかいろいろつけてたけど、どうだったろう。小白さん、ありがとうございます。いつもね、ありがとうございます。助けていただけて。今日本当はね、ノーマンズスカイか V チャか迷ったんですけど、そう、なんだろう、せっかく週末ミッション、週末だけその水銀がいっぱいもらえるやつがあるので、それやりたいなと思って。なんだこれ、ワープ先間違ったか。あれでもここだったよね。なんかこの星随分あれっすね、基地がいっぱいあるっすね。
何の星だこれ。なんでこんなに口いっぱいあるんだろう。なんか適当にワープしてきた割になんかの星みたい。なんかちょっとこの星歩いてみるのも良さそうだな。なんかのイベント後かもしれないね。まあいいや、適当にとりあえず降りてみるか。一旦適当に降ります。スーパーの広告の品みたいだな。毎週スギ市ある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 。〇〇市はね、あるある。あれ何なんですかね、あの〇〇市ってね。化石がいっぱいありそうだぜ。さて、まあ適当な乗り物。めんどくさい。あれだっけか。貨物船にいろいろついてるっけか。いや、ついてなかった気がする。呼び出せないんじゃないもしかして。呼び出せないわ。そっか、貨物船全然いじれてない。めんどくさいですね。シールドが 40%。一応足しとくか。であるならばっすね。なんか普段からね、ゲーム進めてないからこうなるんですよ。全くもって。ダメだか。コルベット消したらめんどくさいか。まあ、飛ぶか。この星なんかあるみたいだし、ちょっと、ゆっくり探索しながら行ってみようか、じゃあね。今、マーキングしたのどれだっけ？マーキング解除されてるわ。これだ。オッケー。なんか不思議な鉱脈の一つや二つありそうな。まあいいや。あと採掘しちゃうぞ。根っこなのか触手なのかわからんすな。どういう生態の植物なんやろうかこれ。なんか上になんかつくしみたいに伸びるまではわかる。中腹になんか横に伸びる根があるのは何なんだろうね。あれか、正気の星だから空気中のなんかそういう成分を吸って栄養にしてるのかしら。あんまりなんだろう、ゲームの方のなんかシステムの数字とか優先して遊ぶとなんかこういうのって見落としがちだけど、まあこの植物のデザインとかもね、なんだろう、ハロゲさんが丁寧に考えていろいろ設定つけてるんだろうから、こういうの考察するのもそれはそれで面白そうよね。よし到着。まあこの辺ですね。こいつはできれば触らない方向で。さて採掘や久しぶりだな、採掘するの。あんまりやらんからな普段。はいどんどん、はいじゃんじゃん、はいどんどん、はいじゃんじゃん、はいどんどん、はいじゃんじゃん、はいどんどん、はいじゃんじゃん。そっちら辺にアイコンで出た気がするけど、なんか見当たらないな。出てこない。こっちにも1個あって、なんか今3つぐらいあった気したけど、1個見失った気がするな。なんかそっち側なかったっけ？とりあえず見えるの回収するか。おいしい。おいしい。環境破壊は気持ちいいぜい大王様あれ大王様なんか引っかかった。おしゃれなステップを。そこにもう一個あるね。しゃいしゃい頭かな。オッケー。よし次行きましょう。12個集めるっつったっけか。一番近いのはあれかな。よし参ります。一体許さぬ。絶対許さん。死んだんじゃないのダメだ、ここもうネットミームで会話する民しかおらん自分もだけど、もうネットミームで会話する民しかおらんでやばい、1個飛ばしちゃった。漁師ごめん、飛ばしちゃったね。ロブスター食べる雑談待ってます。高級すぎる。全然飛ばしちゃったね。ごめん、申し訳ない。気づくのが遅いんだ俺はいつも。なんてやつだ。
配信者にあるまじき。一回あれだな、あれマーカービンゴというか、なんかたまにあれなんだよな、その視点外した時にマーキングしたのが外れたりするからね。まあ仕様だから仕方ないんだけれども、ダメだ、有毒防御が全然持たねえ。あっちゅう間にないなるやんけ。星空綺麗な星やな、ここな。有毒じゃなければな、良さそうに見えるんだけど。到着ですね。はい、いらっしゃい。なんか赤いの2つあるんだけど、嫌ですわ、もう。はい、どんどん。1個かな、ここは。1個だけかな。これ赤いのもあれなのかな、個数入んのかしら。古代生物の骨。久しぶりに掘ってみるか。ちょっとリスキーだけど。もし掘ったくて数に入るんなら、いや、割には合わねえか。戦闘長引くもんな。やめぴ。とにかく戦闘弱いからね。苦手なことに時間は費やさないぜ。よいしょい。飛べよー。飛行センス三角。穴を抜けまして、やべ、あ、神着地。足をくじかないで着地する。丸上げちゃう、自分で自分に。デーテこの辺かい。デーテこの辺やね。あ、2つあるね。素晴らしい。最高か。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。よいしょ。よいしょ、これせ。仏の顔も3度までってアシュラが3個あるからなんですかね。もう切れてる。もうそれって切れてるんじゃないの。もう怒ってるやん、それ。ごめんって。ちゃんとまた雑談配信もやるから許してくれよ。もう怒ってるじゃん、そんな。あ、すぐ近くや。点滅ゲームすげえ早かったな。素晴らしい。いいぞ。いいぞ。ネットミームでしか会話できない荒さ。みんなこんなになっちゃダメだよ。なんかスルーするたびにさ、なんかこのビジラントストーンって言うんだっけ、この赤いのが数増えてくんだけど、何早く壊せってか。絶対嫌なんだけど。ここは1個かな。オッケー。あとは一応これもチャージしながら次化石だらけだね。ここなんかのあれだったのかな、その化石系のクエストの舞台になった星なのかもしれん。なんかの共同探検の舞台になった星なのかもね。明らかに基地多いし、明らかに化石多いし、もしかしたらそういうことなのかもしれん。なんか痛いんだが、ちょっとやめてくれよ。ちょっと大気やめて。ちょっと大気っていつもそう。大気っていつもそうだよね。オッケー。あと何個？あと2個。次で行くんじゃない？水銀俺のもんだわ。なんかついでに拾っていこう。ついでに拾っていく。ラッキー。ミーム考えながらコメント考えると何も出ないですよね。人間はね、本来マルチタスクってものはないから。何か考え事するとね。どっちか片方がおろそかになるか、両方おろそかになる生き物なのよ。基本的にそう。大体そう。ちょっと大気ちょっと大気先生に言うよ、大気先生に言うよあれなんだあー、地面に引っかかる。なんか建造物があったな。よいしょ。たまに歩くと、あー、これなんだっけ、なんか普通に言語学習できるんだっけか。賢くなりたい。
記憶のかけらが。まあ、言語の助言求めたいですね。わーい。単語月中。評価も上がる。マジ神。これ単品だっけか。単品だね。オッケー。オッケー。これの反対側かな。国風ちゃん泣いちゃったじゃん。地に点々、これ大事。ねえちょっと大輝、国風さん泣いちゃったじゃん。これね、この濁点ね、大事。リエさんこんばんは。やったぜ。ありがとうございます。先生、僕頑張ります。今日はコルベット建築まで行きますよ。先生見ててください。先生、俺の活躍を。この水銀ゲットしたらすぐ行きますんでね。あと1個だよみんな。なんかそこセーブできるな。なんだろう。まあいっか、しなくても。オッケー。よいしょ。行くぜ。見守っておるぞよ。エコーかかってる。仙人様、フラグ言わないの今。確かにフラグビンビンだったけど。ねえ、空の向こうから声が聞こえるとこまでフラグビンビンだったけれども、そんなこと言わないの。本当になっちゃうから、フラグが。今日はね、建造テクニックをね、また改めて教えていただきましたのでね。石にぶつかって軌道が曲がる。なぜ？どうして？ガンガン行こうぜ。今度あれだね、なんかつくしかと思ったら今度キノコみたいなやつも植物生えてきたね。いいなあ。大気がこんなんじゃなければな、割と好きな星なんだけどな。まあ仕方ねえ。自然には自然の都合というものがあるのさ。歩きづれえなこの星な。非常に徒歩で歩きづらい。こういう時のエクソクラフトなんだろうけど。ノーマスカあるある。ほんとそうね。食べ物たくさんですねこの星。そう見えます？そう見えます？まあ見えなくもないか。この辺ですな。よし。オッケー。よし、じゃあ協力者のところに行って集めた骨を、結局これ渡さなくていいから見せびらかしに行きますか。どうややろあげないでって言って見せびらかして、そのままこれ持ち帰りましょう。これもノマスカール今日もですね、いつものレッドブル飲みながらやっております。今日すいません、配信準備遅れちゃって申し訳ないですけどね、準備の段階でもう飲み始めちゃったんで、これをね引き続き飲みながらやっていきたいと思います。もうそろそろ1本空きそうなんで2本目今日は行こうかな。足休みだからね、眠気に襲われるまでねずっと続けられるんでね。スキャンしなきゃダメか。ごめんちょっと待って、怒られたわ。スキャンしなきゃダメだって。じゃあスキャンしようか。よし、協力者めっけ。今会いに行きます。やりたい放題だ。これがノーマンズスカイ。みんなやりたい放題大好きだろ。自由を謳歌したいよね。みんな自由になりたいか。見つけた骨はクルーの好きにしていい。そう、海賊のようななんか海賊のような、悪魔の実を最初に見つけたやつに権利があるみたいな、そんな話してる。協力者さんこんにちは。どうも国風です。じゃあお邪魔します。俺降臨。よいしょ。よし、じゃあ集めた骨ドヤ顔で見せびらかしてから帰るか。こんにちは。珍しいコーバックスやん。なんかゲックのイメージがあったけど、骨にしか興味ないらしい。標本を見せるだけ。まあ結局分析さえできればいいんだねこの人たちね。うおーリエさんうおー。さあ盛り上がってまいりました。よし、じゃあこれでネクサスに届けるまでが OK。 素晴らしい。これってなんか交換したりできるんだっけか。あんまりね化石は真面目に触ったことがないんだよね。お兄さん角がおしゃれっすね。好きっすよ。
結構あれだね、いつの間にか言語の読み取りも進んで文字が結構見えるようになったね。いやモヒカントゲトゲ肩パッドもうねえ、もう治安が悪いって何気にこの世界だと 3D どころか 4D プリンターだとかあるっぽいですからね。へえ、あ 4D プリンターどういうこと？いわゆる仮想の質量を印刷するのかな。おもろいいなぁ。思考の飛んだ先がすごい面白い。やっぱノーマンズスカイ設定が面白いですよね。非常に設定が面白い。いずれね、こういう骨を使ったコルベットも作ってみたいなと思ってて、そう、これ自体は前々から構想はあったんですけど、全然集めたりしてなかったから、あんまり、まあ、半ば忘れてかけてたんですけど、お好みの頭パーツを頭にくっつけて、最近そのタイニーコルベットとかってちょっと流行ってたりとかするじゃないですか。なのでタイニーコルベット作るときにこの化石パーツを大きくしたのをくっつけると飛翔動物みたいな感じになるのかなと思ってちょこっとね考えてました。タイニーであればね、骨パーツで外装を思いっきり固めれば本当それにしか見えないようなもの作れるんじゃないかなと思ってるんで、いずれは挑戦したいですね。いずれね、いずれ。よし、どうしよっかな。骨ぶっちゃけね、この骨って個人的には売っ払っても痛くも痒くもないんだけど、ただ一応持って帰る？一応持って帰る？しまう場所もないんだよね。まあ食料庫に放り込んどくか。骨食えるし食えるしって言ってついでにこの辺も掘っていくか。まあどうせこんだけあったらもう1個2個増えてもあんま変わらんし、建築に使ってもいいし、使うのめんどくさくなったら食べてもいいし、骨食えっからねこのゲーム。素晴らしいことにね。なんか分かりませんけど、たまに配達とか納品の時にですね何か裏技の話をしてるような気がするそう結構面白いですよ、骨くっつけ。やってみたいですよね。もうちょっともうなんだろう、作業の余裕をいろいろ持てるようになったら、そういうところも本当はガンガンやっていきたい所存。だいぶインベントリー圧迫するのが悩みところの化石さん。ほんとそう、これなんかね、保管方法もうちょっと欲しいですよね。化石は化石でね、もっとこんなにかさばるんだったら、それこそコルベットパーツなんかも専用の収納スペースあるじゃないですか。化石もこんなにかさばってなんかね、用途もいっぱいあるんだから、専用の保存用のねアイテムとかあってもいいような気しますけどね。保存する場所とかね、あるのかな。ないよね、聞いたことないからないと思うんだけど、どうなんだろう。食材入れみたいにあればいいなね。あったら便利ですよ。正直欲しい。それがあればね、もっと気軽にこの辺のパーツ集めっていうか化石集めできるんですけど、結局インベントリー圧迫するから、なんだろう、それを全部整理してからじゃないと、じゃあ本格的にパーツ回収できないよねっていうのがあるからね、ちょっと億劫になっちゃうんですよね。もうちょっと気軽にできればな。インベントリー整理の手間がもうちょっと楽になったらね、もうちょっとだけ楽になったらいいんだけどね。まあ今でも面白いけどね。さあミッション完了でございます。よいしょー、素晴らしい。いいね。ちなみにアイテム欄はぴったり埋まってんだけど、アイテム欄マジかよ。待って、ちょっとどのみち今アイテム整理しないとまずそうだね。アイテム整理するか。パチパチパチ、ありがとうございます。 Thank you。 さあ何から手つけよう。回収データって使い道あったかな。まあとりあえず自分の拠点に戻ってアイテムいろいろ。これなんだ、あんまり見たことない。これってそのまま使っていいのかな。記憶の断片、生き絶えたトラベラーの粉々になった残骸、かけらの奥深くまでは決して知り得ない名前をささやく。このメモリーに重要なテクノロジーアップデートの情報が含まれており、あなたの旅の手助けになるだろう。いいで回収できるが、そんな気安くやっちゃっていいものなのかがすでにわからん。まあいいや、とりあえず一回拠点に帰ってアイテム整理して、アイテム整理終わったら今度コルベットの中から水銀クエスト残り400のやつ受注してクリアして、
あ、象形文字足りてたらもらえるやつでしたっけ。なるほどね。じゃあもう解放しちゃってもいいのか。象形文字確かまだ1個2個足りなかった気するんだよな。じゃあもうこの場で解放しちゃいます。だけごま。全然違ったわ。今変な音したけど。ブレイズジャベリンモジュール。なるほどね。これは、お小遣いになりますのでね。後で売っ払うので震えて眠るがいいモジュールよ。じゃあ拠点に帰りましょうか。いざ。いいぞ、いいぞ。お家に帰ります。ありゃりゃす。最近ね気づいたんですよ。僕自分の配信ってまあ可能な限り見直すようにはしてるんですけど、あ、すげえ、今たどり着いたここの銀河レトナガさんが発見ってなってる。あれ、ここの銀河って Y がいつもなんだね、テラフォーミング自己跡地。どういうこと？なんか特殊な星かな。あれ、この星っていつもの Y の星で合ってる？ああ、合ってるわ。なんか最初これレトナガさんでしたっけ、見つけてくれたの。だん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 楽園の土地。わっ、いいですね。思い出が詰まってますね。こうみんなに手伝ってもらって見つけた場所なんですよね、ここね。確かこの星があれでしたっけ。確か第一発見者が D さんでしたっけか。確かそんなんだった気がする。適当に着地してあとは降りてから、そう上ね開いたおかげでねすごい楽になったんですよ。ここの周りが何もないから飛び移ったりするのもすごい楽。まあ飛び移れるとは言ってないんだけどね。センス×間違った。で着地位置をこの辺に持っていきたい。所存とはいえ殿が、隣正家だったので実質発見者は殿ですけどね。そう言って優しいことをそうやって謙遜しちゃって、いやいいんですよ。みんなの名前ついた土地でねこうやって遊べるのもね、それはそれですごい嬉しいのでね、思い出がそこにはあるので、僕はそういうのも大事にしていきたいタイプの配信者。俺は一人じゃ生きていけない。俺は一人じゃ生きていけない。ちょこっとねコルベットねいじったりしてるんですよ実は。天井になんかこの十字色のランプつけてみたりね。今落ちたけど当たり判定がね、見て見て、ここにライト埋めたの。この十字のライト4箇所。これ建築パーツのやつ。ちょっと明るいでしょ。どうだ明るくなったろう。ほらこの辺にもね同じ十字の明かりつけてね、チラッと見た時になんとなく印象が変わるようにライトつけたのをどうだ明るくなったろう。気を見つけてお札を燃やしていくスタイル。そう目に見えないちょっとしたところにねちょっとずつね装飾足してるんですよ実は。ここに赤いランプがついてみたり、これもともとないランプだからこれ赤ちょっと足してみたりとか、その辺ランプ足してみたり蓋つけてみたり、ちょこちょこっとねちょこちょこっといじってます。そんなことはいいんだよ。アイテム整理しようぜ。いつものバグ忘れてたわ。このバグの存在ここでも発生するんだ。よし着地。ダブレス君お疲れ。どう調子。お客さんの入りはどうだい。よしよし任してよここは。まさかのここでも結局発動するんですなこのバグ。悲しい。なんかに今引っかかったな。痛いわ。自分の拠点で怪我したんだが、なんかここ来るの久しぶりな気がする。自分の拠点なのに。ウィンチャース軽く挨拶していくか。
せっかくベッドルームもあるのに。チャオ、お疲れちゃん。みんな元気してる？植物好きだね君は。元気そうだね。さあアイテム整理しようか。さてさて何をどこにしまうか問題。割とねもういろいろいっぱいいっぱいだからね、しまう場所厳しいんじゃないか。なんか使わない鉱石はしまえるならしまっていきたいが、これある？しまえるか。入りきらんね。なんか売っ払うか。売っ払うというかこの辺のアイテム配ってくるか。結局まだまだ好感度いくら上げてもいいからね。ちょっとダベりながらこいつのアイテムは消費してこよう。じゃあちょっと方向転換、これを配っていこう。欲しがる人もきっといるだろうからね。逆に手元いっぱいいっぱいだがちょっとまずいか。ちょっとまずいか。ちょっとまずいね。あと何保管できる？あと保管できるのはなんじゃろか。なんじゃろかい。なんじゃろうかい。なんじゃろうかいと。整理整頓がね、苦手なわけですよ。どうしよう。もういっそこうしちゃうか。で、上が1箇所空いたので、この辺をこうかな。で、鉱石系で単品のやつをこうして、これでもう一枠ぐらい、石はもう全部入ったか。石はもう全部入った。なんかこの辺のソートとかもね、もっと楽になってくれればいいんだけどね。まあそれは望みというかちょっと厳しいか。なんかここにもう一個ぐらいアイテム放り込んでいいことにしちゃいたいところ。だけどこいつ引っ張り出せないからね。ここがこれか。なんかしまえるものあるかしら。使わんから電子共鳴器置いてくか。なんかまだしまえた気がする。まだ置けるね。じゃあ君は置いてきます。あとまだ置けそうなもの。油圧クレーンとか持ってないね。いいかな一旦。いわゆるラドンとかそういうアイテムも正直使わんから置いてっても全然いいんだけど、なんでこんなとこにアンテナ入ってんの？なんだよ。またこれも置いてこなきゃ。コルベットいじるときにさ、なんか手元にアイテム入り込むの、この仕様もちょっとあれだよね。なんかいずれ変わってほしいよね。なんか置けるアイテムは、枠は空いてるから、ラドンとかの機体ここに置いてもいいかな。あんま使わんのよね。日常で。必要になったときに引き出せばいいや。ので、あとぶっちゃけ、この辺はもう、一回売っ払ってもいいな。今じゃなくていいや。って言って最後まで忘れてね。ステーションだったらスッと専用のとこにしまわれてほしい。ほんとそれ。マジでほんとそれです。あれ何なんすかねあの仕様ね。なんでスッと言ってくんないんだろうあれ。不思議で仕方がない。ガラスももう一個しまっちゃっていいかな。今日使わないから。あ、でも建築でガラス使うのか。じゃあこれは保持してていいや。で、ここに、回収ガラスは一回しまっちゃおう。こんなもんだっけか。一旦こんなもんだね。で、ミルクあったな。ミルクもじゃあここにしまおうと。で、ほら化石がね、こんな感じであるんで、こいつをこうします。で、こうすると一瞬でアイテム欄を圧迫するので、これ嫌なんですよね。これ本当はおよしになって案件なんですけど、なんか使用上こうなっちゃうから、これはまあ仕方ないよね。あともう4枠しかない。食い物でもこんなもんか。だいぶ空いたね。あとはなんかいろいろ取っといた方がいいのか売っ払っていいのか分かんないアイテムがいっぱいある。これもしまおう。売りゲモジュール3つしかないや。全然溜まってないね。前にもらった積載量拡張のアイテムとかが新しいコルベットじゃねえや。宇宙船探しとか全然しなかったから、そのまま
もらいっぱなしになっちゃっててもったいない。この辺とかもね。なんかもうガチャ開封しようぜって言って撮ってるのに全く触ってないからね。もっとやろうぜ、国数。せっかくこんな面白いゲーム。やんなきゃ損だよ。ねえ。理屈は分かってるんだけど、全く手がついてない状態。あとあれだよね。このフリーゲートの燃料とか、フリーゲートに積んどきゃいい話だよね。本当は。うん。フリーゲートモジュールが欲しいか。欲しいけど、シンプルにただ、ひな鳥のように口をパカッと開けて、ちょうだいちょうだいっていうのも違うものと思っている。この不思議な。めんどくさいでしょ？めんどくさい男なんだよ、わしは。まあでも、アイテム整理大体いいとこじゃない？あとはまあ適当に。適当に行こうぜ。あとは、ちょっと防音室開けますね。暑い。空気の入れ替え大事ね。いつでもアイテムを売れるように、ここに掘ったて小屋を建てたいんだよね。何かっていうと、あれがあるじゃない？これの、エクソラフトターミナル、お兄さんがおるから、お兄さんの居場所を適当なところに作って、そう。トレーダーギルドのランクを上げておくと、売るほど手に入ります。わー、欲しい。やっぱ、上げなきゃダメか。そっちをね、全然やってないから、そっち集中してやる回があってもいいかもしれないですね。よし。なんかある？火炎放射ユニット。ノーティロンのモジュール。この辺もなんかな、S かやさった方が本当はいいんだけど。ま、一旦いいことにしよっか。他に、売りさばいておきたいアイテムあるかしら。まあ、この辺に関しては今、適当なステーションに行って、配りまくってくるとはいえ、好感度って大事ですからね。フリーゲート艦のカーゴを撃墜して回りながら何を言ってるんだこいつは。もう言ってることとやってることがちぐはぐすぎて怖い。やだこの人怖い。やだ怖い。この記憶ってこれ装備してる意味ある？全然これわからんのやけど。なんかあるのかな？全然ストーリーも、とりあえず一通り、走り尽くして、次の銀河に進んだ段階で止まってるから、もしかしたら、もったいないことしてるのやもしれん。さて、まだ、そうか、枠整理したから、あの辺のアイテムがまだ引っ張り出せるね。ので、これを全部引っ張り出して、これじゃ間違った。違う。全然違うの引っ張り出した。お前はいいんだよ。配れるアイテムってこんなもんだよね。ウォーカーブレインとかもどっかに配れたっけか。忘れちゃった。いいや、取っとこう。雲の卵もやりたいんだけどね。まあ、ちょっと取っておこう。これをコンパニオンの卵もね、やりたいんだけどね。一旦いいことにしとこう。キリがないからね。よし、じゃあ宇宙ステーションに行って、いろいろ配って回ろうと思います。よいしょ。いいね、やっぱ。こういう場所があるとさ、コルベット映えるよね。自分で言うのもなんだけど。そう、たまには見たくなる。星も綺麗だしさ。いや、本当にいい星見つけてもらったな。いや、いいね。やっぱたまに見ると。ここにもう一機止まってくれたら嬉しいけどね。いや、ほんと作ってよかった。改めて見てもすごくいいね。いやー、いいね。すごくいい。でこういう時にこうするわけですよ。いつでもスクショができる。いやー、素晴らしい。作ってよかった。マイ拠点。作ってよかった。マイコルベット。ノーマンズスカイのこういう楽しみ方もね、あるっすからね。水辺なのが、また実に良き、ロブスターちゃんにぴったり。ねでしょ？ぴったりでしょ？スクショタイムだ。みんな撮っていいんだよ。あれだよね、みんなのコルベットも、ここで撮りたいよね。いつもさ、同じ場所で、イベントみたいな感じにして、
じゃあ皆さん並んでください、どうぞってやってコルベット見せてもらってるけど、ここでもいいよね。うん。個人的にすごい気に入ってるから。ここだとそっちにも建物あるから反対側から撮ってもいいし、太陽をね、こういう風に夕日持ってくるとこういう色合いでも写真が撮れたりするのでね。こういうことができるので、すごくね、ありだと思ってます。映えるでしょ？映えるんですよ、これが。改めて見てもやっぱいいね。いやー、いいですね。ね、崖の基地も建設もいい感じで素敵。ありがとうございます。褒め上手。まったく。ヒュー盛り上げ上手。ふと自慢したくなっちゃった。赤い光とかちょっと足して、わかります？なんかちょっと赤く光ってるの。ああいうのちょこっと足したりして、印象調整をね、してあります。ね。水面が、鏡面になっててめっちゃいい。あ、確かに。これも確かにいいですね。この鏡面すごいですよね、このゲームの。こういう造形のディティールの細かさもあるけど、こういう自然の描写の細かさもね、ノーマドスカイのいいとこですよね。いいね。映えるね。映えますね。確か前がこんな画角だったかな？前にちょっと時が。だった気がする。もっと後ろだったっけか。前にサムネ高にした時の。ちょっと距離あれかな。こんな感じだった気がする。前のやつ。映えるね。すごく映える。で、だからみんなのコルベットでもね、これをしたいんですよ。明かりの使い方が上手な、コルベット使いの方何人かいらっしゃるんでね、ここに止めてもらって、こういう画角で写真撮れたらいいな、楽しそうだなって思ってるんでね。皆さんもなんか、素敵なコルベットがあれば、ぜひぜひここに停泊していただいて、お写真撮っていただければと思います。ここの基地まだ公開してないんだよね、そういえばね。もう一回公開しちゃった方がいいのかな、この基地も。よし、じゃあ、やっていきますか。まず、適当なステーションに行って、とりあえずアイテムを配りまくるの巻。さて、近場の適当なステーションに、まずコーバックスのステーションですね。水分取りながらね。うまし。うまナッツチャーハン。さて、一応ここに来たらまず売ってるものの確認も欠かさずにやりながら、何が必要なのかよく分かってないんだけれども、売っ払っちゃった方早い説はあるんだけどな。あれもこれもな。修理キットとか売ってたら速攻買いたい。これ売ってないんだっけか、これって。どうだったっけ、忘れちゃった。あとね、もうこれもういらないんだよね。これ売っちゃうか。売っちゃえ。これ以上拡張できないからね。緊急信号スキャナーもね、なんだろう、回収効率考えれば今は別に、これなんか値段高くね？105万で売れんのこれ？マジ？知らんかった。わあ、どうしよう。普通に探検して105万の価値があるかどうかって言われた時に、これ単品で売った方が話が早くていい可能性もなきにしもあらず。あと売れるもの、あとナビゲーションデータね、ボックスにも確かすげえ有り余ってた気がする。よし、じゃあコーバックスにいろいろ配って回ろうかな。ちなみに湧いて今その画面に戻ってきてないです。大変失礼をいたしました。完全に大変失礼をいたしました。慣れてないね。全然慣れてないですわ。これしまった。アップグレードのチャート今売っちゃった。これ寄付すればよかった。もったいないことした。お帰りなさい、ただいま。みんな見えてる。手振っとこ失敗した。これ今売っちゃったね。もったいないことした。こういうアイテムがね、この辺でもらえるからね。ワープコアなんかはもうもらえるものはいくらでももらっておきたい、正直。まず近場の人たちにいろいろ配っていこうか。
オペレーターさんとかね。一応言葉も教えてもらおう。久しぶりだね、これやり取りするの。ちょっとコーバックスのシンボルを教えて。ハートビートという単語を習得した。君パリピかな？全身白で頭だけ青。チャラ男なんじゃねえかこいつ、もしかして。せっかくだから言語教わっていこうか。痴漢について教えてほしい。あ、なんか怒られたっぽい。なんか機嫌損ねたっぽい。嘘じゃん。パリピなのに。惑星好きじゃない君。どう？惑星好きなんじゃない？お、同意してきらめいてくれたようだ。お、いいね。お、閉じ込められましたという単語を習得した。何、軟禁されたことあるんだ。だから女遊びをほどほどにしとけってあれほど言ったのに、刺されるぞそのうち。お腹の脇の穴はそれが刺された穴なんか？もう一回ぐらい聞けそうやね。汚職、友情。やっぱ友情って大事よね。あ、贈り物くれた。お、発射燃料だ。最近使ったから助かる。ありがとう。そんな君にはプレゼントをあげよう。さあ、媚び売ろう。媚び売りまくろう。もしくは今から君を閉じ込めるぞと脅されてる。あ、チャラ男の守備範囲ってこと？あらやだ。コーバックスのチャラ男は俺みたいな全身オレンジのおじさんがお好みと見た。誰も得しないリエさん誰も得しないと思う。そのストーリー誰も幸せにならないストーリーだよ。もうここで全部もう配ってしまおう。じゃあね、今度の飲み会にでも全部持ってってあげてよ。これみんなに配ってみんな気持ちだからいっぱい言語教えてもらったからね。リエさんわらわらわらコーバックスもね人だから、なんだかんだみんな心あるから、思うところあるからね。いや結構やっぱり何ポイントぐらい稼げるんだろうこれで。なんか最近あれだったね、その各種族の好感度みたいなやつ全然見る機会なかったけど、今何本になってるんだろう。なんかね、ゲーム始めた序盤にコーバックスだけはなんか頑張って数字を上げてた記憶があるから、多分他よりマシなはず。今これ上げてるから好感度意外と高いんじゃないかな。どうなんだろう。でこれ配り終わったら一回確認してみようか。今何本になってるのか。なんだっけ、その好感度が高いとなんかこういうステーションで買い物するときにちょっと安くなるんだっけか。なんだっけ、なんか特典あるっすよねこれ。なんかの特典があった気がする。その種族からちょっとひいきしてもらえるみたいなね。なんか確かそういうのがあった気がするから、いっぱいひいきしてもらおうぜどうぞごひいきにって多分こういう意味だよね。全部君にあげる。なんかあれだよね、一気にワンスタックあげるとか、なんかそういうシステム欲しいですよね。これも1個ずつしかあげられないのはちょっと時間かかるから、まあ少なくともまとめて10個ずつぐらい渡せるようになったら嬉しいですよね、本当はね。まあ、操作ミスを防ぐためにあえてそういうのを省いてるのかな。どうなんでしょう。長いな。そんなにたくさん。あ、でも20個とか30個とか持ってきてたか。意外と数多いのこうやって見ると。ごめん、あと何個ある？あと4個。あと4個あるね。かすごいな。今だけで好感度みたいなのが20ぐらいは上がってるはず。そんな気がする。これ以上コーバックスに持ってたらなんか本格的にさらわれそうだぜ。誰も得しないけど。ラストか？ラストかな？どうだい？終わったんじゃないか。
OK。いやー、かかったね。だいぶかかりましたね。次は、まあ、バイキンか、ゲックか。どっちかに行きましょうか。そう。いいね。結構高いじゃん。179だって。評価高い方なんじゃないかな。最高メダルってことは、これ以上いかないのかな。なんか、完了してないミッションがまだあるが。ふむふむふむ。安倍島丸さん、誠さん、こんばんはいらっしゃいませ。今日もありがとうございます。今、なんだろう、アイテム整理のついでに、コーバックスとかゲックとか、バイキンとかに、お土産を配ってる最中でございます。好感度上げっすね。なんか、すげえ溜まってたんで、ちょっと邪魔だったからもう配って歩こうと。日頃からの感謝の気持ちを込めてね、ご贈答品を今、いろんなステーション回って配ってるところでございます。配り始めたところでございます。今のでちょこっと上がって今179の評価を今もらってるのでね。そう、挨拶回り、そう、挨拶回り大事ですからね。そう、社会人の基本ですから、挨拶回り。まあ、国方苦手なんですけどね。よし、じゃあ次はこの整形まだあれなんですよ。その第2の銀が来てからほとんど惑星探索してないので、ゲックとバイキンどっちもあったっけかなあ。あるね。じゃあどうしよう、ゲック先に行こうか。アイテム配っちゃおう。で、このなんだろう、挨拶回りが終わったらさっき獲得した水銀でパーツを解放して、で、コルベットの今日は建築をね、建築というか改造改良をねやっていこうと思っているので、ぜひぜひお付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ゲックの遺物が30個ぐらいあるんだね、今手元に。30個多いな。30個多いね。やだね。ワク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 よいしょ。自分はコルベットがほぼ完成しました。あら、素晴らしい。いいですね。進んでますね。お、なんか無料物資もらえる。もらっとこ。2000発今もらっても邪魔か。いいや。寄付できるものなんかあるかな。いろいろあるけど、気が向いたら私に来よう。多分絶対来ない。多分絶対来ない。そこ行こう、兄さん。貿易大使だって。媚び打っとこう。あ、じゃあついでなんでちょっと方言教えてもらっていいですか。ちょっと勉強足りなくて。そうですね。とりあえずゲックさんのシンボルを教えてほしいです。最初のという単語を習得した。使いそう。結構使いそうだな。まあ、あと、さっきもやったんですけどね、ついでに聞ける単語は全部聞いときましょう。どうしよう。トレードとか好きでしょ、君。トレード好きでしょ。あ、決まり割りそう。あ、ユニットもらったわ。なんかごめん、カツアゲみたいになっちゃった。なんかカツアゲみたいになっちゃった。ごめんね。500か。しけてんな。しけてんなって言ったらダメか。ひどすぎる。いやー、マジでやから。国数やからすぎる。やだ、こんな配信者。破壊したろか。暴言。友のような匂いがし、涙が溢れてくる。あ、気悪くした。ごめんごめんごめん。あー、評価下がった。ごめんごめんごめん。違うんだ。違くないけど違うんだ。そんなつもりはきっとなかった。ごめんって。あれだね、言葉はね、時に暴力だから。見つける。ちょっと落としどころを見つけたい。あ、喜んでくれた。クスクスと繰り返し笑っている。感謝の印に燃料を食ってくれた。優しいね。やっぱ気持ちが伝わるね。ありがとう。匂いでいろいろ操るのがゲック。おや、何か甘い香りが。おやなんか後ろになんかガの強そうなやつも一人いるけど、ガが強い。よし、じゃあここからアイテム上げていきますか。じゃあ君になんかみんなすごいね、周り寄ってくるね。やっぱゲックさんはあれだね、商売人だけあってね、みんなコミュ力高いね。ガンガン寄ってくるやん。いいね。なんか一緒にわちゃわちゃしたらやっぱゲックの皆さん楽しそうよね。
すごい面白そう、楽しそう。一緒に酒飲んだらうまそう。そういう意味ではバイキンとかも好きだけどね。なんだろう、結構なんかそれこそ側強そうだけど、なんかすげえなんか曲がったことが嫌いそうだから、ある意味なんか気持ちのいい酒が飲めそうな気はする。もう絶対なんか席の端っこの方で喧嘩してるやつとかいそうだけどね。そういうイメージ。いやー、やっぱ30個長い。やっぱ10個ずつ1遍ずつになんかまとめて渡したいよね。10個単位でプレゼントできるなら3回で終わるのに。ここはやっぱりそういうシステム追加してほしいな。ね。バイキンさんはお酒入ったら叫びまくりそう。確かに。なんか結構強い言葉をいっぱい吐きそう。でもなんか急に肩組んで歌い出しそうな気もしてる。なんかとりあえずとにかく豪快なイメージがあるバイキン。そういう意味では結構好き。なんだかんだね、なんだろう、ノーマンズスカイに出てくる3種族に関してはなんかどの種族とでもなんかまとめてお酒飲んだらね、絶対楽しそうな気がする。それこそゲックなんかは絶対商売の話も弾むしさ、なんかいろんな知見がありそう。自分たちの足でいろんなところに物を売りに行ったりすれば絶対さ、なんか興味を持っていろんなものを見るだろうから、結構面白い話ができそう。あと凝り性だよね、ゲックは。なんか植物好きなやつはもう没頭するしさ、何が好きってなったらすごい没頭しそうなイメージは確かにある。研究者とはまた違った没頭の仕方。研究的なところだとやっぱりコーバックスが圧倒的に研究者っぽいから、ただなんかデータ派な感じがするから、なんかもうちょっと数字とか本当になんか研究者のマニアックな話をコーバックスと話すのが絶対盛り上がりそう。それはそれで面白そう。タイプ分かれるけど、どの種族とでもやっぱお酒飲んだらすごい楽しそうな気がする。歌い出しそう、分かりますでしょ。やっぱそうですよね、イメージが。一番静かな酒飲みそうなのはコーバックスなんだけど、ただ間違ってコーバックスの好きなものの話をし始めたら、多分お酒ほっぽって多分いろんな資料とかデータとかを机の上に並べて、なんか飲み会どころじゃなくなりそうな気はしてる。話の振り方難しそう、逆にいっそのこと。でも気遣いできるコーバックスもやっぱいますからね。ナーダとかはもろその口でしょ。いいね。飲ますか飲み会勝手に妄想するのもおもろい。ちゃんとね、3種族全部特性がね違う方向に伸びてるからね、おもろい。30個長い。30個長いよ。30何個だっけ、33個だっけか、31個だっけ。もう疲れた指。今ので配りはあと4個あるわ。もうまあ最後にね、この4個また渡し終わったら今の好感度も一応ちらっと確認していきましょう。普段全然気にしない数字だけどね。全然この辺は気にしたことなかったから、改めて今回のでまたなんか値引き率上がったりするのかね。あと1個。もう配り終わったか。どっちだ。配り終わったね。オッケー。じゃあ貿易大使ポッシドのよろしくね。飲み会のセッティング今度ね、時間があったらよろしくね。さて、評価上がってるね。100超えてるじゃん。やったね。有力トレーダーだって。全然商売してないのに。なんか密輸の達人とか数字強いことになってるけど、これはあんま見ないで。これはあんま見ないでね。言葉全然覚えてないんだよ。また言葉集めしたいけどね、本当は。よし、次行こう、次。やったー。進みましたね。グッドグッド。イエーイ、D さんパチパチありがとうございます。よしよしよし。順調じゃない。じゃあ、次は、バイキンさんのとこ行こうかね。
飲み物がなくなったんだよな。そろそろ持ってこようかな。最近ね、健康のことに関してお友達にちょっと説教する機会があったんだけど、そんなさなか自分エナジードリンクなんか飲んでるから説得力ないよね。配信する時のお供として欠かせないんだよね。ないと困っちゃう。まあ特にかな。特にだね。飛べよ。なんかあげれるものあるかな。持ってきてないから多分あんまりないんだろうけど。うん。あ、これラインナップは基本みんな一緒なのかな。まあいいや。オッケー。へい、そこのお兄さん。お、歩兵の岡くん。いいね、君。出世しそうな顔してるね。その顎何その顎何それ。落ち込んでんの君。ちょっと元気出して。元気出しなよ。ずっとネガティブだな。ちょっと言葉教えて。どれ旅好きだから旅のシンボル教えてほしいな。どうしたん？話聞こうか。ほら顔あからめてるよ。そんなこと言うからポッとしてる。特におでこ。質問という単語を習得した。いろいろ聞かして。その恥ずかしがらずに。どうした？話聞こうか。そうだね。それは伝統が悪いね。俺なら絶対そんなことしないのに。ほな誰も得しねえって。だから誰も得しないんだって。マルチツールの調子どうすか。あらら、君あれか。戦闘好きじゃないタイプか。マルチツールの知識あんまないって珍しい。若い歩兵なのかな、もしかしたら。若いから自信ないのかも。上司に怒られたんか、岡くん。いや、気にしたらいけないって、ね、そんなもんだから。みんな怒られて成長するんだから。気にしなくていいんだよ、岡くんよ。いいんだ。そうね。ほう。ぎこちなく返信。心から思いやりを示すように小さな贈り物をくれた。なんか、すごい根が優しそうだね、岡くんは。すごい根が優しそうなバイキンだね、この子は。多分戦いたくないタイプの。戦闘好きじゃないタイプの。そうか。同族の別個体の小さな像を持っている。やっぱなんかあったんだね。辛かったんやろな。また若い戦士。心優しいバイキンさんだね。何かね、生きてれば何か自分の目標とか見つかるよ。ね。適切な答えを知らないのだ。若いね、君は。本当に若いよ、この子は。勝手にストーリーが展開していく。よし、じゃあ、君にはプレゼントいっぱいあげよう。生活の足しにしなさい。足しになるかわからんけど、俺は君のことを応援してるよ。いずれ出世したらね、また俺に、恩返しに来なさい。どっかの大艦隊のね、リーダーとかになってね、いつか俺のことを助けてくれ。そういうことを期待して俺は君に優しくしておこう。人生何か目標があるとね、全然生きていくためのエネルギーのね、体からの捻出の仕方が変わってくるからね。倍返しでいいからさ。そう利子は問一でいいよ。そのぐらいで勘弁してあげるよ。よし。なんか何個だっけ。20個ぐらいだっけか、持ってる数。多分他の種族へのプレゼントよりはこっちの方が早く終わるんじゃない？もう今半分ぐらい渡したんじゃないか。あと、探検もあるのか。あれ、これってトレードアイテムはまた別か。めんどくさいな、これ。売っ払うか、そっちは。こっちは配ってそっちは売っ払おう。いなくなった。アイテムもらいすぎて申し訳なくなったか。何そのテンション。なんか指さされた。
何その動き。誰に向かって、宇宙船に向かってそれ指差ししてるの？岡君こっちだったわ。じゃあお前誰だよ。岡と同じ顔しやがって。実行者パグ。兄弟？全く、兄弟？顔似すぎだろ。色も全部一緒や。兄弟か。ドッペルゲンカーか。ちょっと怖いもの見たい。見なかったことにしよう。お兄さん。準将。ベケンロさん。準将いいですね。オーラが違いますね。愚かなよそ者。私は要求で名誉ということ？思ったほど攻撃的ではないようだ。なんかここ優しい人多いね。優しいバイキンが多い。なんか瞳もなんか優しそうに見える。改めて見ると。ついでにちょっと言葉を教えてくださいな。急に好戦的じゃん。どうした？どうしようかな。また旅のシンボル聞かせてください。何？赤レメなんたらかんたら。横文字は苦手や。お、もやしさん、こんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃいいらっしゃい。ゆっくりしてってね。じゃあちょっと行かないで。アイテムあげるから。今日もね、ノーマンズスカイやってくんでね。今日はなんか、いつにも増してゆっくりペースで遊んでますんでね。お付き合いください、どうぞ。よろしくお願いいたします。レッドブル飲みながら明日休みなんでね。眠くなるまでずっとやっていく予定で、よろしくお願いいたします。マルチツールを鼻で笑ってくるバイキンさんもいるで。いる中で。あれだね、いろんなやついるね。同じバイキンって言っても。なんか、バイキンって言うと、基本的に、なんか、戦闘狂というか、戦闘狂でもないか。ほんと血の気が多い種族なイメージがあるから。そういう意味ではなんかこういう風な優しい人たちがいるとなんか、ちょっとほっこりするよね。俺もやろうかしら。やってごらん。マジでおもろいよ。ただ、目的が定まってないゲームだから、なんか贈り物くれた。なんか困らしちゃった。ごめんね。おもろいんだよね。これが本当に。よし、アイテムどんどん上げちゃう。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。なんか背中で語っちゃった。正面向いてないのはさすがに失礼か。ちょっと向き直すか、さすがに。近いか、距離が。ちょっと顔近すぎる。ちょっと口の匂い気になるか。お互いに。プレステ買ってくるわ。これプレステ版あったっけか。ノーマンズスカイってプレステ版あった？スイッチ版はあったっけか。忘れちゃった。一度目的が定まると自ら底なし沼に突っ込む。それがノーマンズスカイ。そう。一回ね、やりたいことが見つかるともう止まんないから。止まんないんですわ、これが。アイテムまだいっぱいだな。押してかないで。今は挨拶回りと言いつつ、なんか各種族の代表みたいな人にとりあえず手持ちのアイテムは押し付けまくってる感じ。安倍島さん PS5 だ。そうか PS5 あるんだ。あるって前さん。PS 版あるで。このゲームのいいとこあれですよね。そのゲーム媒体が違くてもみんなマルチで一緒に遊べるのがいいとこですよね。アップデートの都合でバージョン合わなくて遊べない瞬間とかあったりするけど、基本的にバージョン揃えばゲーム機違くてもみんな集まれるから、それはねこのノーマンズスカイの、ね、いいとこですよね。本当に素晴らしいんだこれが。アイテム残り4つとかじゃなかったっけ。なんか随分あれまだあるな。何が何個ある。あと1個か。オッケー。いいね。オッケー。今から買ってきやす。マジで早いね。なんかさ、ハートありがとう。いつもハートをしてくれてみんなありがとうね。よし。まだあるな。バージョン変わるやばいと思ったらクロスセーブで PC 版とかに逃げたりできますからね。そうか、クロスセーブがあるからいいんだ。だね。いざ他の媒体あればそっちでもできるんだ。ハートありがとう。めっちゃ連打してくれるやん。いつものやつありがとう。いいね、嬉しいね。これね、みんながこうやってハートをしてくれたりするとね、YouTube のね、配信者向けの画面にね、ハートいっぱい押してもらったよーっていうグラフが出るんだ。それ見るとね、
ニヤニヤしちゃう。嬉しくてニヤッとしちゃう。めっちゃハート押してもらってるじゃん、嬉しいってなる。いや、めっちゃ連打ありがとう。指疲れるからほどほどでいいからね。ありがとうね。そのほどほどで指疲れない程度で大丈夫だからね。あれ、これあれか、探検もしかして配ってる？あ、探検配ってるんじゃない？もしかして。なんかそんな感じだな。違う？ああ、配れるっぽいわ。あ、じゃあいいや。どんどん配ろう。売っ払っちゃう。あ、いや、終わった。あ、違う。もしかしてあれか、宇宙船にもつまさってたのか。あ、宇宙船にもつまさってたっぽいね。全然中身整理できてないや。おもろ。でも貨物船もあれだね。全然中身整理してないや。よし、いいことにしよう。待って、ハートが止まらん。いいよ、ほどほどでいいからね。指疲れるでしょ。ありがとう。みっちみちやで、ほんとそう。全然整理整頓してないからね。よし、じゃあこれで、配るもん大体配ったね。オッケー。だいぶ空いた。じゃあコルベットの、だからこいつをね、めんどくさいのでもう売っ払います。非常に面倒なのでね。なので、パパッと売っ払って、開けちゃおう。今のプレイスタイルだと、これ一個一個、その、用途で最善策で処理するのは難しそうなんで、売っ払っちゃいバイバイ。売っ払バイバイ。どこだこれだ。21万にしかならんけど、まあ、いいでしょう。バイバーイ。オッケー。さあ、これで、大体アイテムの整理ができたんじゃないでしょうか。じゃあ、皆さん、大変お待たせいたしました。水銀ミッションのお時間です。あ、違う。一回、メインの成形に戻ろうか。一回拠点に戻ってから行こう。この方が、戻ってくるとき楽でしょ。あ、ごめん。申し訳ない。一回船のとこ行っていい？多分ね、何ヶ月か前に任務に出してからもう一回も顔を合わせてない。ずっと放置してる。ずっと忘れて放置してた。もうさすがになんじゃない？多分さすがになんじゃない？フリゲート派遣のみんなすげえ前の派遣。報告聞こっか。タックベノムでしょ。バイキンの肖像7個。今配ってきたばっかりなんだけどな。コーバックスのから。今配ってきたばっかりなんだけどな。なんかすげえユニット。水銀265個。偉い。やっぱ水銀集めてきてくれるから、やっぱり、活かした方がいいね。あ、またレアアイテムもらった。ありがとう。あとね、なんだっけ。成形鉱物みたいなやつも確かあるんだけど、あ、この成形って何買えんだ？こんなもんか。救出コアはなんか、あれしてるかな？あんまり内容変わらんか。あんまり変わらんね。まあ、もらえるもんはもらっとこう。あんまり余ったら売っ払えばいいしね。いいんだよ。アイテムがいっぱいになったら売っ払えばいいんだから。全部金に変えてこ。本当はなんか必要なこの機体とか集めれればいいんだろうけど、本当に星の探索全然やってないせいで、あとこの辺のね、金策アイテムとかもね、全然回収しないから全然回収しないの。キャー、金だ本当はね、こういう金策もね、あれだね、どっかのタイミングからあんま回収しなくなったね。そう、配信の目的がちょっと変わった瞬間があったから、それ以来なんかバグって、来た消えた。
なんかバグってるね。これもう一回回収できるもしかして。ああ、そんなことはないや。バグって回収したのにもかかわらず表示されっぱなしになっている。まあそういうこともあらあな。これがノーマンズスカイ。オッケー。今回収した分は払っちゃおうか。多分こっちにあるんだよな。オッケー。これも回収しとこう。ね、基地制作とかいろいろしてるとつい放置しちゃいがち。ね。優先順位低いんですよね、これもね。どうしてもね、これは仕方ない。グラビティのボール。215万5千円。いいね、200万になりましたね。いい稼ぎだ。コバックスもからもうめんどくせえから売っちゃうか。また戻るのは面倒だよね。売ります。バイバイ。あとなんだろうな。ワープハイパーコアさ、なんかいつの間にか40個あんだよね。気づかんかった。いつの間にかすげえ溜まってる。うん。まあいいや。よし。あー、ごめん、ぶつかった。申し訳ない。よし、お疲れ。みんな元気？新たな探索ルート行ってもらおうか。戦闘があるけど、俺戦艦とか持ってないんじゃねえっけか。あ、そっか。この間この C クラスをゲットしてるから、こいつら向かわしてレベル上げてもいいのか。うん、ワンチャンそれありだね。どうしよう。でも、ランクが足りない。死んじゃうんじゃない？何台までいけるっけか。で、どうしよう。サポート入れて。多分これだと死んじゃう。もう一機連れていけるけど、一番戦闘マシなのはこいつか？なんかボコボコにされて帰ってきそうだな。ちょっと厳しい。艦隊レート高いけど、なんか、こいつらボコボコにされて帰ってきそうだね。ちなみにこれ、15時間なんで、まあ、次の配信で結果見れるかな。なんかあったっけか。作ってないからなんもないや。よし、じゃあ行ってらっしゃい。オッケー。そっか。他にも派遣できるね。船余ってるから。どうしよう。じゃあ、4時間。科学研究かな。こっちは多分配信中にまた、これちょうど調査が2機残ってるから、君らに任せるよ。余裕だね。いってらっしゃい。オッケー。じゃあ4時間後に戻ってきましょう。よろしくね。あとなんか、アイテムある？なんかいろいろ持ってるけど、なんか、前にいろいろ拡張してもらったから、余裕あるね。なんかこのままずっと持っといてもらっても、痛くも痒くもって感じではある。いいか。ごめん、そのまま置いていくね。よし。そんなこんなで、準備が大体整いましてございますよ。やるかー。一回自分の基地のいつものところに飛んで、まあここだね。ウォーターメロンに飛んで、こっからスペースアノマリ行って、で、あ、ごめん、そっか、400水銀の水銀道、パパ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 。何バグっとんねん。生きた心地がせんぶりじゃん。ほーら、バグっちゃってるもん。勘弁してくれよ、マジで。あれかな、やっぱゲートの位置が悪いのかな。あばぱぱぱぱぱぱ。怖いよね。これ持ってかれちゃうから。稀によくありますね。このバグはね、もうちょっとなんとかしてほしい所存。まあ、しゃあないね。これがノーマンズスカイさ。赤ランプつけたのは良かったね。やっぱりお腹見えた時の印象がちょっと違う。頭は勇ましく、お尻は優しく。オッケーオッケー。この辺もちょっと寂しいから、なんかそのうち地
したいね。なんかポスターとかベタベタ貼って、なんか雑多に宇宙の旅を楽しんでる感を演出したい。ほら、当たり判定つけちゃうんだよ。何なんだろうね。よし、OK。楽しみー。では参りましょう。この水銀残り400個。わ、やだー。センチネル倒すミッションだー。そう、なんか最近あれだな。毎回戦闘やってるな。戦闘苦手なんだけどな。すいません、じゃあ皆さん、お待ちかねの戦闘会です。僕は全然待ってないんですけど、これから戦闘してまいります。うわ、やだな。荒ごとなんかね、少なければ少ないほどいいからね。いやー、マジで勘弁してほしい。リロード。で、この星には、だいたい、センチネルがいないので、センチネルのいる星に移動します。この星系で一番センチネル多いのは一体どの星なんだろうか。前いたところはね、センチネルが少なくて大変だったんだよな。このテラフォーミング自己跡地、ここ行くのもありだな。行ったことない気がする。あんまり。今いるのここかなんか画面見切れてっけど。じゃあこれ岩ばかりの土地だから関係ねえや。センチネル活動レベルここにしようか。ここだったらなんか勝手に15体倒せそう。よし、じゃあマーキングしましたんで、そこに飛びます。コード真正面だね。1分。ごめんなさい。じゃあ一瞬画面離れていいですか。飲み物取ってきます。1分あれば冷蔵庫から次のレッドブル持ってこれるんでね。ちょっと一瞬離れますね。冷蔵庫ちけー。どっこいしょいち。やべ、30秒も余ってる。もうちょっとゆっくり戻ればよかった。じゃあかぶりまして、頑張れ。ありがとうございます。頑張りますぜ。水分補給大事ですからね。いってらっしゃい。そしてただいま。じゃあ水分補給と言いつつ、本当は1日1本に控えておけばいいはずのレッドブル、こちらパープルエディション高フレーバーの方いただきたいと思います。いつもの ASMR。 これだね。じゃあいただきます。うまっ。これだわ。これですわ。こんなことやってる間にちょうど着きましたんでね。じゃあ着地の方していこうと思います。なるべく平地の方がいいんだけど、あの辺かな、一番平地っぽいの。カチュッシュワ。この音がたまんねえんだわ。ビールだって注いでる時の音が一番うまいからね。トク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 シュワー。あの辺平らだけど、いやーどうだろうな。まあ適当に止まってから考えようか。オッケー。なんかでっかい、なんか岩が丸っこくてでっかい岩が。さあこんな星でございます。センチネル監視だから多分あれだね。適当にその辺のものを採取すればすぐに襲ってきそうだね。じゃあ簡単だな。これならどうしようか。何も考えずにこの場所からメックタセンチネル適当にぶちのめせば。確かあいつらって高低差苦手だよね。のでまずはなんか適当にその辺のものを採取します。採取できないんだが、なんか全然採取できないんだが、バグかな。読み込みができてないのかな。降りるの嫌なんだけど。よし、えい。
監視はそっか襲ってこないのか。殴り込むか。なんか動物多いねこの星ね。なんか思ったより豊かな場所なんじゃないか。ああ、監視だとあれか、攻撃的じゃないから全然違うのか。勘違いしてた。じゃあ仕方ない。不本意だが任務のためだ。ちょっとつつかせてもらおう。じゃあセンチネルを探そうか。一応あれがあった気がする。これか。センチネルピラー。これで見つけられるからそこへ行くのも悪くない。でかい敵いるんだよな。センチネルピラーな。それがめんどくさいんだよな。まあいいか、行くか。殴って離脱して繰り返せば15体ぐらいいけるでしょ。なんか17個もあるんだけど。なんでこんないっぱいあるんだ。レッツラ。センチネルの巣を発見。よし、殴り込みじゃ。野郎ども勝ち込みじゃ。でも別の星なんだが。この星じゃないんだが。何を言うとるの。全然降り立った意味なかったが。仕方ないわね。俺じゃなかったら怒ってるぜ。よいしょ。どれどれ。よし。うおー、勝ち別の星じゃー。ほんまそれ。何なんだろうね本当にね。ほらまた時間空いちゃうもんね。うまし。このレッドローブスター君にもさ、触覚生えたらまた見え方変わるよね。どうしよう、触覚の先端光らせるとかさ、なんかいろいろできそうだけど、どうしようね。額がさ平べったいから、その平べったいところのサイドのさ、角のところ、正面とサイド面のその付け根の継ぎ目のところになんか角の根元生やして、そこから後ろに向かってシュンと長いのを伸ばそうと思ってるんだけど、なんかその手の長いパーツってちょっと覚えがないから、それも探しながらやりたいとこですよね。さあ弾道軌道に突入。ちょっと距離遠いか。いいですねでしょ。なんかそういう感じにしたらなんかロブスターっぽくなるかなと思って。なんかロブスターの触覚とかってなんか根元が少し太いイメージがあったんで、なんか少し太いもので一回根元作っちゃって、そこから細いの生やすでもなんかいい気がするし、なんか触覚よりもアンテナに近い造形で一回作って根元をで、遠くから見るとああ確かに触覚だよねってなる総合シルエットみたいなのを少し考えてみるのも面白そうだなと思って、そんなことを考えております。なんかこの辺に止めようかな。ケツをこの辺に。ああなんか障害物あるって。ああなんか障害物あるって。オッケー。オーライ。いらっしゃい。ああ戦いたくねえな。戦闘は嫌いじゃ。もっとみんな平和的に行こうよ。みんなもっと仲良くできない？こっちから喧嘩売りに行ってるんだけどさ。どうもー。うわーやだなー。ちっちゃいのがもろもろ。これさ、ちっちゃいやつ殴ったらでっかいのも来るっけか。チラすまんの。やつがね攻撃俺ぶっ放してくるからね、これが嫌なんだ。正直勝てる気しないんだよな。上取られるの厳しい。上取られるの厳しいよ。やつどこ行った。ああ先にそっちだな。この距離確か君マシンガンでしょ。うわそっちか。このダメージないね。オッケーオッケー。じゃあこの距離の方がいいわ。パンツ
いける。オッケーオッケー。これで5体か。厳しいな。ちっちゃいのだったら余裕ある。間違った。オッケー、間に合った。オッケー。ついでに回収だね。なんかもう1個ぐらい落ちてない？気のせい？オッケー。アイテム欲しいな、それ。この辺で戦うのちょうど良さそうだね。あと敵はどこじゃい？残り1秒。また後ろか。オッケーオッケーオッケー。やっぱこの距離だと強いね。近距離圧倒的有利だから、今の武器。オッケー。一応リロードもしながら行って。それ嫌いなんだよな。オッケー。アイテム回収間に合ってないけどね。あと1体でクリアじゃん。オッケーオッケー。いいね、順調じゃん。痛い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 。囲まれてますが、なんかもう1個ぐらい落ちた気がする。なんかアイテム拾ってるうちに死にそうな気はしてるけど、大丈夫か。うろ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 。はい、お疲れ。よしと。じゃあ最後にあれだね、あそこ向こうにして終わりにしようか。オッケーオッケー。さて、ワンちゃんとか襲われたら嫌だ。よし、向こうにしよう。向こうにして終わり。向こう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 。よし、みんな止まれ。あー、セーフ。はい、みんなお疲れでした。じゃあアイテム回収して。よしよしよし。疲れたぜ。本当にラブ&ピースが一番ですよね。ピラーシャットダウン。ドゥーンそう、これが真のラブ&ピース。そう、みんなこれが宇宙だよ。みんなこれが宇宙のラブ&ピースだよ。平和平和。ナイス。ナイス、Thank you。よし、ついでに素敵な贈り物があればもらっていきましょうか。ログって何かあったっけ。なりすましを検出、特に何も。これはストーリーのバックボーンですね。じゃあメインコントロール戻りまして、さあテクノロジー何か当たりが出るでしょうか。ガチャです。せーの、ガチャを引く。 A クラスじゃん。好きな人は好きそう。もらうだけもらっとくか。いいね。枠が3つ枠が空いております。全部端っこだけど。ふむふむ。枠あったっけか。あるね、枠ね。もらっとこう。すごいね、今弾丸攻力1万超えてんだね、実は。気づかんかった。それは強いわけだ。君はコレクション入りです。いやー、よかったよかった。で、装備は元に戻して帰りますか。みんなアイテムの拾い忘れはないかい。全部お小遣いは拾ったかい。 OK。 無駄なくそつなくこなしたかい。よし、船に戻ろう。ついでにセーブしていくか。効果あるかどうかわからんけど一応やっとく。 OK。 さあ帰ろう。よしと。着地うまし。やっぱ背中広げといてよかったな。乗船が楽。
内装もまたいじりたいよね。待って。引っかかった。助けて。引っかかった。まずい。まずい、引っかかった。みんな助けて。引っかかった。助けて。引っかかった。引っかかっちゃった。あー、困ったね。うわー生成ユニットがくそー。もう使ってない生成ユニットバラすかこれ。目の前にソファを配置するしか。もうソファを配置するか、この生成ユニットバラすか。生成ユニットバラします。使ってないからね。使ってないもんはさ、もうみんなバラそうよ。もうアイテム整理ここでもできたわ。そういや忘れてた。よし、じゃあミッションクリアで。お疲れした。いやー、なんかよくわかんないところで時間かかったね。これにて水銀の残りの数は3000です。水銀3000あります。結構大きいものも買えるね、これだとね。でね、欲しいパーツがまず2つありまして、確か2つとも買えたと思うんだけどな。じゃあスペースアノマリーに飛びましょう。もう水銀クエスト終わりだよね。ないよね。わあ、フリーゲートモジュールのやつがある。またセンティネル15体なんだけど、いいよ、もう銭湯は疲れたよ。もう建築行こう。もうもう建築行こう。さすがにもうさ、本当にさすがにね、なんだろう、寄り道をしすぎてる感じがする。ペースアノマリーこのまま向かってもいいけど、一旦拠点近くまで飛ぼうか。お、なんだ、お、トレードじゃん。どうも。画面埋まってんだけど。何か欲しいものがあるかい？もういらないってそれ。フロストクリスタルとかカビとかはね、あれば嬉しいけど、栽培してるっちゃしてるしな。なんか高めに買ってくれるものとかある？結構アイテム余ってるよ。そんなあれかい？そんなにこれいらないんだけど、売っ払う。30% 引きだったけど売っ払っちゃう。あ、しまった。ステーションによってこいつ預けるの忘れてた。ステーション寄るか。思い出させてくれたのは行幸。ステーションに向かって飛びます。ビャン。いや本当にあれだ、一回戦闘を挟んだのがあって、なんかどっと疲れたわ。やっぱ戦闘苦手だわ。やっぱ武器の強化もしなきゃダメだよね、本当はね。ずっとサボってるからさ、なんだろう、いわゆるなんだろう、テクノロジーとかのなんだろう、厳選とかね、そういうの全然やってないからね。いつだかなんかノリでやった時以来進めてないから、もうそろそろ一回ガチった方がいいんだろうけどね、本当は。全然ガチれてない。もったいない。やればやるだけいいのに。お邪魔します。コルベットパーツを預けに来ました。よっこいしょ。どっこいせ。降ります。テレレレテレレレテレ。はい、これコルベットパーツじゃないっけか。あ、違う。これなんだっけ。だいたいいつもミノタウルスさんに頼ってて、ナオミ戦闘クソザコ勢のため排気貨物船で毎回心臓がキュッとなる。あれ大変ですからね。そっか、これ建築パーツだ、このアンテナ。そうかって言ってバラす。あ、じゃあごめん、解決戻ろう。じゃあ問題解決なので、このまま
そのあたりのアンテナなんかアイテムになって残るんですよね。なんか不思議ですね。たださっきのアンテナは多分建築パーツの方のアンテナだったみたい。確かになんかこの間コルベットいじるときに試しにアンテナつけようっつって建築パーツのアンテナつけた記憶が今ほんのり蘇ってきた。すいません、犯人僕です。申し訳ないです今やっと思い出しました。なんかそんなことした記憶がほんのりあるので、もう一回戻って、あ、健康の前借り。寿命の縮む音がする。ごくりごくりと寿命が縮む音がする。そうこのアンテナだ。今バラしたやつ。こいつを船につけようとしてつけてみたんだけど、なんかいまいちでやめて、でそれで手元に残ったんだ。どうしよっかなじゃないんだけど、あんまりくっつけすぎると今度バグるから、少し奥側にこの辺に着地させて、かわいい。ワイのコルベットマジでかわいい。好き。虹が綺麗だね。よいしょ。で一旦そのコルベットはそこに放置して、ちょっと船乗り換えて身軽な方でワイの愛機アズミナブルタイムレスチャンピオンで行くぜ。チャンピオン、水銀アイテム解放していこうぜ。ファイヤー着地、そしてアノマリー召喚。やっぱ身軽だね。やっぱ全然身軽だわ。やっぱソーラー戦好きだな。こんちは。アイテム解放に来たよ。あれだもんね、コルベットの方の水銀ミッションの方とこっちのスペースアノマリーの中で受けれる水銀ミッションって週末ミッション以外は基本一緒だもんね。だからもうないよね、水銀マークないもんね。 OK。 どうもエグチェックコレクションで、私の欲しいパーツなんですが、その根元に使うパーツ、あれが欲しい。どれだ、これ宇宙船とパイロットのサイン、これを使いたいです。これが800なんで、まずこれを買います。で残り2400で、これも一応解放しときます。今回ね、こいつはどうしよう。あれば使いたい。ちょっとね、ちょっと変わった使い方をしたくて、このリングの光ってるところが本来ポイントじゃないですか。もし使えるならこの光ってない部分を装甲から生やしたいけど、それがうまくいくかどうか、これも一応解放で、残りが800、400のやつがあと2個解放する、500のやつ1個。あとはちょうどいいパーツなんかあるかな。例の触覚のひょろ長い部分をどうこうするパーツ。また2000あったからバブルダクトでもよかったのか。ここで無理して使わずにこのバブルダクト解放のために残しとくのはワンチャンあり。何がいいだろう。根元に逆にこの合成コアを2箇所置いて、このコアからちょっと浮かして何か生やすっていうのもおしゃれ。バブルバットでもいいな。これらがそれぞれ500、500だからちょっと足んないんだよね。ちょっと足んない。プロテアホイール、先端のモシャモシャがなかったらそれでもいいんだけど、これですよね、リエさんが使ってた虚無の殻ね。虚無使いがうまいから、これだ。融合輪形でいいのかな。有機物デコレーションねえ、有機物の使い方がうまいんだから、本当にもうしなびた大株
なんかチクチクしてんだよな。ほんとなだらかな尾っぽみたいな。それこそあれか、化石の尻尾パーツみたいなやつ。そっか、化石集めするか。じゃあ化石の尾っぽパーツがあればちょうどいいのか。となると何がいいだろうな。なんか解放した方がよきよきのやつ。今なら球体ホログラムガジェットとか拡大キューブガジェットとかこんなのが解放できたりするんですが、でもこのロボティックコンパニオン、この子いれば楽っすよね。なんか適当なところに配置して、じゃあ店番よろしくねができる。それもいいな。店番よろしくねが一番あれかも、汎用性高いかも。みんなどう思う？ちょっとこれは汎用性、このアイテムの汎用性的なところでグッとくるやつ何があるだろう。もうこれあればもう何でもできますよっていう超最強無敵万能アイテム。欲張りすぎ欲張りすぎかな。悩ましいやつ。やっぱこれみんな悩むっすよね。これあれですよね、金があれば全部買うのにってやつ金があれば全部買うのにって元も子もない話。なんとなくね、このこれは関係ないな、グロいな。ちょっと目ん玉いっぱいつきすぎてるちょっと怖いやつや。見なかったことにしよう。わー、どうしよう。合成コアあっちんだよな。物は試しだから合成コアこいつにしよう。 OK。 これでじゃあ今日の解放終了。 OK。 じゃあこのパーツを今解放しました。で触覚に使う尻尾なんですが、Y の記憶が正しければ最終的に全部買うと考えればどれから買ったっていい。確かにそれはその通り。さあこっからが問題ですよ。そっか、一回戻りますか。建築パーツの化石パーツの取り扱いについてなんですけど、確かアイテム一個一個独立っすよね。あれ同じパーツ2個どうこうしようと思ったら2つ持ってないとダメ。それがコピーできるのか。パーツ単品でボロンと設置してでもう1個のやつをコピーすればいけるんか。どうなんだろう。うまくいけるんならいいけどな。ちょっとやってみるか。分かんなければ一回試してみるが吉ですな。よいしょ。はいしょい。どっこい小一。よしと。じゃちょっと化石をどこにしまったっけ。食い物ってことだよね確か。もう一個隣か。3番か。全然違うわ。4番か。4番だ。でワンチャン触覚に使えるとしたらこれか。この長いお骨。これ色変えられんのかな。どうなんだろうな。ワンチャンこのだらりと下がった前腕、これ拡大して左右対称につくんならおもろいけど、試しにこいつとこいつを持っておくか。あとなんかそれっぽいのあるかな。それっぽいパーツ。ヒレは広いんだよな。化石化した小翼。どうなんだろう。どうもいらっしゃいませ。ミニチュアダックスフンドさん、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。ノーマンズスカイ今日もやっていきますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。どうもでございます。今ですね、僕の愛機であるコルベットロブスターくんにですね、ロブスター歌ってるのにこいつロブスターなのに触覚生えてねえじゃんってことに気づきまして、
今ね、ちょっと新しいパーツ開放しつつ、なんか触覚になるいいパーツないかなと思って模索中でございます。これでもいいかな。試しだからね。サイズがいい感じに拡大できるならこれでもいきそうな気がする。よし、じゃあこんなもんで。色は変わってくれなかった記憶があります。色変わらんのか。くそ、難しいな。どうしようかな。僕の自慢のレッドロブスター君はね、あちらにあるコルベットなんですけれども、あれがね、まあ、ロブスターの形はしてるんだけどもっすよ。触覚が生えてないので、あれをね、今からいじっていこうと思います。やべ、ダッシュジャンプできなかった。かも触覚を化石で再現するのは似合いそうですな。ね、なんかいい考えだと思ったんですよ。果たしてそれがイメージ通りにうまくいくかどうか。ちょっとここがドキドキなところですね。よいしょ。じゃあ早速やっていきましょうか。よいしょ。や。で、この場合化石はアイテム欄に入るのか。入ってない？化石は入ってる。こんな感じになるんだね。で、普段のこれですよ。1本じゃん。2本じゃないじゃん。マジかよ。でもコピーできるよね。確かね。これ、反転できるかこれ。反転できないかどうなんだ。果汁さん、こんばんはいらっしゃいませ。ありがとうございます。今日コルベットいじりしてきますんでね、よかったらお付き合いください。よろしくお願いいたします。触覚か、うちの G に使ってたやつは、やめろ !G の話はするんじゃないトラウマがあの時の配信のトラウマがクオリティ高いんですよ、G の。今度また最近初見さんとかね、いろんな、僕の配信に来てくれる方がね、増えたので、その方たちにも今度、見せてあげれればなと今、ふと思ったんで、僕目つぶってるんで、次の配信でまた披露していただけたら、嬉しいです。嬉しいというか、嬉しいです。それ超リアルなんだよな、もう。そうなんですよ。ロブスターの触覚なんで、根元が太いんですよね。これ、どうなんだろうな。一回ちょっとカメラ飛ばしたい。カメラ飛ばないのか、これ。とりあえず、どうしよう。拡大するか、スケール。どこまででかくなるんだ？恐怖の。いつでも飛ばしますね。お母さん。もうトラウマが過ぎる。その辺につけたいところだけど、なんか、やっぱちょっと浮くな。ちょっと浮きますね、やっぱね。設置位置難しいな。この辺につけたいですよと。で、サイクル回転。こうじゃない。埋まるけど、これなら先に、こうだな。こっち向きを調整して、ちょっと触覚のあれ、難しいか。悩ましい付き方するな、随分。いや、これかなりむずいぞ。ここに立ってこうとかなんかルール決めないと変なとこついちゃうな。どうしよう。じゃあ自分が端に立って、ここを中心にして、フリー配置にするといい感じにうまくついてくれる。そっか、フリー配置じゃなかった。良さそう。確かに。ナイスです。この線の上にこの端っこが乗ってくれたらまだ調整しやすいか。こんな感じ。仮にね。虫っぽいな、めちゃめちゃ。すげえ虫っぽい。ちょっと待って。全然虫かも、これ。全然虫だわ。いや、思ったより悪くはないけど、思ったより虫だな。細すぎ。ね。全然昆虫の触覚なんだよな。しかも片方だし。これだと同じやつが2本必要なんですよね。でも配置のイメージでも伝わりますこれ。イメージはなんとなく伝わるんじゃないですか。こんな感じでその辺から2本、後ろに向かって生えてくれればいい感じになるんじゃないかなと思ったんだけど、ちょっとこの図体からすると触覚ちっちゃいかな。
もっと根元を太くして、もっと、なんか背中の中腹か、それ以降に伸びるぐらいの長さが正直欲しい。うん。2本。そう。本数が大事なんですよ。いやー。もう今ね、一瞬その虫の話が出たからもう虫の触覚にしか見えないんだよね。ちょっとこれは違ったんで、一回回収。君回収。で、こっち。今度これ。こいつのサイズが、どんなもんなのか試したい。で、どうしようかな。これでも悪くなさそうなんだけどな。練り込むか。練り込みそうな感じはあるな。で、回すなら、こう。の、こう。の、回し方むずくね、こいつ。これか。こっちの軸がなんか変だ。曲がってるわ。なんかこれ軸回すの難しくね？なんだこいつ。あ、来た。こうだね。絶対違うな。でもサイズを大きくすればワンチャンあるか。あー、でかい。近いかも。イメージ近いかも。調整めっちゃ難しいけど、ちょっとイメージ近い。中心点が難しい感じですね。中心点が難しい。そのためにさっき水銀で解放したパーツ根元につければ、ワンチャン根元の調整はできるかなっていう感じなんで。でも割ともしかしたらこれいいんじゃない？イメージ近いかも。虫だなぁ、なんか。ごつさが欲しいから悪くないと思う。悪くはない。でも、短いぞ。長さこんなもんか、拡大しても。コルベット意外とでかいんだな。そう。いや、難しいね。どうしよう。そっか、そうなっちゃうんだ。どうしよう。これ以上長くならんか。もっと長い尻尾探す？何本か中継でつなげたり難易度。そう、難易度が難しそう。骨の先端にもう一回骨つなげる感じだから、逆にそのつなげられるポイントが限られそうだから、そこを見極めればつきそうだけど、継ぎ目が気になりそうなんだよな。途中まで建築パーツみたいなもっとごついやつで中腹まで作って、で、先端だけこの骨使えば、ほら、なんか、節があって何段かになってるじゃないですか、ロブスターの触覚っていうのも。だから、例えばだけど、なんか、元からある、なんか適当な、でもこれも色変わんねえんだよな。色変わるなら、せめて根元の一発目、二発目ぐらいまで赤色でいけたら、その方がおもろいなとは思う。で、本当に長さが稼げるんだったらなんですけど、僕がさっき考えてた一発目の構想で、これでかいかな。こいつが、でかいんで、一回このぐらいにして、で、フリー配信になってるんで、こいつを、どうしようかな。こういうところ設置の、こうすると端っこ埋まるよね。端っこ埋まるから、こいつを軸にして、どうしよう。でもこの辺かな。こういう設置の仕方をして、で、これで、反対側にも同じように、角度こんなもんか。同じように設置して、で、こうやって、これを触覚の一発目っていうことにして、角度逆かな？多分ね、ロブスターとかの一発目の触覚って多分根元から前に向かって一発伸びるんですよ。これじゃあ逆だわ。前に一発伸びるんで、ジョギンと伸びて、こう伸びてから、こう、わかるかな？ジョギンと一発伸びて、こう行く形だと思うので、多分そうするとロブスターっぽくなるんじゃないかな。
ので、このパーツを一発目。これだと違うな。逆向きだわ。こうの、なんか斜めになっちゃったな。仮だから一回水平でいてほしい。できれば。いやー、こうかな。この、これ消して、間違った。間違った。全然間違った。この、下手かも。この回し方すると軸ぶれんだよな。こんなもん。もうちょい角度あるかな。下手かも。こんなもんか。一旦こんなもんにしとく。まあイメージこう。なんか違くね。なんかミッキーマウスのなり損ないみたいな耳の生え方してる。何これ。もっと鼻先だよね。もっと鼻先だ、スタートがそもそも。お目目がここにあるんだからさ。鼻先のなんか、この、蛇腹になってるこの鼻先のところからスタートすればいいよね。まあいいや、とりあえず、もうちょっと他のパーツも試してみよう。まあ、こういう構想があってこのパーツを開放したんだよっていうところを今、一旦紹介しといて、なんか、ケーブルという手もあるか。絶対でも違うけどな。なるほど。なんか伝わってよかった。伝わってよかったけど、それが難しい。そう、言うは易し行うはがたしとはまさにこのことで。これがうまくいかないんですよね。なんか、やろうと思えばでもあるんだろうけどな。色さえ変われば、この辺の破壊されたトーテムとか、この辺のパーツが多分、あとはこの辺の破壊された像。これが複雑なパーツなんで、形が。そうすると有機的な感じが遠くから見たときに再現できるんで、色さえ変わればね、ほぼこの辺で決まりなんですけど、この辺のね、この破壊されたアーチとかね、ちょうどいいんですけどね、そうはならんのですよ。ぶっといアンテナ2つ生やして、そっから無理やりヒゲ伸ばしてもいいんだけど、あとはどうだろう、この貯水塔とかって埋まる？無理か、埋まらないか。こいつをなんかここに埋め込んだりできるならワンチャンありかなとも思うけど、なんかサイズ変わらんのか。なんて不自由な子。まあやだ。なんて不自由な子かしら。パーツの大小が変わらないのが多いんだよな。何がいいんだろうか。しかアンテナ系はサイズ変わんないの多いんですよね。それがいまいちなんだよね。そういえばなんかさっき開放したパーツがなんか何個かあった気したけど、あれはこっちじゃ使えないのか。油圧アーム逆さまにつけるとか。いや、ねえな。絶対ちげえな。ちょっと木をてらった斬新な。いや、国和さんさすがな神の一手が。何にも思いつかねえ。なんか今日もう終わりかも。何にも出てこない。まだ日付も変わってないんだけどね。さっき解放したアイテムがそもそも出てないんだよな。あれか。一回船地上に持ってって他のパーツも頑張って召喚できるようにするか。これなんかあったっすよね。
ちょっと離れたところからアイテム構えて持っていくと、今の青い一覧に出てこない建築パーツくっつけたり確かできるっすよね。なんかできた気がするんだけど、どうだろうか。飛行下手くそかも。よいしょい。宇宙船操作するときにそれに合わせて自分の体を動かしちゃうのあるあるだと思う。水分取りながらね。この後ろ姿見てもね、絶対触覚あった方がいいと思うんだ。あれですよ、ちょっと離れます。で、建築よくやります。体動かすね。やっぱやるっすよね。さあ、アイテムが増えてると思うんだ。さっき解放したから。増えてなくねー。増えてなくない？増えたか？これは増えてるけど、なんかさっき2つぐらい、なんかもっとちょっと変わったアイテム解放。あった、これだ。この合成コアってあるじゃないですか。こいつをね、こう持っていくじゃないですか。こいつをまずなんか適当に生やして、この赤い球体を軸にして、そっから生やすなんてどう？そんなのどう？なんか斜め。なんかすっげえどんどん斜めになっていく。なんで？どうした？つまがりか。間違った。めんどくさい。もうやめてよ。もっと素直になってくれよ。へそ曲がりは持てないぞ。もっと素直になろうぜ。いいですね。でしょ。カメラ飛ぶっけか。カメラ飛ぶね。よし。神ですわ。最高。わー、楽ちん。この操作ができるだけですげえ楽になる。で、問題は、ちゃんとこの胴体にこのパーツが埋まってくれるかどうかなんですが、もうちょいか。こう。で、こいつをこう。良さそうだね。埋まるね、ちゃんと。埋まってる。こいつを、なるだけバランスのいいところ。いや、でも本当はこの辺につけたいんだよな。サイズはでも果たしてこのデカさでいいのだろうか。多分ね、斜め向いてる方がワンチャンおしゃれか。一旦、水平はここのパーツになるべく合わせてみて、わかんねえ。この辺か？わかんねえ。うわー、フリーハンドになるの辛いな。一旦ここにつける。いや、違う。一旦ここに合わせたことにして、こっから横。なんで横かっていうと、この辺につけたい。ダメだ。浮きますわ、これ。多分根元浮いてるよね、これ。十中八九浮いてるな。どうなったら浮いてるように見える。浮いてるね。多分浮いてるわ、これ。浮いてますね。浮いてますわ、残念ながら。難しい。難しいよ。でも多分、やっぱ一番近いのはこいつな気がする。一回シンプルにつけてみるか。シンプルイズベストで2個。ズドン。やっぱちょっと浮いた。まあいいか。こんなもんか。で、2つまずつけました。なんか、まだシュールだね。ちょっとシュールだな。で、問題はこいつの色が変わるかどうか。これの色が変わるんなら話が、はい、変わらないとね。なるほどね。
うん、実に興味深いね。色変わらないときたか。なるほど。いいのかい、そんなことして。色が変わらないだなんて、そんなことしていいのかい。なんか急に出てきたけど、君は何？急に出てきたな、君。めっちゃ顔鳥じゃん。こんな顔のパーツあったんだ。このゲームの生き物に。めっちゃ鳥なんだけど。こいつめっちゃ鳥じゃん。4枚羽だけど。この星の鳥類めっちゃ鳥だった。知らなかった。なんかもっと昆虫っぽい顔してるものだと思ってた。ちゃんと見たの初めてかも。そうじゃないんだよ。そうじゃないんだよ。気が散っちゃうな。つまり君はそういうやつなんだな。なんか思ったあれと、ちょっと違うかも。なんだろうね。なんかこれ変えらんないのかな。ちょっと暑いんでまたドア開けますね。涼しい。温度こもるからな。いやー、やばいね。でも一旦これで行ってみるか。多分、これの先端に次のパーツ上手に設置できればなんか全部解決する気がする。触覚に関しては。角度だよな、問題は。いける気がする。いける気がしてきた。一回これでいく。で、こっから、また、僕の工夫が光るわけですよ。こっから国風の工夫が激しく光を放ちます。乞うご期待ください。燃料キャニスターとかこれ、でっかくなるんだったら、こいつぶっ刺しても面白いと思う。こいつ確か色変わるっすよね。確か色変わったと思うんだよな。大きさも変わると思うんだよな。良さそう。でかっ。こいつでいいんじゃない？根元。こいつでよくない？おいおい、話が変わってくるぜ。これ解決しちゃうんじゃないか？触覚根元問題。こいつ、ワンチャン優秀やろ。試しに、ちょっと一旦この辺に、仮に生やしてみようか。真ん中に。一回真ん中に生やしてみよう。仮にね。一回正面に向けて、この下で角度つけて、ここら辺のおでこのとこにこのなんか台形の彫刻あるから、それに合わせてこれやっちゃえばもしかしたら全然解決するのでは。仮にね。で、これ色変わるでしょ。色変わるじゃん。マジ？来ましたわ。これ解決なのでは。ちょっと待って、色合いめっちゃいいのでは。待って、色めっちゃいいのでは。色めっちゃいいのでは。解放したパーツ使わなかったのでは。いや、待って、これかっこいいぞ。いや、これめちゃめちゃかっこいい。どっちがいいの？触覚だからワンカラー、ワンポイント欲しいか。色合い近いのはこいつだな。なんだろう。水銀使って解放したのがバカみたいに。これでよくね？色合いとか造形とか根元にしては100点満点なんだが。100点、こいつでいいかも。殿の右手が真っ赤に燃える。触覚生やせと轟け叫ぶ。バークレスゴッドフィンガーバイスーパーロボット対戦から。パンダさん、おはにょーごじゃりましゅ。今日は何回目？今日本日1回目の配信でございます。よろしくお願いいたします。パンダさん、今お目覚めですかね？今日はね、コルベットいじってくんでね、ロブスターくんに触覚生えてないじゃんってなったので、今触覚を生やそうとしております。尻尾もね、ちょっといじったんでね、よりロブスターっぽく、ほら見てみて、なんかよりロブスターっぽくなったんでね、ちゃんと触覚を生やして元ロブスターにしようよという算段でございます。あれだね、燃料キャニスターめちゃめちゃ触覚の根元として色合い完璧じゃない？ちょっと今太陽変えてみるか。
色合い完璧でしょ。うん。これしかねえな。だって色一緒だもん。面白いぐらい色一緒だもん。これでいきましょう。水銀で解放したアイテムなんてなかったです、今日は。こんなもの存在しない。なので、君はいなかった。いいね。で、この状態で、カメラ飛ばして、で、君をちょっとまず一旦横にずらしますよと。一旦横にずらして、それと俺角度変えてもいいんだよ。そう。角度変えてカッコつけても全然かっこいいね。どうしよう。あえてこんな感じにつけてあげるのも、俺はおしゃれでいいと思う。こうだな。これかっこいいわ。いやーでも待てよ。あ、先端埋まるじゃん。待って。君さ、先端そこで埋まるんならさ、全然こんぐらいが好みだけどどう？ちょっと内側すぎ？いや、あれだな、これ。さっき角度変えたけど、これ一回やっぱ正面戻すか。待った。付け直す。これならもう一回付け直してもいい。キャニスターどこだっけ？これだ。こいつを拡大して、こんなもんか？もうちょっと、もうちょいでかくてもいいな。埋まるし。で、これを縦にして、そこ埋まるので、でかいか。ここのサイズに合わせるので、こんなもん。いや、もっと角度つけてもいいな。こんなもんでいいか。ここにあれ、線あるね。ここの線に合わせる。埋まりすぎるな。線に合わせると。いや、でもここに合わせたいな。できれば。こんなもんにしとくか、角度。で、ここの線に合わせて、1個。2個。いかがでしょう。そんなに曲がってないと思うんだけど。いいんじゃない？で、こいつの、キャラーリングを、これで変えまして、どっちだっけ？こっちか、こっちだね。こっちが好みだわ。で、こっちも変えます。まあ。嫌いじゃない。こういう感じにまずなりまして、こいつを触覚の根元にしよう。なんか、頭だけ見るとなんかカニみたい。なんか、ここだけ見るとちょっとカニっぽい。カニの目玉みたい。で、こいつを起点に後ろに触覚を伸ばしてあげる。マジで水銀でパーツ解放した意味ってなっちゃうけど、まあ、どうか許してほしい。どうか許してほしい。コルベット作りってこんなもんだよね。ライブ感大事、ほんと。いやでもまさかあれだな。ほぼ初期のパーツがこんなうまいこといくとは思わなんだ。いずれ使うかもしれませんし、いや本当にそう。建築パーツなんかいくらあってもいいですからね。いくらあってもいいから。ね。なんかこいつがもともと赤い光と青い光持ってるから、これにまた明かりパーツを追加して光源増やしてもおしゃれかもしれない。後ろもあるからね。なんだあいつ。めちゃめちゃいいね。さあ、じゃあ問題こっからです。これさ、もしかしたらだよ。既存のパーツの継ぎ足しで触覚作れんじゃない？この感じでいくと。ワンチャンありそうに思えてきたな。なんか、神がかり的超斬新。超絶テクニカル造作配置がワンチャンあるのではなかろうか。と。そうね。例えば、どのみち節目が何個かあるから、複雑なパーツを使うなら、この辺、樽とか、容器、これ確か色変わったと思うんだよな。例えば、こいつを、
サイズがこんなんなんで、こいつを一旦正面向いて、ちょっとちっちゃいか、大きくして、こんなもんにしとこうかな。で、まずは縦をずらします。で、こいつの先端にこいつをまずくくる前提でここに置きます。で、この状態から、ちょっと前に置くと沈むはずなんですよ。沈むんで、この状態で、角度を、先端見えないぐらいの角度。もうちょい下げるか。もうちょい下げて、こんなもん、鼻先の、ここに埋まるぐらいにして、もうちょいでかくてもいいかな。どうだろうな。こんなもんからの、これを、1、2、ドン。で、1、2。で、正面戻して、で、サイドに移動して、センターが見えねえ。こんなもんか。で、これで、1、2。引きすぎ。いやー、全然ずれてそうに見える。もうちょい手前な気がする。こんなもんな気がするが。これがフリーハンドの難しいとこっすよね。ドン。なんか違うか？なんか違うか？どうなんだ？やばい、瞑想気入りそう。とりあえずこいつの色は、色変わんねえのか。はい、バイバイ。色変わらんなら話は別です。ぐぬぬ、ぐぬぬ、思ってたんと違う。そっか。長い尾っぽね。長いと言いつつな、長さ足んなかったからな。いや、ずっとね、視界には入ってんだよ、この釣りケーブル。細長いんですよね、これ。あと色は変わらんし。難しい。ユーグリッドムーンサンライズ。これも、ムーンライズか。ありよりのありではありつつ。やっぱ植物か。何か植物系。なんかもっとパーツがあれば、なんか使えそうな感じはするんですが。いやー、悩ましいな。非常に悩ましい。いっそこの辺の建築パーツ無理やりくっつけらんねえかな。無理、さすがに。フリー設置でこれいけないっすっけ。こいつらがフリー設置でつくなら話変わるんですよね。そうすると、なんか適当な、いい感じのパーツ。この石柱パーツ質感好きだから、これが赤色になるんだったら最高なんだけど、試してみっか。とりあえず何でも試してみよう。そっか、これ基地パーツだからこれくっつかないのか。なんだかな。そっか、なんかそんな事情もありましたね。これって無理やりいけない？そもそもサイズ変更できんのか。なんたらや。あら、なんちゃら。そうですか。奥が深いですな、やっぱな。奥が深いですわ。天才的、神がかり的。そう、これが設置したいのにできない。そんな悔しさがそうなんですよ。なんでこううまくいかないですかね、本当に。難しいんだよな。一旦諦めて旗生やしちゃうっていうのもなきにしもあらず。いや、難しいな。ちょっと現実的じゃないか。本当に色さえ変わるなら間違いなくね、造作の形はこれなんですよ。破壊されたシリーズ。トーテムとかアーチとか、この辺なんですよ。このザラザラ感、ボコボコ感。使いたいのはこいつらなんですけど。よくあるその添加プラグとかガスキャニスターは使いやすい部類だと思うので、これ間に挟むのは全然ありなんだけど、
手元でケーブルつけてみるか。これつく？ちゃんとケーブル。これつけようと思ったらワイヤーグリッチか。ワイヤーになりそう。そもそもこれ拡大どこまでいけるんだ？めっちゃいける。めっちゃ拡大できる、これ。思ってる数倍拡大できる。この辺に適当にパーツ生やせば、なんかそいつらにもつきそうな気がする。なんかつきそうだな。なんか思ってんのとは違うけど、まあ、試しにね。なんか違う気はしてるけど、まあ、試しにつけてみる。全然違うわ。全然違うわ。あらら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 。あらららららら。でも、いっそのこと、なんか適当に配線2本生やして、なんか触覚っぽい造作になきにしもあらずだよね、という、無理やり納得させるのも一つ手ではある。触覚に見えないことも、一旦無茶か。一旦無茶だね。まあいいや、話がどんどん進んだらこのワイヤーパーツとか使ってもっと外装をごちゃごちゃにするのは一つありなので、それはまた別の機会に考えるとして。びっくりした、誰？どうも、こんにちは。なんか隣に、何その距離。こんな距離感あるか、君。大胆だね。取引を従ってると見た。どれどれ。一旦無茶。いや、ほんと無茶。びっくりした今。建築の方も無茶だし、この船の飛び方絶対無茶だし。ナノマシンあるから買えなくはないけど、別に今日じゃなくていいかな。また今度でいいよ、ありがとね。ちなみにその船は別に欲しいとかではないんだけど、一応覗いとく。嫌いじゃないけど。嫌いじゃないけど。OK。いやー、どうしよう、マジで触覚。難しいね。建築って奥深いね。いや、なんかむちゃくちゃでもいいからなんとかならんかな。この強化カプセルって色変えられる？これ。これ変えらんないね。これ変えらんないので、とりあえず適当に設置してみるか。色変えられそうなパーツを探す。もうこのフラットパネルとかさ、正直色変えられるし使いやすい部類ではあるんだけど、じゃあこれ触覚っぽくできるかって言われたら多分厳しいんだよね。これもまた沼。いや、ほんとその通り。アームとかいうね、この無茶ぶりも一応あるんだけど、こいつ生やすっていうのも多分なきにしもあらずなんだよね。置けますよと。サイズ感は一旦こんな感じ。一旦こんな感じではある。で、色合いも多分、ちょっと、これじゃなくて、こいつのカラーリング。いいね。これも、サビ色ある？サビ色はないね。こっちの変更はコンクリートしかないので、まあ、この辺かな。ブルーは違う。グレーも違う。まあ、レッド、ホワイト。ちょっとテカリが強いな。ちょっとテカるね。色が。まあ、つけるとしたらこいつで。で、これを、どうしようかな。いやはや困ったもんやで。こいつに対して、まあなんだろう、仮の触覚としては全然ありな気はする。後ろ向きになっちゃうけど、全然一選択肢としては Y はありだと思う。ちょっと無茶かな。ちょっと無茶な気もするな。いや、無茶か。さすがに厳しいか。これ口元につければよくない？ロブスターって口にこういうのついてるよね。これ触覚無理だからなんか口元につけよう、こいつ。口元につけてなんかご飯むしゃむしゃしそうな形にしよう。むしゃむしゃポイントないけどあんまり、この辺は。
まあ、つけるとしたらこの辺か。サイズでかいか。ちっちゃくして、これサイズ感どんなもん、こんなもんか。いいね。やっぱライブ感でだんだんこういうパーツ増えていくのも一つ楽しみではある。うん。ありよりのあり。一旦ここ正面にして、ここに合わせる前提にして、もうちょい縮めるか。ちっちゃすぎるか。こんなもんにしようか。なんとなくここの矢印の下についたらちょうどいい気がするって、ここに合わせるけど、線見えるぐらい、ここかな。一発。で、反対側に、待って、こいつをコピーして、なんか、思ったのと違うどうついてるな。あ、一緒か。トン。トントントン、ツーツーツートントン。トントントン。ツーツーツートントン。この辺じゃん。もうちょい上じゃん。この辺。なんか、これはこれで、なんかロブスター感増して結構良いのでは。賛否分かれそうな感じでは賛否分かれそうな感じではあるけどなんかこれはこれで一つ、ありな気がする。どう？口に見えないこともない。触覚はなんかもう沼るから、別の造作どうにかなりそうなところにちょっと仮につけていこう。あとあれだね。口元どうせ、あれだから、口元にもなんか一個つけとこう。適当なパーツ。このビートデバイスって口先につけれるかな？それ遊びすぎ？さすがに。さすがにちょっと遊びすぎか？そもそも資源足んない。資源あれば作れるのか？もしかして。コルベットの口に。音楽。さあ、遊び心が止まらんよ。なんかいけそうだ。なんかいけそうだ。なんか多分つくぞ、これ。多分音楽奏でられそうですよ。うるさい船になりそうだぜ。さすがにうるさいか。なんかこの船近くに来たらずっと音楽流れてんだけどってなりそう。さすがにふざけすぎ？さすがにふざけすぎ説はあるな。どんどん遊んでいきましょう。まあね、ゲームだからね、遊んでなんぼつからね。一旦これで完全に真下向きだと、もうちょいこんなもんか。で、一回こうなって、あれだな、一回反転させるか。一回これで横向き反転させて、正面向かせて、こうの、で、こうすると、サウンドデバイスがニョキッと生えてくると。いやー、さすがにふざけすぎかな。いやー、全力で遊んでる、これ。口元に泡とか置けないかな。エビって泡出てたか。でも泡出てた気がするけど。でも泡出すのカニか？どっちだ？カニは出てるの覚えがあるけど、エビどうなんだろう。出せば出そうだけど、どうなんだろう。この辺かな？サウンドデバイスこの辺に入ってディスプレイがね、なんかパーツ埋まっちゃってるから、これはちょっと美味しくないんで、それからいっそディスプレイだけ出す。いや、このはみ出し具合美味しくないな。ディスプレイ被るの美味しくない。この辺にするか。そもそもいけたわ。やかましいなこの船。角度なんかいまいちだし。なんかすげえ迷惑かも。意外とスピーカーこうだな。じゃあスピーカーはこうするべきです。
いや微妙に曲がるんだよな。これはもう使用上無理か。やべえ、ちょっと入港したら邪険に扱われそう邪険に扱われそうだわ。パンダさん、カニ、やっぱカニだよね。どうしよう。ね、みんなこんな感じの船がさ、自分に来たらどう思う？さすがに嫌じゃない？色変えられるね。どっちだ？赤ライン。赤ラインよりは黒の方が馴染むか。こっちだね。色は馴染んでるけど存在としてはめっちゃ浮いてる。でね、角度がやっぱいまいちだね。角度がね、ここの角度がいまいち。もっと下向きでいい。こんなもん。かなり下向きの方が意外と収まりいいかも。この辺かな。このライトのテントで勝手に位置ずれるのマジ迷惑だな。ワイの立ち位置がね、ちょっと微妙にずれてんだよ。これの位置がずれてるというよりは。よし、そうだ、ここ。もうめんどくさいな。うざったい。ちょろちょろ変わりやがって。攻めてんねーってなります。嬉しい。褒められるんだったらじゃあやりたい。音量下げれますぜ。 B でば音量下げたい。結構しかも範囲も変えられるですよね。この音はエビだ、やつが来たってなるワンチャン人気になれるか。ワンチャンみんなの視線を独り占めできるか。いや、どんなに頑張ってもここだな。1は本当はもっと手前に出したい気持ちもあるが限界なようなので、ちょっとこの辺で。いやー、どうしてもまっすぐならん。妥協しとくか。とりあえずよ。距離減衰なしにしてとりあえず距離減衰なしに。でも細々独り占め。結構いい距離まで聞こえる。なんか雰囲気出るな。なんかおもろいな。雰囲気出てるな。意外と良いのでは。なんか雰囲気出てるね。で後ろに来ると減衰するので、これを生かすなら後ろにももう一個つけたいよね。なんか今勝手に落とすってしたけど、今のこの曲良くない？ここ空間空いてるからここにつけるか。俺今どこ目指してるんだろう。テルミドール食べたくなってきた。お腹空いちゃう。テルミドールって何？テルミドール、ワイの知らない美味しい食べ物かもしれない。ワイの知らない美味しい食べ物の可能性。テルミドールなんか随分来客来るね。こいつを同じくこの辺に埋め込みたい。この自然に埋め込むのがオツなんですよ、きっと。わからんけどオツなんだと思う。オツだと思いたい。こんなもん。位置的には向こうと同じぐらいにつけたいからこの辺にしよ
音が違う。ちょっと表でコピーしてくるわ。整形が裕福なのかもしれませんね。富の象徴か。ギルン。いでで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 で。さあ。なんか音違くね？なんか違くね？なんか向こうと違うぞ。仕方ねえ、調整するか。こいつが今 C マイナーでしょ？多分こっちの上級波形が違うのか。これもじゃあコピーしてこよう。上級波形ってそっか。コピーするとき別扱いなんだ。2つコピーしないといけないのね。へえ。なんか変わらないと気づかないな。C マイナーだよね。ああ違うわ。へえ。そっちとこっちで別途コピーなんだ。初めて知った。ノーマンズスカイあるある。機能の説明がどこにも書かれてなくて、やってみないとわからないっていう。OK。整いました。さあ、来ました。やつが来たよ。意外といいね。似合いすぎでしょ。なんかレッドロブスターすごい良くなったね。BGM 付きレッドロブスターでございます。勝手にスクショタイム。わいも写真撮っとこう。はい。パシャリと。なんか、触覚はつかなかったけど、なんか、遊び心がプラスされたね。ノリと勢いでね。いいのかなこんなんで。ちょっと画面一回飛びますね。よし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 。いい感じに虹も出たし。いいかな？じゃあまた戻りますね。だがそれがいい。ありがたい。いやー、あとどうしようかね。問題は結局その触覚をどうするか問題と、あとはね、この赤い光とか、あれなんか目光ってない？なんで？なんか目暗くない？なんでだ？あれ目光ってない。なんで？一回召喚し直すか。一回召喚し直そう。そしたら光るかも。さあ曲流れるでしょうか。あ、いいね。ちゃんと曲流れるね。ちゃんと召喚した瞬間にBGM 流れるのおもろいわ。意外と良かった。意外といい改造だったね。あれやっぱり目光ってない。マジか。なんで急に光んなくなったんだろう。そっか、さっきの建築で判定変わったんだ。
こっちの地面に向かった判定で建築したものが近くにあるから、多分電源引っ張らないとダメな判定になってんだ。なるほどね。OK。さすが国方、瞬時に理解。なので目はもう一回つけ直します。ノマスカの宇宙船建築のちょっと良くないところね。寝てしまったのかと。そういうことか。お疲れか。お疲れだったか、コルベットちゃん。ロブスターちゃんよ。いつも酷使してるからね。お疲れだね。今日も今体いっぱいいじくり回されたからね。お疲れなんだ。じゃあさ、この機械に目の形も変えよう。今まで目のパーツはこの青色ライトやってたんですけど、ちょっと新しいなんか別のあれも考えましょう。なんか新たな斬新かつグレートな何か妙案があれば。何か目の色変える？そもそも目の色変えちゃうのは一つあり。全然青でもいいんだけど、今こいつをついたね。よかったよかった。触ったから復活したね、判定が。多分ね、Yつけるときにここのセンター部分のこの黒いところをぴったり重ねる形で、多分こんな感じで設置したと思うんだ。確か。よくぴったり合わせたな、当時の俺。なんかついたからいいや。もともとこんな感じなんですよ。やっぱお目目つくと可愛いね。明るくなると可愛いね。あとは口元か。口元がね、寂しい。せっかくだったらここになんか欲しいよね。ので、ここにこいつをつけることで、これサイズこれサイズ変わんの？マジ？サイズ変わるじゃん、これ。そっか、サイズ変わるのね、君。じゃあね、この辺に貼り付いてくれたら嬉しい。まずここに1個で、この下になんか曲がった？ちょっとだけ。ちょっとだけ曲がってんな。これ気に食わねえな。ちょっと待って。ほんのちょっとだけ曲がってんの気になんない？それは。いや、大して気にならないんだけどね。ちょっとなんだけど。一旦このぐらいに収まってもろて。こう来て、で、その下に、ちょっとちっちゃく、同じのついてもろて。で、なんなら、張り付いてもろて。これ水平取ったぐらいにして、いやー難しいなー。ぴったりつかねえ。こんなもんか？こんなもんか。だいたいこんなもんか。いや、曲がってねえ、なんか。ちょっとだけ曲がってんだよ、ずっと。妥協必要か。やだ。妥協したくない。で、ほぼいいとこなんだよな。ちょっとずれてるけど。どう？なんか口っぽい。気持ち口っぽく見える。何もしないよりはなんか口っぽい気がしてきた。なんかこうなってくると本当に触覚がどんどん欲しくなってくる。触覚がないとなんかやっぱりなんか違う気がしてきた。あれだな、この爪の下にもうワンポイント
爪の下暗いからね。なんかみんな大丈夫？なんか音のせいでノイローゼになりそうじゃない？ワイだけ思いのほかね、BGM がマジで、あいつが来た感が、あいつが来たって感じがどんどん増してる気がする。完全に想定外。鼻先口元がね、やっぱちょっとだけ寂しいんだよな。こんだけじゃんじゃが落としといて寂しいってのもおかしい話なんだけどさ、その辺が気持ち寂しく見える。あとはそうね、もっと爪の先っぽが配信を聞きながら裏で貨物船基地にカフェ作っておりますので、だとのまた画面から俺召喚ダメね、配信者なのに自分の姿こんな雑に扱ってさ、本当にさ、どういうこと？君 YouTube って知ってる？君動画配信って見たことある？っていう話配信してる自分自身に問う。国和くん、君配信見たことある？変な話だよ本当にもう。だってあとはちなみにこれ今更だけど、これって色変わる？これ色変わるんだ、ね、みんな見て、こいつ色変わるよってことはだよ、こいつさ色変えたら建築パーツになるんじゃない？ほらこいつもしかしておしゃれパーツになるんじゃない？あ、レモンさんこんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます。今日はコルベットいじり会でございます。斬新かつ新鮮でアグレッシブで攻めたコルベット建造をね、カスタムとメンテナンスをね進めております。今日はこれやってまいりますよ。ノートパソコンいつ頃届きますか？何の話？あげないあれ、ちなみにAmazon で4万円なんで、パソコン Amazon で4万円だったんですよ。安くないですか？ Core i5 メモリ 16GB でハードディスクは SSD か M.2 SSD かな、 SSD で256GB、中古整備品なんでちっちゃい傷とか、あとバッテリー寿命が不安なんですけど、それを加味しても超いい買い物、起動早いし、しかも Excel ワードフルセット、2024年版だったかな、新しいワード Excel フルセットで入ってるんで、そうめちゃくちゃ良かったんですよ。めちゃくちゃ良かったですよ。こいつ建築パーツか、なんか裏技でつかないっけ？これダメか。これなんか接触してればワンチャンいけるとかなかったでしたっけ？ないか。ダメかも。なんで教えてくれなかったのよ。まだ売ってる。本当に欲しいならちょっと教えます？その検索ワード。実際でも4万円でスペック買えるのは破格も破格っすよね。ただレビュー見たら中古品なんで、その傷の状態とか不具合状態、たまになんかちょっと外れがあるらしくて、キーボード1個2個効かないとか、あと画面の端っこのとこちょっと焼けてるとか、なんかそんなのがあったはず。でもまだあると思う。まだ売ってると思う。これだ。13.3 インチのやつで、なんだろうな。評価 3.8 だもんな。かっこ軽量ノートパソコンかっこ閉じ。ダイナブック G83 っていうやつ。多分 i5 第11世代メモリ 16GB っていう風に調べれば出る気がする。必要ならダイナブックか。これダイナブックなんだ。 DYNA でダイナなんだ。英語弱々相変わらずそう、外れるならバクチか乗るか
乗るかそるか。僕は乗って勝ちました。完全に勝ち。びっくりした。びっくりするぐらい綺麗なの来て。で、追加で1万円で、今日、カバンと、マウスと点キーついてないんでちっちゃくて。それを、Bluetooth 内蔵なんで、Bluetooth のやつを買って、明日届くので、それでフルセット。職場で使おうと思って。職場で使える、そういうのが欲しかったんで、そのために買ったんですけど、なんか割と良さげだなぁと思いながら。当たりも当たり。大当たりよ。実際この価格で、しかも返品対応もちゃんとしてくれる評価の高い、そういう評価のあるお店だったんで、そういう意味でも全然博打としては保証付き博打だからありだと思うんですよ。さて、ここまで造作をもりもりしましたが、ダイナブックでよかった。英語弱々で申し訳ない。弱々で本当申し訳ない。このね、爪の先がちょっと暗いなと思ったんですよ。なので、ちなみにこの標識ってこれ色変わる？これ色変わんないのか。こいつをなんか適当なとこに適当に埋め込んで、なんか適当な感じで適当な、いい感じにしたい。いい感じになってほしい。いい感じになれ。なるほど。普段 Mac だからゲームできる Windows パソコンが欲しいのです。確かに。それならちょうどいいかも。Core i5 あれば、極端に重くなければ動くっすもんね。でもアークだと厳しいんじゃないですか。いけるか。違う。SSD が 256GB しかなくて、で、今の Windows、10GB だか 20GB は、OS とかなんか元々の既存のデータで使っちゃって、空き容量が230何ぼしかないから、待って、なんか空中になんかパーツ浮いてる。なんだあれ。なんか浮いてるんだから。君はバグですね。バイバイ。もしかしたらアークとかだとインストールがそもそも厳しいかもしれない。ハードディスク、どうなんだろう。整備品だから、オフィス2019って書いてあるわ。思ったより古かったな。もしかしたら SSD の交換できるかもしれないけど、一応そこも承ってくれるみたいです。お店でやってくれるかもしれないけど、自分で、注文して届いたやつ、中開けてみて、同じサイズ感で収まる 512GB とかもっと上の SSD、自分で乾燥すればワンチャン使えるかも。それは普段、フォトショーとか使う。じゃあ辛いかも。容量食って厳しいかも。どうなんだろう。外付けハードディスクだからってきついっすもんね。その読み込みとかの関係でね。遊ぼうと思うと。じゃあちょっと厳しいか。その 13.3 インチで、サイズ的にも安かったのやっぱあるんですよね。確か同じところで、Core i5 の 512GB モデル。安っ？ちょっと待って。でもメモリ 8GB か。メモリ 8GB SSD512GB モデルで3万。むしろ安い。メモリが少ない分むしろ安い。あれだ。i5 の第10世代だ。それで安いんだ。16GB の 512GB だと7万。ピンキリっすね。ピンキリ。結構いろんな中古品扱ってる。このショップ面白いな。なんかニーズに合わせていろいろやってくれそうな雰囲気はあるんですけど。でも今回の僕のこの安いのは当たりだったっす。でもお店的には結構そういう意味では良さそうですね。すごく良さそう。問題はね、ちょっと話戻すと爪ですよ。爪のとこどうするか問題。あとはね、これ以外に今日開放したパーツでやりたいことが、乗り込み下手かな。いやー、装備厳しいかな。落ちる。やばい。飲み込まれてく。
自分の船なのに乗り込むの下手すぎ。よいしょ。背中のところに継ぎ目を再現、継ぎ目の再現って言ってもな、こんなことになってるから再現のしようないんだよな。そもそもここにステッカーみたいなの貼ってるから、もともと線入ってるように見えるか。この尾っぽをここから見たときに、白いラインがここにこう、見えてきたぞ、見えてきたぞ。ワイが今立ってるところのさ、今この白いライン入ってるじゃないですか。パーツの元々のデカールとして。これと同じように1本、2本、3本、4本、5本かな。ここになんか白いライン引けば、なんか背中の蛇腹再現できるのでは。よりぽくなりそうな気がする。細かいとこだけどね。触覚はどうしたのって話ではあるんだけど。レモンさん、リンクというか、送ります？ DM で。せっかくなんでさっきのノートパソコンのやつ。一旦送るっすよ。すいません、忘れないうちに。ちょっと待ってね。これの、少々お待ちください。せっかく本当に欲しがってるのだから、送りましょう。忘れないうちに。ちょっと待って、アップデートしてくださいって言われた。アップデートしてくださいって言われた。ちょっと待ってね。ひまじんさんからメッセージ来てる。返してなかった。ごめんなさい。じゃあ、レモンさん今、アドレス送りますんで、もし読み込めるようであれば、これ、確認していただければ。メッセージ送れないって言われた。はい、すいません。X アップデートします。ごめんなさい、配信中にスマホポチポチして、これは本当に申し訳ない。ちょっとだけお時間ください。ごめんなさい。X アップデートします。で、メッセージを送って今のリンクを送ります。自由か自由すぎか。アップデート来てるわ。今送っちゃいますんでね。やっぱあれだな。なんかこの BGM は中毒性というか、なんか洗脳されそう。なんか宇宙人にさらわれそうな BGM してる。確かに確かによし、リンクいったかな。で、パスコードを入れないと進めない。パスコード入れました。やり直す。再送。よしと。じゃあメッセージを添えて。はい、OK。じゃあ、レモンさん今、メッセージで、さっきのノートパソコンのリンク送りましたんで、よかったら見てみてください。開いたら Amazon に繋がりますんでね、ご確認ください。なんかいろいろラインナップあったので、ぜひぜひ見てみてください。はい、お待たせいたしました。じゃあ、再開していこうと思います。ステッカー貼ってこうね。だいたいこいつでいける気がしてる。なんかこれ意外とあれか。あれだ。いっそさ、ここに貼るのもいいけど、この中間に貼ると面白いかも。ビジュがいい、ビジュが。
いい。この丸いとこにステッカー貼らさってんの、ちょっと斬新で、可愛いかも。うん。ここの辺に貼ろう。問題はこの左右位置が合ってるかどうか。なので、一回飛ぶか。一回地面に貼り付けることにして、なんかうまくいかんな。なんかあれだね、離れられないね。何でもいいから一回こうして、違うな。なんか基地から離れるとダメか。もっと基地の近くじゃないとダメなんだ。オッケー。いいよ。で、このステッカーを構えて、飛びます。ちょっと遠いかも。いける？いけるね。いけない。カメラ遠い。弊害出たな。建築のためにコルベットの位置を変えます。もうちょい近くに来てほしい。もっと俺の基地のそばにおいで。しょい。左に参ります。どっちだっけ？これの真下か置いてあるの。なるべくそこに近い方がいいんだな。この辺かな。オッケー。いいね。グッド。ここならどっから行ってもステッカー貼れるでしょう。で、なるべく横から、この辺から行けばいいかな。はい。行きます。で、一発目。ここの、この辺？いや、どうしようかな。ラージサイズにすると横にはみ出しちゃう。一番ここまで伸びるのこんなもんだけど、逆にこのサイズで収めておくのも一個オツな気がする。このステッカー本当にいるかって言われたらね、多分いらない多分いらない。元も子もない話すると。どうなんだろうこれは。非常にあってもなくてもなステッカーではあるけれど、これ拡大すると貼られ具合が印象変わるか。なんか変わった模様になる。なんかちょっと変わった感じになるな。であればこうしてでこうなるほどね。こういう感じになるんだ。なんかいまいちかも。やっぱあれだね。ちょうど真上のまっすぐに自分が出ないと、やっぱどうしてもちょっと曲がるね。これはもう仕方ないか、システム的に。厳しいかも。そもそもこんなに曲がってるからね。なんかこの辺に一発。いや、全然曲がってる。許されませんわ、こんなに曲がって。美意識というものがなってませんわ。とか言いつつもしびれを切らして貼っちゃう。しびれを切らして貼っちゃう。でこっち側もなんかもう
なんかもう勢いで貼っちゃう。こっち貼ったらこっちも貼るよね理論で、とりあえず貼っちゃう。これがいいかどうかは別として、ライブ感でいいかな。で中間にもう一発貼っちゃう。とりあえずで絶対やめた方がいいと思う。Y もやめた方がいいとは思う。絶対なくてもよかったなってなると思う。いや、なくてもいいな、やめよう、よそう。でさっき真ん中に貼ったやつもいらないや。ライブ感。上と下の2つはいいね。そう、この間コルベット店に来てくれた時のステッカー使いのうまいやつ、あれどなたでしたっけ。赤いライン、赤いステッカーの使い方がバティクソに綺麗なコルベット、あれよかったな。確かこのステッカーなんですよね。これの使い方がべらぼうにうまかった記憶がある。ステッカーを制するものはコルベットを制するんだわな、これがな。ステッカーも本当はもっと種類欲しいっすよね、これに関してはね。いや、触覚は無理だよな、今の状態だと。どうする？恐竜の尻尾探しに行く？正直いける気はしないんだけど、どうなんだろうか。正直ちょい厳しい気はしてる。あとはコルベットの内装いじってないからそっちの選択肢もあるけど、あとはここか。ここの周りもいじるって言って今全然いじれてないから、それもあり。あとは船体のあちこちに光を散りばめる作業もまだ全然残ってるので、落ちた。悲しい。めっちゃ綺麗に使われてましたよね。いや、そうなんですよ。あれがね、もう頭にこびりついて、あれ良かったなと思って。なんか他の方の何でしたっけ、コミュニティ成形のヤマトオカンとか並べてる成形あるじゃないですか。あそこにもなんか一回遊びに行ってるみたいですね。X でこの間そこで写真撮られてるのが流れてきて、やっぱかっこいいなと思って。前は僕の方の3色の月のステージだったんで、明かりも独特だったんですけど、ちゃんとした太陽の下で見るそのコルベットもやっぱりかっこよかったですね。やっぱかっこよかった。いやー、どうしよう、本当に悩むんだよな。やっぱりこういうあれらの最良のなんていうの、いい感じなセッティングは悩む。いや、最良って難しいよね、やっぱね。これはね、赤い光これ使いたい派なんですよ。これいい感じに適当に埋め込むことで、なんか赤い光めっちゃいい感じだよねっていう、安定するんですよね、これ。で、気づいたんですけど、これ逆さまにするじゃないですか。明かりの発生源がこれの結構先端に近いんですよね。そう、先端白くて、でボディのところが赤く光ってるので、こういう立体のとこにうまく生やすと非常に明かりが映えることに気づいて、これを駆使していろいろやりたいお年頃です。こことここにつけたら、反対側の同じところに同じパーツをつけてあげると、下から見た時の存在感がプラスされるんじゃないかという目論み。この辺、どの辺、この辺なんか埋まってね。
なんか設置感が向こうと違う気がするけど、まあ大体一緒か。いやなんか違うぞ。出し直すか。当たり判定なんか変わっちゃってるかも。もしかしたらなんか資源足りないって言われましたがソジウム足りないって。ソジウム集めてくるか。その辺にあった気がする。ソジウムないっけか。お花。こんなにソジウム足りんか。なんかソジウム小石持ってなかったっけ。なんかあった気がする。バラせばあるんじゃないか、ソジウム。あれあれあるじゃんあるじゃん。これバラそう。あ、君邪魔です。おいらは大量のソジウムが欲しいね。久しぶりにソジウム生成してるな。一旦これで。上がりっこいっぱいつけたい。痛いな。こいつのこれを、逆さまにして角度大体いいか。なんかもうちょっとか。こんなもんか。まあいいか。こんなもんかな。こんな感じとこんな感じ。いいね。うん。赤さがすごい好み。この辺の赤さが意外と素朴な赤なんで、ちょっとこの辺を光足したいんだけど、果たしてこの埋め込みで赤くなるかどうか。赤い気がする。あ、赤いじゃん。なんかあれだね。赤いとこに赤いの埋め込むと、ほら見て、わかる？今この3本中一番左のやつに赤い明かり埋め込んだんだけど、凹凸のところに光が反射してより際立ってる。これめっちゃいいのでは？ちょっと埋め込みライトで差をつけろがうまくいってる気がする。ただ同じところに設置できねえ。埋まる位置にいいや。埋まる位置に設置して、この辺かな。あ、いいよ。ちょっといいじゃんこれ。ここも、まあ、ここを起点にして埋まる位置にこいつを入れると。あ、いい。なんかぼんやり光って見えるのかっこいいぞ。ちょっと小技を見つけちゃったな。大した部分じゃないんだけど、こういう細かいところがちょっと差になるんですよね。1個まずここにつけて、これもこっからぐーっといって埋まりきるところに1個つけて、ここも同じところからスタートしてぐーっと埋まりきるところに1個つけると。見て、ぼんやり光ってんのかっこよくない？夜にしかわかんないやつ。これ昼間絶対わかんない。でも明るいな意外と。ぼんやり明るい。これかっこいいぞ。いい。わかる。いや、いいっすね、これ。ほんのり赤く光ってんのかっこいいな。これ言われないとわかんない、この光り方。同じパーツ使ってるんだけど、なんか雰囲気違うよねっていう感じ。この、わかる人にだけわかる。いや、いい。すごい好き。好き。なんか同じ感じで青いところにはまた同じ青い明かりつけて、
そういう光り方するようにするのは非常にオツな気がする。なんだろう、元からこういう風な緑のランプついてるところは、あえて通常の緑ランプ貼り付けて光源として際立たせるのは一つワンテクニックな気がする。いいね。こういう地味なカスタムは本当によく見ないと分かんない味とか雰囲気になるから、よく分かんないけどなんかいい感じに見える。こんな感じのカスタムな気がする。渋いね、今日のカスタムは。ぱっと見分かんない雰囲気カスタムばっかり。マニアックな回だね、今日ね。今日はマニアック回です。ダックスフンドスありがとうございます。国勝さんのコルベット大好きです。いや、最高の褒め言葉。ありがとうございます。モチベ上がる。モチベ上がる、めっちゃ。よし、もっと明かり増やそうぜ。いい感じのところに。今ね、そう。こういう感じなんですよね。わかります？この赤く光ってるところと、あと、この爪の根元のところにちょっと白く光ってるところもあると思うんですけど、これも見えないところに明かり埋め込んでるんですよね。その光の反射というか光源だけをうまいこと取り入れたくて。このちょっとした明かりを足すことで存在感をプラスしたい。そう、せっかくエーロンパーツ使って赤いラインがあるから、赤いラインと赤い点のところの光をもっと強調してあげて、存在感をプラスしてあげたい。なんか、爪の甲が寂しいな。爪の甲のちょっとしたところに青い光足しますか、じゃあ。赤を足したら今度青足したくなっちゃった。ので、青い光に関しては、素直にやるんだったらこいつなんですが、難しいところで、ライトボックスってでかいのか？これスケール変えられない？無理だね。変えらんないね。ライトフロアもスケール変えらんないね。そもそもこれのスケールは変えられないね。でかいんだよな。でかいんすよ、こいつ。これって、ごめん、ちょっと。あ、こいつ回転。内側回転できねえ。あ、これ貼り付けだけなんだ。うわー、そっか。意外と使い勝手良くないんだ。どうしよう。思ってたのと違うんだよな。なんか青い光源ないかな。埋め込める系の青い光源。造作はいらない。光だけ欲しい。ってなった時に、一応ね、このクリスタルが、ちょっと待ってね。別目的なんで、このクリスタルあるじゃないですか。違う。ね。ちょっと待ってね。1時過ぎてるから防音室ドア閉めないと。苦情が来ちゃう。苦情来たら怖いからね。こいついるじゃないですか。いってー！楽園じゃねえのか、ここは。これが今、結構光源として強いんですけど、ダメージのせいで色がわからん。お肉食べればいいんだっけか。今肉なくない？もういいよ、自然回復待つよ。これのカラーリングを変えることによって光源の明るさ変わるんですよ。明るさというか色合いというか存在感が。なのでこいつをなんか合いそうな色に変えて埋め込んだらいい感じになるのではという。便利ねえ。本当に色合いが変わるの本当便利ですよ。これすごいいいですよね。こいつを何か適当に生やすと何かいい感じになるのではないかという。このカラーもいい。すごく赤がね、なんか意外と思った色じゃないんだよな。ライラック、こちらな。グレー&ブラックもかっこいい。これもどちらかといえば青ベースだから、これもかっこいい。まあ、一番無難なのはこの辺だな。一旦これで行ってみるか。で、こいつを持って、で、これ確かサイズも全然変えられるので、
こいつをいい感じに埋め込んだらいい感じになるんじゃないか。なんか色違う。あ、緑だね。こうやって見ると全然緑だ。こいつをぐさっとどっかに刺して埋め込んだらなんかいい感じになるんじゃないかと思ったんだけど、そうでもない。例えば刺さんないね。ジョギンって立つね。全然思ったのと違う感じになっちゃうね、これだと。側面設置だといけんのかな。側面設置だったら埋め込むこともできなくはない。いやでもやっぱおかしいね、バランスが。なんか違うね。一応そこに収まらなくはないけど、まあ試しね、試し。やべ、軸がバグった。試しにこう置くじゃん。まあワンポイントだけどちょっと弱いね。ないよりはあった方が視線引くけど、そんなに重要度は高くないな。そもそもティミー色が良くないんじゃないか。もっと青いカラーはないのかね。いい色いね。もっと青いのって言うとこの辺か。試しにちょっとここに並べてみるか。青さ具合がどうか。青の種類的には近い。いや違うね。思ったより違ったな。でね、このなんだ、枝付き食材、色合いはねこいつが一番便利なんだけど、ほらいかんせんほらデザインがさ独特じゃん。色はすごくなんかバッチシな色あるんだけど、多分ないか。そう、こういう青とかね、カラーリングは多分ねこの辺近いんだよ。そう確かにね、そう使いづらかったりするんだよね。色合い近いんだけど、これ使い道がないんだよ使い道デザインがさ唯一無二すぎるからさ馴染まないんだよ。使える気がしない。難しい。色はめっちゃいいのに、ほら色めちゃめちゃいいのにね、色完璧じゃん。色完璧なんだけどね、ちょっとね生やすには少し存在感強いんだよな。100歩譲ってなんか埋め込むことはできるけど、埋め込む旨味があんまりないんだよな。ちなみにこいつって色変わる？いまいちかな。植物だもんね。青だけど、まあ植物の青っていわゆる緑だよね。ごめん、ちょっとこの話はなかったことにこの話はなかったことに。ランタンケルプとかどう？そもそも埋め込める？これだとまあ仮にセンターそこか。いや厳しいね。全然埋め込める感じしないね。今フリー設置だからねこれ。君も厳しいですね。いやーどうしよう、諦めてこの辺使うか。明かり強いけどなんか負けた気するんだよな。この辺のパーツに関しては造作似てるから、この辺につける分には多分違和感ない。浮くんだよね。
明るさ足すならその辺に一発まずつけてみる。この辺。この辺に一発埋め込むことで明るくならないかしら。ダメか。こいつは露出しないと明かり出さないか。なんだ厳しいね。世間ってのは厳しいよ。ちょっとぐらい危ない。ここの青さが足りないからここに青足そう。ここに青足しちゃおう。ノリと勢いで。でこれだと不便だからこっちからカメラ飛ばして設置しちゃおう。じゃあこっから青い明かりベタベタ貼り付けタイムです。まずは背の高いところに青い明かりを何個か浮かないように取り付けたい。これ大事。浮いちゃうと悲しいからね。どうしよう。ここに半埋めにする。ここに半埋め。ちょっと明かりが顔出してるぐらい。これさ、もしかしたらこれいける？ああ、こういう貼り方できる。せっかくだったらこういう貼り方したいか。明かりがちゃんと見えてるのはね、非常に気に食わないので。これいいじゃん。あ、これめっちゃいいじゃん。こういう付け方しようぜ。どうしよう。ここにまず1箇所。こだわりライト。もうちょっと上、上下同じぐらいに開きたいんだけど微妙にずれる。気に食わないけど一旦諦める。ここに1箇所。ここにもう1箇所。やっぱなんか斜めな気がするけど、ちょっとあんまりちょっと離れてみてもろて。僕のコルベット見るときは20メートル以上離れてみてください。近くで見るとちょっとボロが見えるんでね。こんなもん。これ中の造作に当たり判定あるんだ、これ。そうだね、中の造作に当たり判定持ってかれてんだ、これ。ちょうどいいじゃん。そういうことならそういう構造のあらはね、逆手を取らせていただきますよ。いくらでもね。いいじゃん。なんだよ、おしゃれじゃん。で、反対側にも同じ細工を施します。どうしても爪の先が寂しいんだけど、これもおいおい考える。これは発明では。これは多分ね、発明だと思いたい。コルベットの今の配置場所がちょっと斜めなんで少しずれるやもしれませんが、ご愛嬌ということでね、そこは許していただいてね。で、こことやっぱ多分曲がってるね、向こうもこっちも。そこまで気にならんやろ。皆さん爪というか、このパーツ、この4分の1丸のパーツを上と下に重ねたとき、ここの中の方に当たり判定あるみたいなんで、埋め込みがどうやら可能なようです。結構いいんじゃないか。今まで青く光ってなかったところが、あたかも元からこういうパーツであるかのように青く光ってんのはね、すごく得点が高い。いいよ、国王子はこういうの好きよ。覚えておきます。ありがとう。便利に使える時が来ると嬉しい。非常に嬉しいです。やっぱこういうなんかちょっとしたこんなことできるんだってのに気づくと楽しい。こういうね、あんまり見えないようなところから明かりが漏れてるの好き。個人的にこれこういうやつ。どうしよう、ここ明かり伸ばそうかな。どうしようか。隠れた明かり好きなんだよな。ここに明かり隠そう。で、ここは3つ目のところでいいかな。じゃあ3つ目のところを隠すぐらいの距離で、真横から見て、真横から見て、
頼む。真横から。真横無理。まあだいたいいいや。上の白さ隠れない程度、このぐらいで1箇所つけて、あってもなくてもいいな今のは正直まあいいや、今つけちゃったからもう片方にもつけちゃおう。さあ今つけたのどこだっけ。あれ今つけたのどこだ。なんかこの辺の造作もしかして向こうとこっちで、あこれか、ここですわい。この辺かも。くっつかないぐらいのこうのこう一旦こう、ライトの色変えちゃった、間違って。なんかあのライトなくてもいいな。やっぱりこのライトの形ってみんな印象強いから、あそこにポチッとついてると、あライトついてるなってなっちゃう。悔しい。なんか負けた気がするなんか負けた気がする。ナチュラルが好きだからね。どうにかしてナチュラルなライトにしたい。あ違うな、今見たらあそこに赤いパーツがあるから、いや赤ライト埋め込もう。そっちの方がなんかいいや。そこに赤ランプ詰め込んだ方がなんか多分収まりいい気がしてきた。埋め込みの赤なんでこのサイズ感、一番ちっちゃい赤にして、あそこの先端にこいつをピッとこんな感じで、いいね。もともと赤ついてるなら同じあれにしよう。元からあるカラーリングを強調する方向性あると思います。なんか当たり判定が、あ、来た。こんな感じで結構良いのでは。いい。赤いのからつけていくか。どんどん隙間の赤い光がよく見えればよく見えるほどかっこいい説があるから、そうしていこうかって言った時に、じゃああとどこなのって話。こういうとことかね、とりあえずのこういうところ。植物くん邪魔だよ。どうしよう。設置位置全然この辺でいいか。これちなみにめっちゃ浮いてる。そんな気はしてた。浮かないようにつけるの難しいですねこれね。違和感なくするって結構難しい。明かり足りないなと思ってたのがだいたいこの辺。サウンドボックスもなんかこの赤い光でまがまがしさをプラスしよう。まがまがしさをプラス。この辺か。なんかずれたけど明るさの位置はそこだから、もうそこでいいや。悔しいがこれでいいだろう。離れてみた時に良ければ OK。いやー、つけた本人はなんでそうなってるか分かってるから、やっぱちょっと気になるな。ダメだ、気にするんじゃない。国風よ、時には妥協も必要だよ。ここにも明かりを埋め込みたいので、何かうまいことできませんかと。こう、ちょっとなんか遠くて見えない。なんかいい感じの角度になってないかい君。もっといい感じの角度でついてくれたらおじさんは嬉しい。
一回水平になってみようか。いいよ。いいね。こうかな。ここでちょっと生やしてこんな感じに1個と、あとこの辺に同じ感じで1個、待って、なんか根元の角度がいまいち、やっぱ着地してるコルベットがあれなんだろうな、ちょっと位置違うんだろうな。絶妙。まあ一旦こんな感じにしとこうか。ちょっと気になるか。暗いとこで見たときに赤い光が通常よりも見えてるなら成功なんだけど、そんなに変わんないね。そんなに変わらんや。なくても OK です。あんまり変わらん。難しい。いける気がすると思ってやってみると、なんかあれだね、あんまりみんながやってない理由がなんとなくわかる気がする。思ったようにならないや。あとあれだね、他の人がやってたのれん照明みたいなのすごいうまく使って、この辺にこれを貼り付けて明るさ確保してる建築あったけど、あれも真似したいですね、できれば。どうすればいいだろうか。でも貼り付けるとしたら規模感この辺なんだよな。ここでもいいか。ちょっとセンスないか。ちょっとセンスない。難しい。でもあった方絶対明るいんだよな。明かりパーツなんてね、なんぼでもあった方がいいからね。絶対根元がね、動作的に刺さない。ここいいかも。この辺に適当こいてつけちゃおう。根元は多分刺さってると思うんだ。いや、刺さってねえな。根元刺さってねえな。マジか。あ、拡大すると表に出るのか。根元の深さ変わんないのか、これ。うわー、これ据え付け難しいな。これも意外とやっぱセンス必要ですね。思いのほかうまく刺さんないや。割とコルベットパーツさん当たり判定雑だから、本当にそう表面に沿わないんだよね。うわ、難しい。ちょっと難易度高いな。いや、ちょっと厳しいな。となると一旦ここまで Y の想像のできる範囲でいろいろやってみたけど、それっぽく明るくなるのは一旦こんなもんな気がする。本当はもっとやればやるほどできそうな気はするんだけど、多分時間がいくらあっても足りないので、となるとですよ、やっぱり爪が、ここに明かり入れたのマジ正解だったな。この辺が少し暗くて寂しい。この中に明かり出そう。この配線のところぼやっと光らせたい。絶対にいい感じになると思う。なのでこれをなんとかして埋め込みたい。なんか基地から離れすぎてるって言って怒られたな。なんで？なんか急にダメになった。なんでだ？いや、いけるよね。あ、いけるじゃん。ロブスターでいけるよ。オッケー。小さくしすぎても怒られる。なぜなんでどうして。
配線の中に本当は光埋めたいんだけど、埋めすぎるとダメなんだな。この辺、まずこの辺のギリに1箇所、こうずるいぐらい絶妙な赤い光にしたい。多分ね、出すとこのぐらい明るくて最高におしゃれなんだけど、あえて内側をほんのり光らせるのであれば、明かりがここで出るということは、ここでギリ出ない、ここでギリ出る。うわー、Y の欲しい感じに一歩及ばない。諦めてここに明かり吊るすか、1個。いや、明かりの存在感あるな、結構。やっぱ埋めたいな、できれば。これで明るさ出そうと思ったら3箇所ぐらい埋めないと厳しいか。まずここに1箇所埋めます。そこの根元ね。で、同じパーツで配管も赤く照らすことにしよう。これがここの根元の内側で、同じところの左右対称にしたいですからね。ここの配管の内側、この辺り、やっぱなんか向こうとこっちで当たり判定違うや。なんで当たり判定違うんだよ。だいたい一緒であれ。まあええわ。でここに1箇所でしょ。で今度この辺にもう1箇所、こいつ正面に見据えて、いやー明るさいまいちだな。なんかもっとグッとくる、この辺か、グッとくるとこ、この印、この目印に埋まらないんだが、こっから1個内側、ここだ。いや2個内側、いいね。こいつから1個2個内側のここ、いいんじゃない？ OK。 今選択したのこいつか？違うな、これだ。こいつから1個2個だから、この辺か、これだ。もうちょい、ここだ。いいのでは。爪がほんのり赤く光っ、爪がほんのり、爪がもうちょっと明かり広がってくれたらかっこいいんだけどな。まあでもまあまあ赤、すごいな、今週で一番変な声出た。びっくりした。でもまあ離れてみればなんか光を浴びてる感じがして演出にはなってる気がする。ないよりは効果出てる。内側に2箇所それぞれ明かりを、こう際すぎるんだよ根元にもう1箇所ぐらい欲しいと、この頃赤ランタンを多用していくスタイル。これまたソジウム足りないって言われた。さっき作ったのがあるんで、こいつをありがとう。もう一回ちっちゃく最小サイズですと。でこれに関してはあれだね、逆さまにして OK。 ここに直接吊るしても個人的にはいいんだけど、コンセプト的にここだな。この辺、そうか、逆さまにするとそもそも明かりの威力変わるんだけど、いや違うと思うけどな。これここか。
このところのやっぱり当たり判定違うぞ、向こうとこっちで。なんでだ。結構左右反転するとパーツの増作変わるな。なんでこんなに変わるんだ。全然光の感じ変わっちゃうけど、まあ、一旦こうしとくか。悩むより慣れろって言うし、違うか。で内側が各3箇所ずつこれで明るいので、あとはここから伸びて先のこの辺も赤くぼんやり光らせたい。ちゃんとした左右対称じゃないとこあります。やっぱそうですよね。やっぱりそうなんだな。じゃなきゃおかしいですもんね。どうしようどうしよう。あ、この辺が熱い。こっから埋めて、本当は頭出したいけど出せないんで、こう埋めてこの辺だな。この辺に目指して、この辺に埋める。まずこれ1個明るい。いい。よしよしよし。今つけたのが下アンダーのこの辺のこう埋めて、この辺のやべ回り始めた。視点が出た。バグが視点が回るバグが。ほらずれた。最悪。視点が回り始めるバグ、ほんと勘弁してほしい。設置した場所分かんなくなっちゃったよ。この辺だけが忘れちゃった。うわー最悪。分かんなくなっちゃった。この辺でしたっけか。一番明るそうなところにつけとこう。うわーもう多分左右対称じゃないや。いや奇跡的に OK。 はい、 OK。 いや回転軸そっちじゃないんです。難しい。ノマズスカイって難しい。いやノーマンズスカイって難しいゲームだな。僕はまず今埋めたところで、ここの辺りにも埋めてあげたい。今日この頃これいいな。この辺明るいとかっこいい。こういって明かりの最前線、この辺のど真ん中にポチッと。で反対側もこいつの明かりのど真ん中、この辺にポチッ。これいいね。すごくいい。鬼のようにいい。でここもアンダーから明かりを出したいので、この辺見えるな、ちらっと。あ、結構明かり拾うね。じゃあこんだけ明かり拾うんだったら、もう椅子のごとこの辺でいいんじゃないか。椅子この辺でいいな。いい。こう埋めるとそこめっちゃ明るくなる。明るすぎか。赤くない。めっちゃ白い。悩ましい。こいつから1本2本3本4本目4本目ビカビカに明るい方が全体としては反射光だよって言える気がする。1234本目 OKOK でアンダーのこいつの違うな、こっちじゃねえ、こっちだ。アンダーのこいつのこの当たり判定何なんだい君は。1本2本3本4本目のこいつ、この辺なんか明るい気がする。国勝氏、ひまじんさんありがとうございます。こんばんは、いらっしゃいませ。ごめんなさい、DM だったんですけど、さっき気づきました。X 更新してなくて、
さっきパッと開いたらメッセージ気づきました。大変申し訳ございませんでした。今日普通にコルベットの改造会やっておりました。すいません、本当申し訳ない。全然気づけなくて本当に申し訳なかったです。せっかくメッセージいただいてたのに寝てました。よかったです。了解です。もうゆっくり休まれてて、本当申し訳ない。なんか基地から離れすぎてますって言われた。こっちから狙えばつけれるか。じゃあこうだな。こうだなって言って全然うまく埋まらない。この辺赤くしたいんだけどな。今はですね、我が愛機ロブスターちゃんに光源を埋め込んで自然な明かりで視聴しようと試行錯誤をしているところでございます。なんかいまいちだな。1、2、明かりが違う？見る角度の問題か？やっぱ明るさの感じ違うな。まあ正直ちょっとうまくいってないですね。難しくて。ちょっと爪のところも光らせるか、ついでに。ついで。ここら辺光らせよ。こっちもこの辺光らせよ。良い。なんで明るいか分かんないのに下の方が明るくなってる感じ。これが好き。非常に好みです。あとこの辺もちょっと暗いんだよな。いやちょっと暗いなって思ったらもう何も考えずに明かり埋めよう。その方が話早い気がしてきた。深いことは考えない。あと当たり判定が変わると色のつき方変わるから、それを見ながら考えればいい。ここのこうでこう。目立つな。目立ちますね、それは。じゃあやっぱ光埋めたい。目立つから。内側のここ明るいとおしゃれなんだけどな。こういうのはね、見えないようについてるのが粋なんだと思うんですが、どうなんでしょう。一旦この辺につけてみますか。一旦ね。正直埋め込まない方が明るい。正直。りゅうきさんこんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日はですね、レッドロブスターくんをね、いじり倒しております。いじり倒すって言ってもね、今光源をとにかくあっちこっちに埋め込んで、なんか赤い光が存在を主張するオシャンティーな改造をね施してやろうと今試行錯誤をしているところでございます。難しい。いろいろ試してみてはいるんですけど、なんか妥協の連続というか、なんかもっと突き詰めればまだありそうなんだけど、どうなんだろうかね。難しいですよね。あら、初見さんいらっしゃいませ。ありがとうございます。お名前よろしいですか。しろしろさん、はくはくさんかな。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あれ日本の方ですかね。日本漢字じゃない漢字が後ろについているので、どうなんだろう。はい、はじめまして。私国和と申します。だいたい毎週ね、ノーマンズスカイゲームプレイして遊んでましたのでね、よかったらお付き合いください。今日はですね、コルベットに赤いランプをつけていい感じのなんか色合いにしたいなと思って、どうしたらいい感じになるかいろいろ試しているところでございました。はい、よければね、なんかこんな小技あるぜとか、なんかそういう裏技とかもね教えていただけたら、何でもできそうなことをやっていこうと思ってるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
いやー、なんか難しいですね。コルベットはね、何でもできるがゆえに、いい感じにしようと思うと、なんだ、止めどがないというか、非常に難しいですね。困ったところ。結構いろいろ細かいところをいじったのですが、あと他にどこをいじれるだろう。船の方のね、明かりをいろいろ追加したんですけど、後ろの方の明かりの追加が全然できてないので、明るさが足りない。明かりが足りないぜ。こういうとこの、これ足稼働するんだっけか、そういえば。足稼働するね。稼働するとこに明かりつけちゃうと話変わってくるもんね。あとあれかな、下から見た時にこの辺がぼんやり明るいとちょっとおしゃれか。いいね。ここに明かり隠せるじゃん。ここに明かりつけようぜ。1箇所2箇所、ここもいける。3箇所4箇所、いいね。反対側にも。カメラが飛ぶ。1箇所2箇所、植物が3箇所4箇所、結構ずれたね。結構手前についたな、思ったより。結構手前だね。でも意外といいんじゃない？意外といい、意外といい。雰囲気出てるね。雰囲気出てますね。よし。じゃあ一旦こんなもんで、今日の全体像なのですが、まず尾っぽがこんな形になりました。前までね、後ろに観覧席が乗ってたんですけど、ちょっと邪魔だったので取っ払って視界も良好でございます。あとはですね、細かいところに赤いランプを忍ばせることによって、夜見た時の明るさが、いいね。お尻のところちょっと地面明るくなってるね。いい、すごくいい。青いランプと赤いランプをちょっと足したことによって雰囲気が多少変わってるかと思います。どうでしょう、レッドロブスターくん。あと爪の根元に白いライト入れたりしてね、明るさを強調しております。あとは顔面の造作ですね。Cool、ありがとうございます。嬉しい。いい感じにできててよかった。ロブスターっていう名前にしてるのでね、なんかちゃんとエビっぽい感じに。あと触覚生やしました。本当はもっと長い触覚つけようと思ったんですけど、いいパーツがなくて一旦保留です。ここは。あと口元ですね。口元のところに光るパーツで口の再現と、あとは餌を運ぶ爪みたいなのもつけました。あとは今流れてる音楽なんですけど、コルベットから出てます。音楽。この曲はコルベットから出ております。すいません。昨今コルベット界で多分最もやかましいコルベットが多分このレッドロブスターかと思いますなんか遊んでるうちに、じゃあコルベットから音楽流そうぜってなってこの形になりました。果たしてこれで本当に良かったのだろうかと、こんな感じですバイトビートコルベットでございます。ついでになんかこの辺も明るくしたいね。この辺も明かり埋め込もうか。ちんとこ明るくして赤い光で強調してあげよう。せっかくだからね。せっかくなんで存在感をマシマシにしてあげよう。毒々しい感じにしよう。こことここに明かりを足して、カメラが
ああ、カメラが。ああ、カメラが。ああ、カメラが言うこと聞かない。なんでそんなぴょんぴょんするの？いいね。コルベットが歌っててもいい。歌うコルベットがあってもいいじゃない。そんなコルベットもあるさ。なんたって宇宙は広いもの。これがノーマンズスカイ。そう、これがノーマンズスカイなのです。あとあれだね、この口元も赤く光った方がかっこいいかしら。口元ってか鼻先だよね。本当はあれだよね。なんかもっと明かりを灯せるこういうパーツがもっとちっちゃくなってくれれば。あ、これちっちゃくなるのか。そうか、これはちっちゃくできるんだ。そうだね、いけるわ。そういえばいけるので、こいつを小さくして、これをなんかいい感じのところに装備してあげればいい感じになるのでは。あ、でも色変わんないもんな。あんまり変なとこにつけると悪目立ちするか。あー、悪目立ちしそうだな。なんかもっと自然な感じに搭載できないかな。バレないように設置して光源として活躍してもらいたい。そういう目論み。目の下にこいつはめて明るさプラスする。いまいちか。ちょっといまいちだな。アンダーから見た時の明るさを追加したいんだけど、こういうパーツそのまま使うのはちょっとね、上手じゃないよね。ちょっとだけ上手じゃないんだよな。なんかもっと、なんかもっとグッドな、なんで今俺コップつけようと思ったんだろう。絶対コップ馴染まないじゃん。なんかテーブル出してみたりなんかして。これテーブルさ、これテーブルの根元ってこれ光源なんだね。こうやって見ると。これもしかして明るいんじゃない？意外と。そんなことない？謎の明るさゲットできない？もしかして。ダメか、さすがに。さすがに邪魔かな。さすがに謎が過ぎるか。一応光源だね。テーブルって足元光源なんだ。ただ透けてるせいでよくわからんことになった。やべ、取れなくなった。やべ、取れなくなった。まずい。やばい、取れなくなった。やばい。テーブルの当たり判定がまずい。これどうしよう。どうしよう。取れなくなった。まずい。ピンチ。これはまずい。本当にまずい。マジ？マジか。うわー。いやもうこのピンチはやばい。最終手段はステーションでパーツを再設置。いや結構いろいろつけたよ。ライトとかだって10個ぐらいつけたでしょ。マジか。やっべえ、とんでもねえことしちまった。最強瞬間接着剤ひらめいろ。いや、国和は諦めない。ここで逆転の一手。ここで超天才的発想から放たれる逆転の一手をダメかも。終わったわ。終わった。終わってしまったよ。もうダメです。国和はもうダメです。これはもう宇宙ステーションで一回パッサリ外すしか。マジでなんか裏技ないか。
テーブルはだって他のパーツに依存しないもんね。その床くっつけて床消したら一緒に消えるとかないもんね。それかこいつを一回ここに設置することでそこに新たな当たり判定が生まれたりとかしなさそうだな。ここに干渉することで新たに当たり判定が生まれたりは。わざっぽに剥がし方ないかな。誰か助けて。誰か助けて。うわー、これでいけるかワンちゃん。これでいけるかね。オッケー。奇跡に信じる。奇跡にかける。マジか。おいマジかよ。100歩譲ってこれをなんか有効活用できない？もうこれここに埋めちゃったらもうどうしようもないから、反対側にも同じように埋めて、この下のよくわかんない部分を何か別のパーツで埋めることで、意外と建築カメラにすると反対あったりするかも。いけるかして剥がしていけるか。頼む言ってくれ。頼む。待って、なんか謎のパーツ複製したんだけど、今何複製した今。なんかないか。なんかこの辺に当たり判定ないか。なんかちょこっとないか。ハクハクさん、わら怖くさ、過呼吸くさ。もう今日さ、配信終わって寝たら絶対この夢見るよ。体にパーツがめり込んで外せない夢絶対見るから。もうやだよ。もうなんなんだよ。俺が何したってんだよ。オッケー、わかった。無理なので、天才国和これを有効活用します。こいつがいい感じの明るさ演出してるんで、こいつにどでかい皿を貼ることで、いや意外といけんじゃない？これ意外といけんじゃない？あ、どう？意外と見て意外といい。なんかすごい良くない？天才的発想でこれ回避成功じゃない？もしかして。ちょっと見てちょっと遠目からとか。でもそれもありだけど、ちょっと一回これ見てほしい。これ正解引き当てた感じしない？なんかこんな感じしない？どうなんか意外と元からこんな感じで生えてましたよみたいな顔してない？琥珀さんズーンパーツが夢に見るパターン。いやでも見て多分ね回避したよ。国風の神回避を見てほしい。リエさんいったかそれフラグか。ちょっと少し前にずらせば、これもうちょっと前にずらせばこれいい感じでいけそう。待って。これの中心がこの辺か。これの中心にうまくつけたらね、多分ねいい感じにいくと思う。なのでこれを
こうしてこれをこうしてこの辺なんじゃないかな。どうだろう、もうちょいか、もうちょいこんなもんか、こんなもんなんじゃないかな。パーツの感じからしてもうちょい大きく貼るか。これ最大か。ここうんこれ勝ちでしょ。いやこれ自然でしょ。逆に旗から見たらさ、こんなパーツあった、見て見て、これどうしたって多分みんな言ってくれる。見たことないパーツついてる、ちょっとこれ斬新じゃないって言ってもらえる気がする。勝ったな。風呂行ってくるわ。はい、行ってらっしゃい。ちょっと勝利の一杯飲んでいい？喉乾いた。レッドブル飲みます。これは来たね。これはあり。よかった。素晴らしい。というわけでね、今回国風の完全勝利ということでね、はいありがとうございます。いやーマジで余計なことしたな。勝ったな。風呂食ってくる、何をだよ、どういうことだよ。バスタブ食ってくるか、シャワーヘッドガリガリ食ってくるか。で問題はここからです。これと同じ造作を反対側にも施すので、一発勝負で同じ感じにつけなきゃいけないです。パーツのサイズを変えてないから、これでさっきのパーツ配置を目視で絶妙なところにつける感じにしなきゃいけないので、こうしてこれの配置がだいたいこの辺に来ますよっていうのをイメージでこうして勝ったな。風呂買ってくる。二重勝利の二重栄勝あれなんだね、一人目に被んないように次々出てくる大喜利かね。勝った後に風呂をどうこうする大喜利か。勝ったら風呂入ってくるを使って新たなミームを作ってください。勝ったな風呂最後のとこだけ変えるパターンねもう出ないでしょ。もういったでしょ。で反対側でも完全勝利をつかみますよと。ここのラインに合わせていった時にこのぐらいか、こいつをセンターにだいたい合わせて埋め込んだ時に端がこのぐらいに来るような感じ。これが1個2個3本目の奥、これも1個2個3本目の奥。 OK。 勝ったな風呂もらってくる、勝ったな風呂踊ってくる。みんなよく出るね。ちょっと大喜利得意すぎでしょみんな。で無限に出てくるじゃん。じゃあこっちにもつけますよ。皆さん心の準備はいいですか？センターで取ってこっから1個2個、あれ違うな。待って失敗できないからちょっと慎重にいこう。一回失敗したらもう回収できないからこれ。そう国数グランドプリックスの放送今日だったか。ラジオなのか。目標センターに入れてスイッチ、うまくいければいいけどな。やっぱこれだ、ここの立体造作から1本見えねえ。立体造作から見づらいって。ちょっと待って、もうちょっと慎重に見る。ちょっと待って、怖い、間違えそう。ここの立体からこれね、こうグランプリ1本グランプリ、1本って言ってるのか。グランプリ1本グランプリ古いだからグランプリックスグランプリ、そういうことね。グランプリって綴りそうなんだ。グランドプリックスなんだ。知らなかった。それを初めて知った三日月グランプリもうこんなんはもう本当に数ヶ月に1回でいいです。こんな心臓に悪いイベントは心臓に悪すぎるマジで。
ああ、厳選終わった。操縦性4000超えになった。4000超え、えぐ。あ、操縦性で4000超えるんだ。龍騎さん、えぐいっすね。いいの見つけたな。すごいな。フルカスタムや。ここのへこみから1本、2本、3本目。ここのへこみから1本、2本、3本目の奥、OK。心筋トレーニング。死んじゃうって、トレーニング最中に意識失っちゃうよ。このくぼみから1本、2本、3本目。こいつのちょっと奥。こっちも、このくぼみから1本、2本、3本目のちょっと奥。OK。この辺。そうやな。くぼみから1本、2本、3本目の奥。この辺。OK。覚えた。このくぼみから1本、2本、3本目の奥。この辺。反対側も同じ位置。くぼみから1本、2本、3本目のこの辺。こう。で、センター合わせて、こう。どうだこの辺か。どうなのそれは。どうなのわかんねえ。マジでわかんねえ。ママよ。くそー。いけ。あ、違う。待って。緑のランプ印にすればいいじゃん。絶妙に隠れるんだけど、何それ。配置がさ、奇跡的なんだよな。国方氏がいる政権にたどり着いた。いらっしゃいませ。いらっしゃい。ゆっくりしてってね。やったか。ギリまだ設置してない。怖くてやってない。本当に怖いよ、本当に。あ、ディエさんごめんなさい。1個飛ばしてました。戦況の外観終わってないのに作戦指令室が出来上がりました。外観どうしよう。コルベット制作中。暑いですね。非常に暑いですね。みんなコルベットが順調なようで素晴らしいね。光源系ならエキゾチック植物などはどうですか。さっきね何個か試してみたんですけど埋まらないんですよ。外装にうまく構成全然できなくて、ちょっと今困ってたんで一回そこはスルーして、で埋まる光源をいろいろ試して、埋まったなと思ったらこのざまですよ。埋まったなと思ったらこのざま。こういうこともあるよね。意外と真ん中ぐらいだな。 OK 分かった。意外と真ん中具合で覚えよう。もうこれでダメだったらね、もう諦めつく。合流いいですか。いいですよ合流。ちょっと待ってね。ちょっと今これに今のに関してはちょっと一瞬構ってあげられるかどうか分かんないけど、ちょっと合流は先にさせてもらって大丈夫です。1、2、3本目の真ん中で、こっちも、1本、2本、3本目の真ん中。本当にここだってる。1、2、3、真ん中。この辺キープ。で、この辺。こうか。この辺か。どうだ。こうか。1、2、3。わかんないよ。みそさん、わかんないよ。リカちゃん、わかんないよ。自信が少なすぎるよ。あと見づらすぎる。自信が少なすぎるし見づらすぎる。ママよ。はい、もう置いちゃった。はい、もう無理です。はい、もうどうしようもないです。残念でした。もう無理です。ため息つく。で、こっから見て、この緑のランプがちょうど下に埋まってれば、大体いいんじゃない？大体一緒。すげえ心臓。心臓痛え、マジで。もう設置しちゃったんでね、どうしようもないんで、これにお皿乗っけます。マジで心臓悪いね、コルベットって。合流希望、どうぞ。座標はありますか？いいですね。合流大丈夫ですよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっとお皿だけつけていいですか？お皿だけ。このお皿だけ、いい感じについたら、ここの設置はほぼ終了と
なりますので、ちょっとだけお待ちください。こいつをまずつけたい。座標はちょっとお待ちくださいね。とりあえず光ってるエキゾチック植物を置いてきますので、コピーして使ってください。ありがとうございます。あ、でも光ってるエキゾチック植物、僕も持ってはいるので、あれかもしれない。大丈夫かもしれない。もしかしたら。ちょっと待ってね。置いてく前にちょっとまだお時間欲しい。ちょっと待ってね。こんなもんかな。できた。これ左右対称でしょ。ちょっと離れてみていい？思ったよりいいぞ。思ったよりいいぞ。ねえ、見て。思ったよりいい。いい感じ。リエさん、OK。嬉しい。OK を褒められている。素晴らしい。はい、いいことにしてください。完了。OK。ああ、マジ、一時はどうなることかと思ったよ。ほんと生きた心地しない？じゃあどうしようかな。じゃあ、ハカクさん。グッド、ありがとうございます。いや、嬉しいですね。非常に嬉しい。パチパチ、ありがとうございます。グッド、ありがとうございます。正直、ざーっと見たときに、このテーブルはない方が、でもあれだね。緑ランプが光ったときに、存在感が出てる気がする。これはこれで、いいかもしれない。ちょっと反対側見ていい？緑ランプがついたときに、意外と良きなのでは？良き。グッド。OK です。では、どうしようかな。ナイス、ありがとうございます。OK。ちなみに、そうですね。ハクハクさんの情報がちょっと少なすぎる。一応あれなんですよね。コメントでちょっと幾分か会話を重ねてから入っていただくことが多いんですけれども、ハクハクさんもノーマンズスカイだいぶやってらっしゃる方なんですよね。ちょっとおしゃべりしません？ちょっと合流前に少しだけおしゃべりしません？ちょっといろいろ気になる。ノーマンズスカイでほらいろいろできるじゃないですか。ノーマンズスカイって。ハクハクさんはノーマンズスカイで何で遊んでる人なのかなっていうのをちょっと知りたいです。教えていただけたら嬉しい。コルベットが好きな人なのか、建築が好きな人なのか。最近だとレアモノハンターとかトレジャーハントとか好きな人がいらっしゃったりするんですよね。ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。宇宙船を制作、いいですね。あれもしかして外国の方ですか？やっぱり。どうしよう、どっちの漢字だろう。どうしよう、同じアジア圏でもあんまり言葉詳しくなくて、中国漢字かな。やっぱノーマンズスカイ、やっぱね、世界で遊ばれてるゲームですからね。いろんな国のプレイヤーが、イエス、なるほど、了解です。いいっすね。国際交流ナイスです。ありがとうございます。いや、いいっすね。宇宙船制作いいっすね。じゃあ、あれ行きますか。じゃあ、アドレス、せっかくなんで、みんなでコルベットを見せ合うための基地があるんですよ。今そっちに移動するので、そこのアドレスを送ります。そこで合流しましょう。じゃあちょっとお待ちくださいね。今、そちらの拠点に移りますので、ちょっとだけお待ちください。そこでみんなでコルベットの見せ合いっこしましょう、今日は。よし。では、移動します。ちょっとだけお待ちください。アドレスを紹介したい場所に今から移動しますので。よいしょ。
よし。よし。じゃあみんないいかい？いつもの場所で集合で行きましょう。そう。沼の豆腐オールレ基地だ。行くぞー。写真撮ろう、後で。基地の。素晴らしい。飲み物なくなっちゃった。飲み物切れだぜ。悲しいぜ。はい、マットさんです。ではこちらが新しい私の基地になりますので、あれからね、こんな感じになっております。久しぶりに見てなんじゃこりゃって思う方もいるかもしれませんが、こんな感じになっております。いろいろ手が加わり、こんな感じになっております。じゃあ今座標を出しますね。ちょっとお待ちくださいね。忘れてた。なんか基地またでかくなってるな。こちらの座標が、じゃあ皆さんよろしいでしょうか。どれだっけな。5番、あ、6番だっけ。5番じゃねえな。何番だ。アドレス隠し用のボタンないんだっけ今。待ってね。こうでしょ。4だけか。ないな。設定してない。いいか。これで消しちゃうか。ドン。で、じゃあみんなあとは頼んだぜ。はい。アドレスが、こちらになります。アドレスがこちらになります。ユークリッド銀河。こちらの方で入場していただければと思います。じゃあすいません。30秒ぐらい、これ表示しとくので、その間に飲み物取ってきますね。よし。じゃあその間に入場の方を、ハクさんちょっとこのアドレスで入場の方お願いします。ここでみんなでコルベットの店1個してるのでね、今日も一緒に楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとお待ちください。ついでに離席中も出しておこうかな。いつものやつね。国勝のダッシュ国勝が少し邪魔になるかもしれない。まあいいや。よし。お待たせしました。入力終わったかな？誰か飛んでる飛んでる誰か今入ってったな。健康ミネラル麦茶鶴瓶印の夜間品質持ってまいりましたので、これ飲みながらね、やっていこうと思います。お茶いただきます。おじやがうまい。おじやっこのうめえこといいよ。岡エリー27歳。ただ今井。名前が出てこない。芸能人わかんなすぎ。はい。じゃあ、ハクハクさん入場できましたでしょうか？入場できましたらお返事いただければと思います。そしたらアドレスまた隠すんでね。離席中が出っ放しだ。どうかな？久しぶりに来てくれた方、本当に拠点がいろいろ変わってるので、OK? ありがとうございます。よっしゃ。OK。ダックスフンドさん、前回参加させていただいた際にお隣に移動しやすいよう基地を建てさせていただきました。OK でございます。いつでも気軽に遊びに来てください。一回基地建てちゃえばね、いつでも遊びに来れるはずなんでね。はい、もうバシバシ、もう友達とかも呼んじゃってね、遊んでもらえればと思うんで。よし、では皆さんいらっしゃいましたでしょうか？いいですね、集まってきましたね。じゃあ、いらっしゃいし。りゅうきさん、いつもありがとうございます。あれ、前から
一応黒でしたっけか。あれ前から黒かったっけ。いい感じかも。ちょっと乱入いつものパンダさんやでん厳選の X クラスパッケージ余ったのでプレゼントです。ありがとう。ありがとうございます。ゆきさんありがとう。しかも2個も熱っ。2個じゃない10個。マジ投げすぎでは。ありがとう。10個多すぎじゃね。熱っ。ありがとうございます。やばい、宇宙船がめっちゃ強化されてしまう。熱ー。コルベットの枠解放しないと。大事に使わせていただきます。ありがとうございます。止まりませんな。めちゃめちゃ強化されますな、これで。ありがとう。このぐらいでいいよ。大丈夫だよ。ありがとうゆうきさん。やばい、また船をいっぱい作らなきゃいけなくなってしまった大事に使わせていただきます。ありがとう。Thank you! ありがとね。よし。じゃあやっていきますか。さあ、来ましたね。トラベラー116降下中。いらっしゃいませ。ありがとうございます。さあ、皆さん、揃いましたね。まことさんも到着いたしました。いらっしゃいませ。みんなゆっくりしてってね。みんなで遊んでこうね。みんなで楽しもうぜ。ひまじんさん向かってます。了解です。コルベットのスーパージャージスロットに置いたら、貨物船級になった例があります。熱ー。めっちゃ熱い。リエさん間に合ったらいいな。天気を制作中間に合ったらいいね。今2時でしょ。2時20分でも少なくともあと1時間ぐらいはやるんじゃないかな。ゆっくり国数だぜ。今回はこのステージでみんなのコルベットを紹介するぜ全然似てない全然似てないよ。よし、じゃあこれでみんな合流する流れにはなったので、どうしようかな。ガラスの破壊者、コーヒーフリーさん。コーヒーフリーさんもいらっしゃいませ。ありがとうございます。コーヒーフリーさん、あれでしたっけ、ダックスフンドさんでしたっけか。名前が違った時に誰がどれだったか一瞬分かんなくなっちゃう。そんな感じだった気がした。まことさん、建物の読み込みが遅い。やっぱりね、建築パーツ増やしたから重たいかも。そんな可能性あるある。コーヒーフリーさん、ダックスフンドさんでよかったでしたっけか。そうですよね、そうですよね。よかったよかった。じゃあよろしくお願いいたします。いいですね、造形個性的ですね。いろんなパーツあるな。この辺のパーツは僕まだ全然持ってないんでね。じゃあよろしくお願いいたします。こういうパーツあるんだ。初めて見る顔の造作。いろいろある。いつか解放したいな。じゃあみんなでコルベット見せっこしましょう。よし、みんないいかな。でも完全に誰か貫通してったどうやら全然表示されていないようだ。じゃあどうしようかな。一応 Y のコルベット一発目に入れといて、こんな感じだよで、あとそれに準じてみんな並んでもらえればちょうどいいかしら。そうしよう。なのですいません、コルベットの方私召喚させていただきますね。国方も調整したのでせっかくなんで見せびらかしたい気持ちもあるのでね、並ばせていただきます。お茶飲みたい。ワインのいっぱい飲んだからさっぱりしたのいっぱい飲みたくなっちゃう。というかやっぱりあれだな、ワイのコルベットの BGM うるさいなこれワイのコルベットうるさいぞ結構。オーライオーライ、はい、オーライオーライ。で一回こっちの方に回ってきまして、
ょっともうちょい離れた方がいいな。もうちょい離れた方が。この船ね、ビジュアル船だから遅いんですよね。全然遅い。性能ペケ。ではこちらの方から入っていきたいと思います。見ていただきたいところはこちらでございます。こちらのね、ガラス張りの造作、ガラス張りの飛び出した空間がある方が入り口になっております。こちらをご覧ください。でこちらの入り口の方に近づいていただきますと、これの両サイドですね、空中に造作が2つ浮いておりますので、はい、読み込まれればこういった照明がついております。ここの真ん中を狙って、で、この位置よりも高い位置に入港してください。これより低いとね、床にぶつかったりしますんでね。なので、この高さか、それ以上のところをキープして、ちょっと高い方がいいかな。いいですね。金型、とてもいいと思います。で、真ん中を狙って、真ん中にステッカー貼ってるのでね、近づいてくると今度、盤上にライトが並んでるのが見えるんだけど読み込めないかな。ちょっと低いかな。こんな感じで近づいてもらって、このまままっすぐまっすぐ横に階段が見えるのが見えなくなったあたりでいいかな。この辺で降りていただくとだいたいいいとこに設置できると思います。さあどうかな、うまくいってるかな。着いたー。ひまじんさんいらっしゃい。ようこそゆっくりしていってね。こうしますとだいたいコルベットがステージのいい位置にこんな感じでね、ちょっと前だったかな、ちょっと前すぎたね、こんな感じで設置できます。でここだと1台ずつ撮影ができるので、この後ろの方にね、皆さん待っていただいたり並んだりしてもらってるので、後ろの方にずらっと並んでいただけると1台ずつみんなでカメラを飛ばしてそれぞれのコルベットをこの場所で舐め回すように、こう隅から隅まで見ることができるという拠点になってましたんでね、はい、同じ感じで楽しんでもらえればと思います。あとはこの惑星ですね、太陽がこのように3つありますのでね、だいぶ写真映えするのではないでしょうか。あえてこの写真映えも狙った拠点になっております。申し訳ないです船動かしてもらって申し訳ない。非常に写真映えする星なのでね。で、わざとこの地面平らにしてるのはですね、この下からのアングル撮るときになるべくね、障害物が少ない方がコルベットが映えますのでね、こういう感じです。で、もう一回消すと、はい、こんな感じで美しいコルベットの写真が撮れますよという拠点になっております。はい、皆さんスクショタイムです。ご自由にスクリーンショット撮っちゃってください。うちのロブスターちゃんでございます。いろいろ造作変えてね、腹の底が赤く光ってるのがまたいいアクセントになってるんじゃないでしょうか。という拠点なのでね、初見さんもぜひぜひこちら楽しんでいただければと思います。あとはこうやってぐるーっと見てもらって、地面平らだからこういう風な見方もできるんでね、おのおの好きなように楽しんでもらえるといいんじゃないかなと思っております。本当に皆さんね、趣向を凝らしたね、素敵なコルベット皆さんお持ちなので、やっぱり見たことないテクニックがあったりとか、ああそういう技があったか、その組み合わせがあったかっていうのがね、いろいろ見て楽しめると思います。なので明かりの調整とかもこうやっていろいろやりながらね、よく映えるところに明かりを持ってきてこうやって見てあげるといいのではないでしょうか。こんな感じでございます。あとはね、こちらの建物、あっちもこっちも好きなところからカメラ飛ばして観察していただいて OK ですのでね、ぜひぜひ高台とかも活用してあげてください。一応皆さんのコルベットこちらに停泊していただいて、そしたら僕のカメラの方でぐるっと見させていただいて、こちらの画面の方でね YouTube 上でスクリーンショット撮れるようにスクリーンショットタイムを設けておりますのでね、そうゲーム参加してない方も気に入ったコルベットとか、これかっこいいな、このアングルいいなってのがありましたらスクショタイムのうちにスクショしていただければと思いますので、そんな感じでよろしくお願いいたします。止めていただいたコルベットはね、内装とかもカメラで見させていただきますので、
はい、ご自慢のポイントとかあればぜひぜひコメントで教えていただければそちらの方をアップしてカメラの距離近づけてそれで見させてもらったりとかもねするので、こんな感じでねなんか行きまして、赤造作こんな感じだよ、実はこんな感じでこういうこだわりの造作があるんだよみたいなのをこうやって見せてもらえればね、実は奥にこうくつろぎスペースがあってね、寝室が実はあるんですという風なのを見せてもらったりとかねしていただければ皆さん楽しめると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。実は爪のところに小部屋があったりするんですよ。こうやってこれ僕の隠れた寝室です。はい、家に居づらい時はねここに逃げ込んでここで一泊したりしてますはい、こんな感じでございます。順番とかはみんないい感じで譲り合いもしつつ早いもん勝ちでもありつつでいい感じに並んでもらえればいいと思うのでね、みんななんかいい感じでお願いします。はい、よろしいでしょうか皆さん、よろしいですか？よろしかったらみんなお返事お願いします。はーい今までにない試みこんな感じです。あと近場に拠点建てたりとかも一応 OK にしてるので、もしでもやってて重くなったなと思ったらちょっと離れたとこに拠点建ててもらったりとかね、近い方が便利なんですけどね、もう近場に何人か拠点建ててもらってるので近すぎると重くなるんだろうか、どうなんだろう、重いなと思ったらちょっと遠めのところに拠点建ててもらった方がいいのかな、そこはなんかみんな様子見ながらやっていただければと思うのでね、よろしくお願いいたします。あとはコルベット以外の宇宙船下のところにね8隻まで止めれるようになってましたので、下の方もぜひぜひご活用ください。でさらにその下のところに駐車場が3台分ありますのでね、トラックとかバイクで来る人はそちらの駐車場もね使ってみていただけるとなんか意外と収まりいいのではと思ってやってるので、なんか気が向いたら船止めてみてくださいこの間の建築会でいろいろ下もいじってるんでチラッと見てみてください。あとパンダさんに前回いじってもらったパンダさんでしたよね、多分下のところの宇宙船の発着場少し肉付けしてくれたやつ、あれ少し手加えましてちょっとオリジナリティを出してみたので、ちょっとパンダさん見てみてもらってこんな感じいかがすかっていう感じでございます。同じのをまた他のところにもつけていこうと思っておりますのでね、そのつもりではい心待ちにしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。そう、それやりに来た今回はね僕のこだわり光ってるんで、これパンダさんでも再現難しいんじゃないですか、僕の今回の造作ちょっと見てみてください。結構ねかなりおしゃれな感じに造作できたんで、はいちょっとぜひ採点してみてください。パンダ先生のセンスに負けないように頑張って作ってみたのでね、見てみて、めっちゃ見てほしいよーし、じゃあ皆さん始めましょうか。コルベット観覧式拍手。じゃあ僕も今会場向かいますのでね、そちら合流いたします。あとこの星重力がね非常にこのように軽いのでね、ワンジャンプで結構遠くまで行けちゃいます。てか Y のトラックめっちゃ斜めってるが、ちょっと一応トラック駐車しとこう。運転下手くそん、非常に運転が下手です。使う意味は全くないこちら駐車場でございます。3台まで止められますんで、気が向いたら止めてみてください。写真撮るとなんかトラックっぽくて、トラックの駐車場っぽくて意外といい感じなんじゃないでしょうか。あとここにセーブもありますんでね、使っていただいて、なんかよくわかんない装飾あったりとか、真ん中にベンチがあったりするので、ここもね気が向いたらちょっと覗きに来てみてください。造作は考え中です。さあ上に行こう。
ちゃっちゃと上に登っちゃおう。よいしょ。デカドラゴンがおるな。よし、じゃあベンチのとこにいようかね。よし、じゃあ国勝が定位置につきました。もう一口お茶飲んでいい？多分いっぱい喋るから、またちょっと水分取りたい。だいたいこのベンチのところにいればカメラ飛ばすのにだいたい隅から隅まで見れる感じですね。あとごめんなさい、上の方の高宮倉、高台の方、この間調整するときに短距離テレポーター避けて復旧するの忘れてました。誰か気が向いたらつけて。うわーかっこいい、ドラゴンだー、ドラゴンだ。よし、皆さん揃いましたな。さあ、あとはみんなでコルベット見て楽しむだけですな。やっぱパンダさんのドラゴンすげえな。あれみんな見えます？羽の造作やばない？めっちゃドラゴン。手芸相変わらずすごいな。一人だけモンハンやってる。かっけー。マジでどうやって作ったんやこれ。やっぱコルベットって無限大なんだな。すげえな。さあ素晴らしい。コメントが期待通りだ。すごい。うおー、目回った。一回停止だから美しい旋回飛行。華麗に回転。コルベット動かすと落ちるので下に置きます。了解です。やっぱり重くなっちゃったかな。ゆきさん、球場心臓管の内装終わりました。了解です。いいですね。仕事が早くて素晴らしい。ちょっと暑いのでまたドア開けますね。よしと、換気しながら。すいません、防音室のドア開けてるときは壁ドンが怖いので声を小さくしてやらせていただきます。多分マイク音拾ってると思うけど、音聞こえなかったら喋ってくださいね。マコットさん素晴らしいね。やっぱすごいよね。何回見てもかっこいいんだよな。ちょっと待って、ワイのコルベットの音楽めっちゃ邪魔かも。音楽ってどっちだ？ワイのコルベットではないか。地下のカウンターバーのやつか。ああ、カウンターバーだね。オッケーオッケー。なんかワイのコルベットからも似たような曲が聞こえるからついつい勘ぐってしまう。よし、じゃあまずは誰からいきます？最初ダックスフンドさんからいきます。並列順でそのまま行ってて大丈夫です。さあ入港どうぞ。うまい具合にお願いいたします。多分慣れるまでねちょっと難しいと思うんで。オーライです。オーライ。はい、ストップー。オッケー、ナイスー、上手。オッケーです。皆様まずはダックスフンドさんの作品でございます。さあ鑑賞タイムです。ひまじんさんコルベット下に置くのでご自由にどうぞ。了解です。ひまじんさんのコルベットも下に止めていただいているようなので、皆さん
ご自分のタイミングでぜひ覗いていってください。ありがとうございます。じゃあ早速カメラを飛ばさせていただきますね。よっこいしょいち。まずは明かりを。やっじゃ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 ーん。素晴らしい。黒いコルベットですね。いいね。垂直離着陸用のウィングが2機ずつついてるのかっこいいですね。やっぱこれはかっこいい。いいですね。真ん中に青い造作が光ってるのかっこいい。お、顔周りが赤い。へえ、あ、そしてこのいいですね。建造物のワイヤーがいい味出してる。地読み込みまで下からの映像がまたよき。あー、やっぱり重いか。重たいね。やっぱり建築凝ると一気に重たくなりますね。いやー、やっぱりそうか。悩ましい問題ですね、本当にね。まず一旦このまま一周見させていただきます。あー、いいねー。細かい造作が光る一品ですね。そしてね、この噴射生物がね、前回ミッションもらったと思ったんですけど、これもすごいレアな生物なんですよね。煙の使い方、エンジンとか発電機とかの使い方が絶妙でね、この工業感の演出がね、すごくいい。そしてこのコックピットのね、使い方。これって癖が強いコックピットなんですけど、すげえうまく使ってるんですよね。あ、アンテナも刺さっとる。これは良いですな。男の子が好きなポイント。エンジンでございます。エンジンがこんな感じですね。エンジンがこんな感じです。ワイヤーの造作がやっぱ光るですね。これは素晴らしい。実にいい。ヒューいい感じ、いい感じ。こっちの機がいいかな。やっぱ後ろかっこいいですね。これ飛んでる時が多分一番映えると思うんですけど、これがどこかの生物をここに投影しているんですが、これがまたいい味を出している。角度もこだわりの角度ですね。斜め下方向に噴出するような形で綺麗に設置しております。全体の造形ももちろんかっこいいんですけど、このね、エンジンの使い方がね、発想がうまいんですよ。非常にうまい。これもエンジンだ。意外とやっぱあれなんですよね。遠くから見るとこの四角いフレーム自体が結構馴染むんですよね。カラーリングで意外とぴったしくるんだ。これって、ここにエンジンが1機見えるんですけど、もしかしてエンジンさらにこの辺にも埋めてあるのかな。煙の出てる範囲がこっちにも広がっているように見える。これも技ありですね。非常に技あり。あとこいつですよ。動力。これも煙吹くからね、使い方が上手で、アンテナがね、この後ろに刺さってるのがね、シルエットのバランスがすごい整ってるんですよ。今パッと見た感じ。こっからここまでの造作で、この先端の上からこの流線形でキューッと下がってきて、こっから1、2、ここの空間、ここにこの動力が来てるのに対して、ここにアンテナが1本刺さることによって、この端からここまでのシルエットが非常に整っている。これもね、技ありですね。このシルエットは職人技っすね。かっこよ。かっこいいね。あ、そして見てこの技。このシールド。このシールド自体、お目目みたいに可愛いシールド、これ下にうまく入れたんですね。これいいな。結構、この縦にくるくる回転してるこのシールドって単品で結構存在感放つんですけど、上の方にね、この平べったい円柱のこの縦みたいな、これ確かアンテナパーツでしたっけか。アンテナが外装からだったと思うんですけど、これ被せるのこれすごい技ありですね。すげえいい感じだ。この角度からね、青い光がね、チラッとこう見えるんですよ。目線が惹かれるですね。とてもいい。たまりませんね。こういう技あり大好きなんですよ。なんかね、さっきからね、その船の中身がね、薄く見えるんだけどね、これ内装相当こだわってるんですよ。皆さん内装楽しみにしててください。これはいいですぞ。はい。ありがとうございます。設定は、水力推進型エンジン搭載型の軍用機です。いいですね。軍用っぽい。しかもセンサー類が潤沢ですね。あ、
待って、ここガラス張りじゃん。うわ、ちょっと待って。おしゃれおしゃれおしゃれ。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。順番に見に行こうぜ。ね、見て、この、本当にね、細かいところのね、おしゃれ感の演出がすっごくうまいんですよ。ここのさ、電線とかがね、違和感全くないの。しかも左右非対称なんだよ、これ。違和感がね、マジで全くない。そしてこのね、ライトパーツですよ。こののれんみたいなやつ。建築パーツなんだけど、これがね、ほんといい仕事してる。中でね、船長がくつろいでおりますよ。みんな待っててね、中に行くまでにもうちょっと周りでね、見ていきたいところがあるんだ。もちろんね、この辺のパーツもね、全体の造作のシルエット整えるのにね、一役買ってるわけですよね。正面からのシルエット見たときに、下の方の造作のこの立体感がね、うまいんだよな、立体感。先すぼみもかっこいいけど、すぼみすぎない絶妙なバランス。ですね、この顎先の先端のこの部分の造作と、みんなこの位置から見てわかるかな？先端の2本生えてる、出っ張ってる部分とコックピットの造作。これがですね、上下反転のバランスになってるんですよ。何かっていうと、下に平らな面が1本走った上で、これがなだらかにこう、先端が先細ってるところからね、ここに太くなっていく。で、傾斜が内側に入ってる。ピットが同じなんですよ、実は。斜めに対してこう、上の方が基本的に平らで、内側にこう入っていくんですよ、斜めに。なので、ここで綺麗なくぼみができてるんですよ。これがかっこいい。これがね、非常に魅力的。あとね、これがね、肉らしいバランス感覚なんですけど、ここにあえて平面を持ってくるという、この肉らしい、これ、わかるかな？これ。これがね、肉らしいこの美しいバランス。これいいっすね。これはね、渋い。これは非常に渋い。いいですよ。非常に渋い。いや、天才か。見て、これ横にもついてんじゃん。こののれん、これの使い方ねえ、見つけちゃった。この見えないところにバイキーンの文様が、明かりとして使ってるけども、いいね、こだわり感じるね。しかも左右非対称だ。いや、これはエッチ。出た。すいません。国和はかっこいい宇宙船のことをエッチと表現する時がありますけど、下ネタではございませんので、はい。申し訳ございませんが、褒め言葉なので、すいません。そこは許容していただければ幸いでございますので、申し訳ございません。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。こんな感じです。下から見たシルエットがすごいいいですね。なんかここに明かりが隠れてないか。これは内装から光飛んでるのかな。はい。外装のおしゃれポイントはこんな感じなのではないでしょうか。かっこよくね、めっちゃ。下から見ると上の丸いところがね、ちゃんとウィングに見えるんだよね。結構分厚いパーツのはずなんだけど、なんかすごい軽やかに見える。でね、上の方のね、その丸いパーツがね、上のところで全部まとまってるから、それがすごくいいですよね。丸の印象の使い方がね、すこぶる上手っす。これすごいいいね。こんな感じでございました。ではですね、内装の方に行かせていただきましょうか。で、今回はね、国和乗り込みたいです。毎回失敗するんですけど、乗り込ませてください。違う。待ってました、内装。ちょっとドア閉めますね。よいしょ。よし。では、お邪魔いたします。国方が一発で入場できることを皆さん祈っててください。せーの。よいしょ。よし、来た。いや、なんで？やべえ、終わった。回るよ時代は回る。結構いいスピードで飛んでんな。よいしょ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 
これが俗に言う宇宙空間でしかできない紐なしパラグライダーってやつですね。もちろんあれです、パラグライダーのパラグの部分は一切搭載されておりません。やっぱあれですね、シャチ型でしたっけ？コルベットもかっこいいですね。うわー、みんな、誰か俺を一人にしないでくれ。誰かコルベット見る順番がね、逆になるっていうね。真逆になるっていうね。マジでどうしようもないんだよな、これな。どうしようもないんですよ、もう。で見てほら、武器握ってないもん。なんかフェライト陣手に入れたし。武器握ってないもんね、もはやね。後ろから順に。あ、治った。復帰した。復帰してない。見てこれ。ダメだ。ちょい重くて基地いじれない。やっぱダメか。DA さん、やっぱカウンター撤去しますか？重いみたいっす。やっぱり。戻った。よし。オッケー。たまに無限に上方向に飛んでいって、離巡しないと戻れない方があります。恐ろしい。恐ろしいな、ノーマンズスカイ。空中バグはえぐいよね。通しましょう。ちょっと軽量化してきますね。了解です。すいません、ご来場いただいている皆さん、どうですか今、読み込みの方いかがでしょうか？実はこちらの基地ですね、前回の配信か前々回の配信からですね、基地の中身の内装、ちょっと凝ってしまいまして、パーツ点数が増えちゃったんですよね。意外といけるんじゃねえかって言って、ちょっと、パーツの数増やしたんですけど、ダメだったっすね。ダメだったみたい。なので、パーツ点数を減らしましょう。じゃあすいません。いや、こんだけコルベットいたら重くなるよ。でも確かにそうか。今何隻来てます？もしかして8隻来てます？結構もうみんな来てるのか、もしかすると。さあ船長、調子乗ってめっちゃ起きましたからいや、ワイもそれめっちゃいい、もっともっとこんな感じみたいに言った記憶がある。それめっちゃええやんって言った記憶があるから、国数が同罪、むしろ私がオーナー、そのバグが起こってセーブしてなくて、コルベットのナイス半分ぐらいやり直しになったので、みんなはこまめなセーブ忘れないようにね。お兄さんとの約束だぞ恐ろしすぎるて。よしと。カウンターはね、そのまま欲しいんだけどね。何を減らせばいいんだろう。なんか容量食いそうなパーツをなんかちょこちょこ。処理が重そうなやつっていうとこれかな。このバブルなんとか、なんだっけこれ、パーツの名前。バブルバットだ。多分ね、バブルバットとかね、こういう風なやつはね、多分秒が重いと思う。この手は多分いろんなスキンの中にいろいろ入ってるはずだから、テクスチャもだし、中身動いてるから重たいと思う。やっぱりもっと厳選しなきゃダメか。いや、基地の中はそのままでいいと思う。本当に ?D さん、あれです。なんか基地の中はそのままでもいいかもですって。今、左右対称にだけしてもらえれば、あとそれで、一旦基地の中いいことにしましょう。いけそうなので。カウンター周囲の装飾をちょいちょい削りました。了解です。じゃあ一回それでいいことにしましょう。ちょっと今アドバイスもらいましたんで、これで一旦いいことに。読み込みは普通にされてますね。よかった。じゃあやっぱ人によるのかな。確かね、前の検証でも、パソコンからインしてる方は意外と影響なかったです。スイッチ版の人は確かもろに影響を受けたんですね。ちょっと重いと、やっぱダントツで読み込みが辛かったみたいです。これに関してはやっぱりハードの問題があって、やっぱり、DA さん、なお読み込みが終わっていないため、一部まだアクセスできません。やっぱ重たいんだ。DA さんスイッチでしたっけか。プレステ5でしたっけ。マコツさんは読み込みは完了しています。マコツさん大丈夫そうですね。PS5 は大丈夫なんだ。やっぱスイッチなんだな。やっぱもうポータブルゲーム機ですからね、どちらかというと。やっぱいろんな問題あるんだな。
PC です。そっか、D さん PC ですね。PC ゲームいろいろやってるよ、そういえば。スイッチ2です。そう、ヒマジンさんが一番あれなんですよね、ダメージ受けるんですよね。やっぱヒマジンさんとか他にもスイッチの方いると思うんで、そういった人たちにもやっぱ一緒に遊んでほしいんで、やっぱなんか対策というか考えたいけどな。PS5 オンリーです。オンリー強し。PS5 もやっぱ遊べるタイトル多いですからね。やっぱ強えんだな。さすがプレイステーションといったところか。スペック強いんだな。ぐぬぬ。仕方ない。やっぱここは素直にカメラ飛ばすか。じゃあすみません、皆さん調整してる間に、じゃあちょっとせっかくねダックスフンドさんのコルベット止めてもらってるんで、こちらの方の内装見させていただくところまでは一旦進めちゃいますか。一旦待って、今気づいた。ここにもさ、エンジン2機とシールド2機。これもね、いぶし銀なテクニックですね。内側にシールドこんな感じに入れてますよ。これうまい。これはうまいですね。では、すいません。じゃあ、ダックスフンドさん、カメラでお邪魔しますね。失礼します。カメラドアップでございます。ありがとうございます。いいですね。入ってすぐに、こう座席があるのがいいですね。ここで移動に備えて、現地への到着に備えて、ここで待機ができるという空間ですね。素晴らしい。ここに予備のバディも、回収したバディかな？スキャンしてますね。これ埋め込みか。あ、これうまいな。こういう風な設置の仕方できるんだ。リエさん、ザワザワ。これうまいですぞ。あえてボディが入ってる方だけ残して、入ってない方に関しては、こっちの造作、こいつに埋め込んで、もともと1機しかないような形に収めている。これテクですね。これはワンテクニック。あ、いいね。これ好きだな。あ、何これ、配線うまっ。元からある配線に対してそこに1本置いたか。これ技ありだな。いいっすね。こういう細部にこだわってる感じ好き。で、ここの絶妙なこのカウンターね。いや、いいな。この生活感。生活感がこれほんといいっすね。これ上手。お邪魔しまーす。暖炉があって。いいっすね。あ、収まってますね。あ、それベッド座れるんだ。ベッド座れるの初めて知った。これもなんか今度真似しよう。いいっすね。収まってますね。ゆったりっすね。すごくこのスペースが。生活空間すごくいい。見て。階段下にソファー。これ男のロマンでしょ。やっぱ部屋ってこうっすよね。男の子はね、やっぱ部屋は秘密基地にしたいもんなんですよ。わかる。ダックスさんわかりますよ。その気持ち。やっぱこうっすよね、部屋って。あ、これテーブルうまっ。このテーブル、この角度でつける発想なかったな。これ収まりいいっすね、こうやって見ると。これ技ありだな。で、このテーブルに対して、このテーブルよりも低い位置にこのソファーの手すりが来るから、ちゃんと収まるんですよね。すげえ、ちょっとこの細かい技ありがすごい多い。あ、これクッション後乗せだ。違和感マジでない。自然だな。あ、待って。これも自然だよ。こんなパーツあったね。これうまいな。この辺もね、テーブルの上がすごい自然。これいいっすね。このままちょっと上を見させていただいて。待って。操縦席が大変なことになってるって。どうした操縦席。すごくいいぞ。ヒマジンさん、メインデータ落ちるのでサブデータでいきます。了解です。やっぱ重たいんだね。スピーカーディスプレイとアンモナイト。アンモナイトがいい味出してる。あ、ランタン台は赤いと思ったら。やっぱ赤い光が隠れてるだけで印象ガラッと変わりますね。これもうまい。ここはね、ガラス張りなわけですよ。いいね、青く光ってるパーツが。そう、気になったのこれ。おしゃれくね？めっちゃおしゃれやん。めちゃめちゃおしゃれやん。恐縮です。褒められすぎてコーヒーがうまい。いや、もう僕もね、お茶がうまくて仕方ないですよ。ちょっとお茶飲んでいいですか？いやー、これがね、ここもいい。
君、可愛い子ちゃんがいるじゃないですか。しかもちょっと専用の場所に。こっちは椅子があって、こっち専用の場所に。待って、こっちにも可愛い子ちゃんいるやん。ねえ、おしゃれすぎ。配置が。ペットたちの配置がおしゃれすぎるって。ねえ、ヒュー、すっご。ねえ、これ本当におしゃれ。さっきの、ちょっと待って。一回ざっと見て。待って。待って、何このパーツ知らない。待って。このパーツ何？違う、これ。読み込みが終わってねえんだ。この周りになんかついてるなんかそういう船内のやつだ。真ん中だけこんな風になってんだね、これね。もしかしてこれ読み込まれてない動作まだある？見て見て、ここの部屋のもおしゃれ、これ。これもともとある造作なんだろうけど、ナチュラルにここに入ってるのがまたいい感じですね。そしてこれですよ。またこの椅子の配置とさ、こういうちょっとしたテーブルとか、これだよ。立体地図ってさ、使い方一つで結構化けるよね。立体的なんだけども、高いところとか離れたところに設置すると平面とか、やっぱり液晶とかそういう画面にも見えるから、半ホログラム的なね、絶妙な高さに見える。これいいなぁ。こんな平べったかったっけ？この立体映像って。でね、これですよ。これ。ですね。さっきから僕の姿隠れてましたね。それがいい。皆さん、スクショタイムです。画面ちょっと揺れますけどね。本当はね、僕が乗れば揺れないんですけど、アクアリウム感。そう、それが言いたかった。このアクアリウム感のね、再現がね、あれですか？ダクターフンドさん、実際に家で熱帯魚とか飼ってます？じゃないとこの造作のバランス感覚は多分出ないと思うんですよね。これ多分実際に自分で水槽作りやってる人のバランス感覚ですよ。水草とかのバランス知ってる人じゃないと多分こういう設置はできないと思う。これおしゃれだなぁ。これすっごくいい。ちょっと画面綺麗すぎ。画面が綺麗すぎてすごい。茶がうめえ。すごい洞察力。やっぱ正解だ。ベタを飼育しています。いやー、やっぱりそうでしょう。ベタ飼ってる人だと、ベタって、あれなんですよ、闘魚って言われてて、魚同士で喧嘩するっていう習性があるので、だいたい1匹飼いか、多くても2匹飼いなんですよ。空間分けてて。で、ベタって、単品ですごい綺麗な魚なんで、その1匹に対して、それを囲うような、水槽の動作を作るんですよね。当たってたね。だろうと思った。分かってる人の設置だもん、これ。だから魚にかぶせる水草の細長いやつと、あとは底面の水草とかのこのサイズ感がね、絶妙だった。これはなんか、僕も昔水槽作ってたんで、思い出したっすね。読み込み待ちです。了解です。待っております。知ってても想像できませんよ。かつて熱帯魚を買っていたぜ。いや、そう、難しいですが、センスなんですよね。だからこのセンス持ってるのはね、マジですごい。しかもそれをこのノーマンズスカイの世界観に落とし込むっていうのはね、これは腕ですね。これは腕でございます。間違いないです。これすごい。知識すごい。さすがです。めっちゃ褒められて気持ちがいい。今すいません。本当に申し訳ないですけど、褒められたくて今出しちゃいました。褒められに行きました。すいません。出しちゃった。ちょっと鼻につく解説をしてしまって申し訳ないです。T さんも飼ってたんですね。ハート素敵。知識と経験とセンスな三本柱あって初めての。いや、本当にそうだと思う。これマジですごい。あとはね、ちゃんとこの金魚をね、ちゃんと捕まえてきて、ドマンダーズに含めてるっていうね、準備の良さ。やっぱわざわざ探してきたのかな。金魚が一番映えるのはやっぱ間違いないと思う。いや、これはね、技ありどころじゃない。これはこだわりも感じてマジでハイセンス。これコルベットの中に置くってのがまたすごい。自前の普通の建物建築の中にこれ置いてもね、めちゃめちゃ映えると思う。いや、これ自分の拠点にも置いてるでしょ、ダックスさん。これ多分何回も作ってこれやってる感じがする。すごいな。センス20丸100個。はい、100点満点中1億2057点。すごい、これは。
もうね、100点満点でね、1000点でも全然足りない。うん。何点ですか？ 5 億。いや、最高です。いいっすね。これはすごい。てー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 金魚探しにリアル4日間ぐらい探し回りました。やっぱこだわりでしょう。金魚マジでいいっすね。いや、最高だな。ワイもそのうちなんか魚探しに行こうかな。アクアリウム的な造作やりたい。いやー、これ技ありでございました。はい。ミニチュアダックスフンドさんの、いや、なんだろう。外観もめっちゃいいのに、本当に申し訳ないですけど、内装のさっきのアクアリウムに多分ね、全部持ってかれてると思う。なんだろう。ワイがシンプルアクアリウム好きなのがありすぎてね、イメージが今内装に全部持ってかれました。申し訳ないです。はい、ではスクショタイムと参りましょうか。内装のスクショタイムさっき撮ったので、みんなスクショ撮れたかな？撮りたい人いたら声かけてもらえればもう一回カメラ飛ばしたいです。これに関しても。しかもものすごく綺麗な魚。ほんとそう。D さんパチ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 。では恒例のスクショタイムの方をやらせていただきたいと思います。今日1台目なのでね、初見さんにも分かりやすいようにスクショタイムの方を撮らせていただきたいと思います。スクショタイムがですね、だいたい1アングルか2アングルずつぐらいで、1分、2分、3分ぐらいで撮らせていただいております。なんか一番映えそうなポジションで、こう、ライトとかを当てた状態で、ここいいって言ったところで、まず一発目撮らせてもらって、で、2発目でこのアンダーアングルか離れたアングルで撮らせていただいてます。どうしようかな。じゃあ、一回この辺かな。一回こっちのアングルで行こうかな。反射光とかおしゃれ感で行くならこの辺。もしくは、待って、横の方にね、ステッカーとかもあるからね、これはね、もったいない。全体で映したいか。こういう感じの明かりでもいい。どの辺がいいだろうね。明かり一つでね、やっぱ見え方変わるんですよね。やっぱ黒渋いね。かっこいいね。かっこいいな、この辺かな。煙が映えるのは。煙が映えるのはこの辺だと思うんですが、皆さんどうでしょう？アングルとか、お好みの配置来てますでしょうか？いっちゃんかっこいい配置でやっぱ撮りたいですよね、コルベットはね。やっぱ難しいな。床が黒いから、どの角度でも美味しい。美味しい。美味しいんすよ。現場に遊びに来てくれてる皆さんね、皆さん自前でカメラバンバン飛ばしていただいて大丈夫なのでね。サブデータ、いける。よし、来るんだ、暇人さん。さあ、おいで。下からのアングルめちゃめちゃかっこいいな。よし、じゃあ、来ました。時間設けていただきありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと待って。さあ、皆さん、いかがでしょう？こんな感じで。じゃあ皆さん、こちらの方で、スクショタイム、こちらで撮らせてください。さあ皆さん、スクショタイムです。皆さん、写真バンバン撮っちゃってください。国風こだわりのアングルでございます。素敵なコルベット、ありがとうございます。本当にマジでそう。マジで本当にそう。マジで活かしてるなぁ。語彙力下がっちゃう。もうマジしか出てこない。いや、どっから見ても、至近距離で見てもかっこいいっていうのがね、やっぱ、こだわりを感じるっすよね。細部に魂は宿りますからね。私もこうありたいものです。本当に。すげえな。やっぱセンスってこういうことなんだな。細かいところのね、やっぱり。落ちる時もありますが、メインデータの比じゃない。まあ。やっぱりデータがかさむとね、どうしてもね、重くなっちゃうから、これは仕方ないんだな。ノーマンズスカイやっぱな、データ量多いんだろうな。やっぱいいっすね。やっぱ、コルベットはね、センスがこうやって光りまくってるとね、もう、ジュルリですよね。もうね、テンション上がってるとか、もうなんかね、口の中が幸せ。なんか、うまい飯食ってるみたいな幸せな気持ちになる。そう。なぜかコルベット見ることで三大欲求のうちの食欲が満たされるという不思議な現象が起きる。なんでだろうね。魚だからかな。
意味合い変わってくるか。観賞魚のはずなんだけど、ちょっと意味合い変わってくるか。うん、ちょっと違う感じがする。はい。皆様そろそろスクショは撮れたでしょうか？本当はもう1アングル行きたいところなんですけどね、ちょっと上から見るとね、なんか、うまい感じに撮れない感じがするので、一旦こんなもんにしますか。一応上からのアングルの、この辺かな？この辺かな？一旦、このアングルでいっときますか。この本当は逆から来たらこの逆行きたいんだよな。このアングルのこう。かっけー。この辺であともう30秒ぐらいでね。はい、スクショの方お願いいたします。やっぱあれですね、その赤い明かりが先頭の方に散りばめられてるのがまたやっぱ色合いが出てめちゃめちゃいいですね。なんだろう、直接光ってるんじゃなくて、いわゆるこういう影からその明かりが漏れ出してて、いわゆるその光源が淡い光でその一面をほんわか染めてる感じが、やっぱこの感じがね、好きなんすよね。何がどうこういいとかよりも完全に好みの問題で好きなんすよね。国数の好み的な問題で。やっぱりあれですよね。こういう光がほんわか広がる光源ってもっと種類欲しいですよね。ランタンの赤がちょうどいいんですよ。この光源って。逆にいろんなカラーがある。青とか緑とか黄色とか本当はいろいろあるじゃないですか。ランプの光源って結構強くて。で、かつ、パーツって埋まらないから、今日やってたんですけど、使い方難しいんですよね。はい。では皆さんそろそろよろしいでしょうか。スクショタイム一旦終了させていただきます。ありがとうございました。ミニチュアダックスフンドさんのコルベットでございました。ありがとうございます。いやー、めっちゃいいもんも見せてもらいました。本当に。強いですわ。はい、ありがとうございました。そのまま前進していただいて、素晴らしい。コルベットはね、やっぱ飛んでる瞬間もかっこいいんですな。みんなコルベット機動性高いよね。やっぱりちゃんと中身いじるべきか。では、次の方どうぞ。大変お待たせいたしました。あかんのよね、国数もう、長くて。舐め回すように見るってね、多分半ばこういう意味。うん。半ばこういう意味だともうでかいの来たね。いいね、ハンマーヘッドだね。おらおら、もうちょい前。といいストップ。いいんじゃないか。 OK。いいとこです。もうちょい前でもいいか。いいねいいね。そこそこ。OK です。じゃあカメラ飛ばしたいと思います。さあ、こちらは、どなたの船ですかね。これ、龍樹さんかな。なんか見えるもんがあればいいんだけどね。なんかアイコンとかで。龍樹さんだね。OK。では、拝見させていただきます。すっごいいね。パワーを感じるね。ありがとうございます。なんかこだわりの造作あるぞ。さあ、前面から行きましょうか。こちらは警察官シリーズの5番艦、シールドシップガーディアンです。シールドシップか。なるほどね。では、選手の方から見ていきましょう。いいですね。平らなボディに対して先端に重さを、重量を置いてる感じですね。さあ、ぐるっと見て回っていきましょう。ちょっとライトは上の方に一回飛ばしますね。OK。何個かな。いいですね。もうちょいこっちかな。いい。すごくいい感じ。ではぐるっと見て回ります。シールドの真ん中のとこに方針が見えてますね。これもいい感じ。いいね。なんか先端にさ、先端のど真ん中に特等席があるぞ。
これ後で誰か座るべきだわ。超特等席や。じゃあ、ぐるっと見て回りましょう。いいね。ごついね。パワータイプだね。なんか真ん中のところになんか特殊な造作があるね。キラキラしてる。じゃあ、ぐるっと回っていきますよ。特等席です。戦闘間近で見れますよ。熱い観覧席。いいね。結構あれですね。上のところとかかなりシンプルな造形ですね。そう。エンジンはエネルギッシュの6気筒。パウワーがありそうだ。この造作はかなり変わった造作がついてるですね。これは上に乗るための造作かな。なるほどね。これなんか特殊だ。なんかいろいろ試してたんかな。これまだ建築途中か、もしかして。なんかおるぞ、ここに。なんかおるぞ、この辺いっぱい。なんだ。これ多分内側になんかおるのか。これもちょっと後でぐるっと回ってみようかな。内側見たらなんかありそうな気がする。お、で、この中に、いろいろ隠し持ってますね。なるほどね。必要な部品に関してはだいたいこの辺に隠し持ってる感じですね。実用性を確保。ここで実用性担保してる感じ。これは上に乗るため緊急で無理やり置いたやつですね。なるほどね。じゃあその辺はまたあれかな。造作がそのうち変わってくる感じだね。いいね。コックピットがそっちにあるから、この辺からシンプルに中に入れますよと。OK、了解。エンジンのちょっと加減ってことだね。なるほど。ふむ。いいね。ステッカー05。5番缶だからね。いい感じでございます。あとは、これ正面から見るとどんな感じだ？これは逆さ付けだね。いいね。良きだね。その気になったらこれあれでしょ？同じとこに2つ収めることも確かできるよね。その気になれば4つまでいけんのか。熱いですね。いいね。伸びしろもありますね。いいね。細かいとこに造作とか、詰め込みとかの伸びしろもありつつ、いいですな。だって、じゃあ、中の方に、じゃあ下から入ろうかな。下から中の方にお邪魔させていただきましょうか。せっかくなんでね。コックピットはこちらでございます。で、じゃあ、お邪魔しまーす。まずシンプルな出入り口。なんか埋まってね。なんか随分特殊な造作になってるな。これ登れないのか？どうなんだろう。なるほどね。いろいろ飛び出してると思ったら、こんな感じか。そういうことね。そっか、正面埋まってるからか。これで周囲の状況確認しますよと。いいですね。いいね。この下に置いてるね、このライトみたいなね、この造作パーツね。これ使いどころ難しいけど、いいね。ここにワンダーズで星置いて、これはおしゃれだな。このセットはありだね。これ今度真似しよう。これはあり。さすがや。さっきも言ったけど、このね、立体マップね。これがね、いいんすよ。これ上手に設置するとこんな感じで味が出るっすからね。これはうまい。シールドで前見えないので、それ見てるという設定です。いいっすね。やっぱね、そういうの大事。そういうの大事なんですよ。前見えないんだったら、じゃあどうやって操縦してるのっていうね、そこのエビデンスというか、いわゆる説得力ですね。素晴らしい説得力や。そこのチラチラしてるのもしかしたらあれか、パーツ2つ重なってんのか、同じの。たまにあるよね、やっぱね。いろいろここも画面が貼ってあっていい感じですね。いい感じ。そしてまたね、エンジンルームの説得力。これ好きよね。さすが。これはもうお定番ですね。龍騎さんの宇宙船の定番で、これは必ず搭載されてると。はい、定番のエンジンルームでございます。いいね。ちゃんと線も繋がってるからね。で、各それぞれの部屋に、キッチンスペースがあったりだとか、寝室もありつつ、いいね。反対側。指令室、いいね。大体ここで立ってみるんだろうね。この感じだとね。いいね。ここで説得力がまた1個。ここで担保されると。このディスプレイの配置でね。ここで人が立ちますと。で、時折こっちの画面見ますと。これもちゃんと埋め込まれてる。設置されてるんだ。いいね。何もないわけがないからね。いいっすね。
やっぱね、設置物に説得力持たせるって僕本当に大事だと思ってるので、そういう意味ではさすがですね。これはさすがでございます。そしてこのまま上を見に行きますか。上に行くとそのまま背中のとこっすね。いいっすね。また今あれですね。今の建造中の状態だとまだまだ伸びしろがある感じですね。本当あれなんですよね。建築パーツの自由に設置できるグリッチで、ここに普通の建物建築で使う階段みたいなやつを設置できたら、それが一番ね、簡単だったりするんですよね。あとはボディに使うパーツとかで、ここ斜めに、傾斜にパーツが付けれたら、本当はそれが最高なんだけど、これパーツ数見るともしかして現状で100近いのかな？まだでも、そんなには使ってないか。うん。部屋は左右非対称ですので、反対側は別の部屋になってます。いいですね。やっぱさすが。さっき右と左見た時にね、違った感じになったので、やっぱそれ大事ですよね。やっぱり、実際にその人間が使う部屋ですってなったら、建物が左右対称でも中身が左右対称とは限らないですからね。だいたい別の場合の方が多いんで、ホテルとかだったらね、どの部屋も、均一だったりとか、左右対称の状態だったりするんで、パーツ99です。ギリギリ。そういうことか。じゃあ、こっから外装漏れないのか。うわー、これ悔しいっすね。パーツの上限なければね、こっからこってこてに外装を乗っけたりとかして、もっと好きな感じにできると思うんですけど、これはなかなか辛いですね。ね、グリッチすごく難しいの、本当にとても覚えたいですよね。それが、グリッチあるとね、話変わるっすからね。国外し落ちますね。異様に重くなってきたので、了解です。本当にもったいないけど仕方ないですね。暇にさんお疲れ様でございました。あと画面の方で楽しんでもらえればと思いますんでね、よろしくお願いします。ね。みんなね、肝入りのね、ガチガチのイケイケコルベットで来てるからね、やっぱこのワールド今だいぶ重い状態かもしれないです。僕のコルベットもね、細かいパーツ増やして重くなってるだろうから、そのせいもあるでしょうね。いや、りゅうきさんありがとうございます。じゃあ、ここもスクショタイムということで、どうしようかな。さっきこっちだったから今度反対側から行こうかな。反対側から行こうかしら。ハンマーヘッド強調したいんだよな、できれば。せっかくだからね。このヘッドの強調難しいな。どうすれば。下か。ここの強調しようと思ったら。でもそうするとね、ここのね、くびれてる細いボディのところのね、強調が難しくてね、これ、難しいな。どう取るとこの立体感のいいところが、映せるだろうか。でこの辺かな。この辺だな。かなり映える位置は。ここでこの影作っちゃうのもかっこいいんだけど、そうするとボディの色が何もわからんので、いや、これはちょっと光の向き難しいな。ここかな。ここだね。多分このハンマーヘッドは。素直に真ん中かな。素直に真ん中で行かせていただきます。じゃあ、りゅうきさんの5番館の方ね。はい。ちょっとスクショタイムさせていただきますのでね。お気に入りは貨物部屋です。貨物得意ですからね。荷物の感じとかね。これもどんどん進化していくんでしょうね。こっからさらに。皆さんスクショタイムでございます。ご自由に撮影しちゃってください。ハンマーヘッド型。これが大好きだな。いいね。やっぱね、造作で重量偏ってるのもね、バランス難しいけどね、決まった時にめちゃめちゃかっこいいんでね、これは、やっぱりチャレンジはマジおすすめでございます。パーツコース99使っちゃってるのマジでもったいないな。本当はだってあれでしょ？もっとパーツつけれたらもっと角になんかもっと別のパーツつけてみたりとか、鋭利にしたり、凹凸つけたり、本当はしたいでしょ。なんかそういうところがね、ちょっと節々に垣間見えるからね。やっぱね、パーツ上下の壁はでかいよね。やっぱ難しいよね。その中でもパーツ本来のそれぞれの造作の違いみたいなのを上手に出してるから、これはやっぱね、技ありっすよね。ハンマーヘッドの先端のところも、接続パーツみたいなやつで、部屋じゃないので、先端だけ作ったりとかして、ちゃんと差別化を図ったりとか、側面の方の柄もね、やっぱ斜めパーツだとそこはパーツ色とか、デザインが違うんで、やっぱそこがまたワンアクセントになってるんですよね。
あとそうですね、その本体の方のやっぱ平べったい感じって、いやー、そう、本当にパーツ上下せめて500ぐらいは欲しい。まあ確かにね。ただね、やっぱあれなんだよね。パーツ100でも多いんだろうね。特に今回みんなで集まってるからだけど、今回暇人さんがやっぱ重量重くて、一緒にこの場にいられなかったみたいな事態がやっぱ起きるんだろうから、全体のそのゲーム機のスペックいろいろ鳴らしてみたときに、やっぱ100が上限なんだろうね。この感じだと。重たいんだろうな。みんなで、わっと集まりましょうってなったときに、この辺がそうなんだろうな。このゲームって軽量化するのかな、将来的に。なんか大体あれですよね。ゲームって重くなった時に、まあスペック、要求スペック上げるのもあったりするんですけど、多少なんかアップデートで軽量化を図って、まあ気休めでもないけど、ちょっとずつ容量少なくしてみたりとかね。企業努力でやってみる会社も多いとは思うんだけど、ノーマンズスカイってどうなんだろうな。現状でもやっぱり削れるとこはすでに削ってるような印象はやっぱあるんでね。そう、最適化とかもろもろですね。そう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 。やっぱ、規模のでかいゲームであればあるほど最適化ってすごい一番の課題だと思うんですよ。特にこのゲームって、いわゆるその、グループで最大4人までだけど、アドレス知ってればそれ以上にどんどん人が入ってこれるじゃないですか。なんか、他の方の配信とかで、なんか、いろいろ話聞いたりとか見てたりすると、やっぱり、多くて8人ぐらいが、ギリギリいろいろ条件加味して8人でなんとかいける感じ。ただちょっと重いともう8人でもかなり、厳しいようなイメージだったんで、多分僕のこの拠点とかもやっぱり、前は拠点自体軽量化してたんで、そこも加味して8人ぐらいは入れてたっすよね、割と。落ちることなく。やっぱり突き詰めるんならほんとシンプルイズベストにした方がいいんだろうな。いや、どうしようね、本当に。難しいとこだな。どうしてもどうしても。そもそもが10年前の技術で組まれてますから、あ、誰かコルベットから落ちた。なんか今人が落ちたような印象はあった。あ、もうあれだね。だいぶちょっと時間取っちゃった、スクショタイム。もう1枚ぐらい取っとく？逆に後ろからの造形欲しい、これだと。後ろからだあれか。不本意な足場が映ってしまうのかい？で、特等席から戻ろうとしてたらコルベットから落ちました。悲しすぎるやろ。あれやな、正面からだと、かなり造作がシンプルだから、写真映えする角度が欲しい。あ、横じゃねえか、これ。これもしかして横じゃねえ？あんまり撮ったことなかったけど、横だよ、映えるの。どう？ここじゃない？もしかして一番写真映えするのみんなどう思う？決まりですね。龍騎さんの今回の5番館の一番映える写真スポット。これです。一番映える位置。これです。皆さんスクショタイムナンバー2でございます。ご自由に写真撮っちゃってください。スクリーンショットでね、バシッと高画質に行っちゃってください。なかなかじゃないですか。こう見ると矢のような。ね。この形いいよね。矢みたいな感じでジョギンってなってる感じ。これね、悪くないよ。すごくいい。いい感じ、いい感じ。あれだね、パーツの節約をうまくやって、細かい造作とかをね、どう工夫するかでもさらに、もう1ランク、2ランク化けそうなポテンシャルを秘めてる宇宙船だなって思う。これはね、強いよ。実際ね、ハンマーヘッドの手前のボディの造作ね、かなり好き。上から見た時に、先細りしてるんだよね、2箇所が。この造作がね、うまいなって思う。あとね、やっぱ平面を広く取るとね、そこから建築パーツってほら、コルベットパーツは100個99ぐらいがやっぱり上限だけど、一般の内装の建築パーツとかはまだそういう上限とか確かあんまりないんだっけか。だからそういうので立体感も全然漏れるし、選択肢とかすごいいっぱいあるんだよね。そう、だからね、何でもできる。何してもいい状態。だから今使ってる白い板台なんかあれ無限につけれるだろうから、あれを大きくして、角のところに傾斜をつけてね、全体のシルエットをもうちょっと分厚くしたりとかっていう技も使えると思うんで、パーツ交通減らしながらもそういうテクニックで全然造作がしやすい状態なんで今、何でもできると思うんです。これまた次回あれかな、進化した状態でまた出てくるのかな。はい。一応コルベットパーツ100、基地パーツ100、あ、基地パーツも100なんだ。じゃあ合計200だね。合計200パーツで重量マックスで作れる。なるほどね。じゃあこれはまた
5番艦が再登場の予感を残しつつということで、はい、りゅうきさんありがとうございました。これもなかなかいいもん見してもらいましたね。さあ次参りましょう。皆さんすごい後が疲れてるのでね、ありがたいことに本当にどうしましょう。国数もうちょっとペースアップした方がいい？もしかして見ようと思うとね一生見られるからね。ありがとうございました。様子そうすごいね。レベル上げて物理見てレベル上げて物理で殴る造形してる。パワータイプや。叩き潰すという強い意志を感じる。楽しみ。この板材最大化して貼り付けまくって、めっちゃクオリティ高い海外勢のスターデスロイヤーなら見たことあります。あ、なんか X で見たことあるぞそれ。 X でいたそれ。あれもセンスよな。来たぞ。あれからまた進化したようですな。いらっしゃいませ。どうぞ。マコッツさんですね。どうぞいらっしゃいませ。ゆっくり入ってくださいね。もうちょっと上げてもらった方がいいですね。もうちょっと上に。もうちょっとだけ上に。もうちょっと上に。いいよ。もうちょっとか。どうだ。そう。せっかくだからね、顎が下に伸びててね、いっぱい見てほしいから、下のところも見てほしいから。そんなもんかな。いい感じ。オーライ。あとはまっすぐ。うおー、もうちょい前。オーライ。ストップ。駐車がうまい。完璧でございます。ありがとうございます。ではここから誠さんのコルベットでございます。皆さんごゆるりとお楽しみください。ちょっとお茶飲んでいいですか。先にお茶一なめしてから。茶がうめえんじゃ。茶がうめえ。ではまずは明かりを飛ばして、そしてカメラが飛びます。進化してるぞ。待って、国和さっき間違ってテーブル使ったのに間違ってないテーブルの使い方をしている。宇宙船もっと前でもよかったか。今からでももうちょい前に行きます？でも別にいいか。ここでも全然取れるな。オッケー。このまま行きたいと思います。まずはぐるっと外観から行きましょう。見てください。この凝った造作。やっぱりパーツ増えてるな。すごいぞ。造作の細かさ。待って、上のところすごくなってる。まずぐるっと見よう。ちょっと待って、今何時だ？今3時半でしょ？これ時間足りる？みんな。多分もう日昇るで、これ。このペースでいくと。これ語りたいとこ多すぎでしょ。ね、ちょっと情報量多すぎ、これ。見たいとこいっぱいあるじゃん。絶対いい。こいつパーツの向きを変えてつけてやがる。あれこれ前から逆向きだったっけこのパーツ。みんな向き順次してるかと思ったら、ちょっと逆向きに味出してるパーツがあるぞ。これ前からか。全が気づかなかっただけか。そしてね、中央のね、エネルギーのありそうなパーツがね、またなんかいい感じになってるわけですよ。そしてエンジンのところにまた、これ前あったっけか。なんか増えとるぞ。エンジン周りの造作がまた分厚くなっている。分厚い。こっちにも任さってる。すごい。でね、多分ね、後ろはね、はい、男の子。はい、男の子。はい。配信に見てくれてる男の子のみんな。これが好きなんだろ？みんな、男子こういうのがいいんでしょ？パート1。おいおい、どうすんだよ、こんなことして。ぶっちゃけ、なんかもうこれで取れるくない？
もはやこれで1枚取れる。いやー、いろいろ変えてるのはわかるけど、すごい、何をどうやってこの全体の存在感がさらに増してるのか、存在感増してんのがマジでやばい。すごいぞ。これマジですごいぞ。ちょっとこれ照明邪魔か。一旦こうだな。やべえ、もうここがもう、背中が顔だ。熱い。すっごい、それそんな風に設置するんだ。上のテーブルとかね、いろんな持つ。あと、さっきのエンジンとかね、逆向き設置とか。いいなぁ。はーい、この並び大好き。いけません。良すぎます。悶絶。悶絶でございます。あと前回ね、突っ込み忘れたけど、このね、エーロンパーツのね、ここの中だけ赤くしてるのがね、またこれが味なんですよね。これ前埋め込んでた？ちょっとこれ、技光らせてんな。しかもちゃんとその文字通り光らせてるし。これ強いね。光の使い方えぐいね、これ。そう、こいつだよ。これなんだっけ？金属加工機だか切削機だかっていうパーツだと思ったんだけど、エンジンばっかさるとこんな感じなんだ。こんなの完全に下級機ターボやん。なんか見えたぞ。おい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 。サイクロンなんとか使い方うまいんだよな。ここまた、内装変わってる、ここ。前、石だったよね。また凝った状態になってるな。しかもこのね、そう、これがね、憎いんですよ。ここに降り立って人が入る入らない関係なしに、この見えるところ、覗き込むとなんかあるよね。これです。見せる見せないじゃなくて、覗き込むとそこになんか見えるよね。これです。外装もうちょっと見ていきますか。これがいいんだ。待って、足場板。これ足場板じゃなくて、もともとこの切削機のパーツか。足場板に見えたな。これうまいな。サイクロン旋盤ですね。やっぱ旋盤なんだね。あとね、ここ。一番でかいとこ。このエンジンみたいなところのね、クオリティがなんか上がってる。元からこんなんだけど、なんか変わった気がする。ちょっと空気入れ替えますね。空気の入れ替え素晴らしい。3時半。ねえ。えらいこっちゃ。フルエゴエ。あと皆さん、非常に申し訳ございません。国風が今だんだんちょっと、ね、眠気に襲われてきたので、さすがに体力的な問題で、ちょっとここから駆け足でいきます。皆さんのコルベット見たいので、目標を4時半とします。5時前には寝ないと多分ね、眠気で持ってかれるのでね、こっから約1時間で、駆け足でいきたいと思います。DA さん、返事ありがとうございます。駆け足で見させていただきます。前回もね、すごいと言ったこちらでございますよ。赤ランプの位置もしかして調整したのかな？前よりも綺麗に整列させたのかな？元からこんな感じだっけ？綺麗に収まっております。あとね、前回も突っ込んだんだけどね、この歯車の使い方がね、めちゃめちゃうまい。あれ？これ元から青リンクここあった？結構マイナーチェンジ、このアンテナパーツここにあったっけか？マイナーチェンジが結構多いのかな？こうやって見ると。いいねー。前回の造作とか見たい方はね、前か前々の配信ぐらいで一回見せてもらってるんで、そちらの方もアーカイブぜひご覧ください。こちらの方で、この調整前の、1個前の状態が見れると思いますのでね、よろしくお願いいたします。いいですね。上の機関部が一番変わりました。いいですね。この辺とかね。造作のね、変更マジでエグい。さあ、問題のこの辺です。お客さん、やってますね。見てこれ。まさかこんなことになるとは思わんでしょう。真ん中の部分あんまり変えてます。あんまり変わってないのか。すげえ変わったように見える。不思議だ。この造作見てくれよみんな。もうどうしちまったんだい、コルベット。まず国数と違ってこのテーブルの安定した使い方。これがね、まず最高ですね。この光のこの光源としての有用性。そしてこの地球儀がね、またうまいこと。そしてまた、ライトみたいなのも貫通していい感じに設置してあります。これいいね。
キャニスターか、ガス管かキャニスターみたいなやつが最大サイズで配置されてて、その上にはテーブル入ってる。説得力ですね、これは。説得力を持たせるための造作。美しい。なーにこれ。語彙力証明す。まあそうよね。そうなるよね。あとね、ここの造作のね、入れ方うまいんだよなマジで。ほら、切削機の使い方がうまい。そしてね、この青いリング状のパーツ。エネルギーを中央に照射している。その感じ。まさにそう。あ、そう、この明かりもね。この丸のパーツをね、あえて前にずらして、金属パーツを前に添えて、青いパーツが中でこうぐるっと光るような造作。で、これ反対側もでしょこれ。反対側にも、この赤とシルバーのこの字型のパーツから、ぐるっと青い光が中に走ってる。この造作マジで技あり。ねえ、中の配管見て。このセクシーな配管。こんなことしちゃってさ、大変だぜ、マジで。みんなどうする？こんなエッチな配管つけられたら。見るでしょ。このバランス感覚。これはね、目いっちゃうって。完全に目いっちゃう。これはね、ついつい見ちゃってもね、悪くない、これは。こういう見せ方をする方が悪い。こんなん見るもんだって。待て。君は何者だい？待って、なんかとんでもねえことしてないか、君。このパーツ何？ちょっとわかる人。教えて、このパーツ何？なんかとんでもないパーツつけてないか？なーにこれ？これ見たことないパーツだぞ。わかる方コメントください。これすごい。いや、これずるいな。めちゃめちゃいいぞ。こちらでございますよ。眠いのでこの辺で了解です。りゅうきさんお疲れ様でした。ありがとうございました。すいません。ちょっと僕の方がだいぶ解説に熱が入っちゃいましたね。次回もまたぜひ遊びに来てください。りゅうきさんお疲れ様でした。りゅうきさん今日もいい夢見ろよ。ゆっくり休んでください。ありがとうございました。いいもん見してもらったぜ。ダックスさん、ママ、これ何？やっぱ誰が見てもわからん。すげえレアパーツ使ってるんじゃねえか。じゃあ、この酔いも冷めな、もうろれつが回らない。はい。この熱流化されたまま内装見ていきましょう。ここは前回と同じ。いいですね。内装がいい感じです。この辺は安定ですね。この辺も安定でございます。ちょっと雑な紹介になっちゃいますけど、内装とかはね、前回の配信で結構細かく見てますので、これも熱いんだよ。これ熱いんで、こっから入るじゃん。エレベーターあるじゃん。ここにでっかいのが一人いるんですよ。これ、技ありです。めちゃくちゃ。事件です。これは。大変な事件です。あと、ここもね、おしゃれなんだよね。なんかまた見たことないパーツあるって。これ何？このリング何？こんなパーツあったっけ？見たことないパーツだな。下にも何も生えてないし。共同探検のパーセントが確か 92% だったので、明日から明後日にはクリアできるようになってると思います。了解。楽しみ。明日も休みだからね、体力あればやりたいですね。やっていきたいところ、作者にもわかりません。なぜ？でもある。こいつか？この子か。この子のスタンドか、これ。なるほどね。了解。宇宙は美しいですね。宇宙はマジで美しい。あとこのランプもいい仕事してるよ、これ。作者にも上の子が浮かぶやつです。もう解説があった。ありがとうございます。これね。すげえグッドだ。やべえ、眠い。よーし。内装このぐらいにしておきますか。上があるんだ、上。上を見ると、でかい本体がおりまして、さらに上に行きますよ。さらに上に行きますと、
暖炉があって、くつろぎスペースがありますよ。暖かいですね、空気が。それはすごくいい。のところもう一段上に行くと、後ろでございます。そして前でございます。こっちもあるんだけど。大変お待たせしました。やっとカメラがここまで来ました。あとね、この電球の使い方がね、上手なんですよ。ここにまた黄色があったりとかね。こいつだ、ガションガションしてんの。これあれか、切削機の反対側って回転してるんじゃないだ。これパーツ上下してんだ。勉強なるなぁ。今度これも使ってみよう。これ面白いわ。サイクロンさんだったのか。あたたかい。ホットって大事。サイクロンさんでした。やっとね、何者か判明しましたよ。ああ。やばい、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 やばい。で、ここに観覧室。そう、3人席になってる。これ前から3人席だったっけか。よくないな。印象に残るいい形だ。最後に運転席でございます。運転席の視界めちゃめちゃいいね。サイドから見える地球儀と。すごくいい。サイクロンさん。サイクロンマジで優秀だな。で、ここにも暖炉がありますよ。みんなでここで談話ができます。談話室。いいね。いろんな造作がバランスよく設置されてる。これ最高だ。やばい。急に眠気きた。グラグラする。危ないかもしんない。みんなごめん。限界だ。あと15分で終わりにしたいと思います。こんな感じでございました。ありがとうございました。もう、ナイスはこれ全部走ったかな。いやー、待って、後ろのコルベットも見たいけど、やばい。もう結構来てる。結構来てるよ。無理せずに。いや、無理したい。めっちゃ見たい。だって見たあのシルエット。絶対いいじゃん。絶対グッドじゃん、あんなの。じゃあすいません。この状態でスクショタイムに行かせていただきたいと思います。サイドですね。まずはこのポイント。あ、もう行っちゃう？出発しちゃう？あ、じゃあそこで止まってもらえればそのままスクショタイムに移動させていただきたいと思います。だいたいこの位置、ギリだ。ギリなので、横。まずは横から行かせていただきます。まずはこうかな。まずは一発目スクショタイムでございます。私的には正面斜めが多分熱いと思ったんだけど、今回は仕方ないからね。一旦これで撮らせていただきます。スクショタイムでございます。20秒ぐらいで許してほしい。やばい。いや、今の勤務形態辛いんだよな。体に合ってないんだよな。あ、来たぜ来たぜ。日付変わって今日なんですけど、またね、Amazon で注文した荷物が届くので、その時間には起きてきたいよね。ろれつ回ってなくね？危ないね。まずこれで1枚目と、前回ね、正面だったから、せっかくだからこのケツの方から撮る？後ろ姿って実は今まであんまり撮ってないんだよね。めっちゃよくね？パンダさん、じゃあ今回パスしますね。ほんと申し訳ない。また次回よろしくお願いします。あ、待って。後ろめっちゃかっこいい。みんな見て。皆さん、このシーンでスクショどうぞ。ガンガン撮っちゃってください。もうこれこのまま壁紙できるやん、こんな。めちゃめちゃかっこいいね。いや、イカすねごっつごつやで。いいね。やっぱね、ケツがでかいの男の子みんな好きよね。うん。メカ的な意味でね。宇宙船とか車とかそういう意味でね。そう。背後の方にそのゴツゴツのパーツとかね、重たい印象、力を感じる印象が一個にギュッとまとまってるとね、男の子だから好きなんですよ。そう。後ろにパワー全部持ってきて、顔面に攻撃力全振りとかさ、
男の子の好きなもの全部詰め込んでるじゃん。欲張りセット。欲張りセットのコルベットだよ、この子は。はい。というわけでありがとうございました。これにてスクショの方は一旦終了したいと思います。ありがとうございました。めっちゃ今見せてもらいました。どこいしょい。あざした。かっこいいよ、見てあれ。でかー。みんなそして運転うまいんだよね。めっちゃハイスピード。じゃあ次、ラストです。お願いいたします。お、トラベラー116さん、これはハクハクさんですかね。速い、スピードがすごい。ハクハクさん、どうぞ、いらっしゃいませ。そのまま入っちゃってください。オライオライ、オライオライ。ウェルカム。どうぞどうぞ。はい、ストップストップ。いい感じ。オッケー。完璧でございます。運転上手。オッケー。そのまま停泊してもらって。よーし。じゃあ見させていただきます。こんな感じでございます。いいですね。お、ちょうど流れ星も降ってきて、実にいいタイミング。美しいね、非常に。じゃあまずは全体の外観から。うわ、ちょっとこれシルエットめちゃめちゃ上手じゃない？シルエットめちゃくちゃ良いね。ギリさん本当にごちそうさまでした。早いおー、サメだー。皆さん見てください。サメちゃんです。すごい、でも本当にサメだね、シルエットが。すげえ、マジでサメだ。サメって言われたらもうサメだよ、完全に。この子すごいね。これすごい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 。これかっこいいぞ。すごいかっこいい。ちゃんとサメだ。生き物としてめちゃめちゃバランスいい。ハクハクさんの作ったコルベット、サメ型。多分サメだよね。サメ型でございます。ヒレの造形うまい。あとはあれだね、横っ腹。尾に刺しての、胴体から尾に向けての道中が、ラインがすごくいい。お、いいねー。このブースターの配置もね、王道ですごくいい。あとね、綺麗。すごく綺麗だ。あ、落下モーション入りましたら、近くの基地入り口へどうぞ。ハクハクさん、どうぞどうぞ。落下して変なことになったら、ステージ上にある、建物の中に入る下り階段を降りて中に入って一番奥まで行くと、いい感じに、バグが治るので、はい、うまく活用してやってください。いいね、ヒレのぞとかすごいいい感じ。結構シンプルにボディストレートだけど、やっぱあれだね、胴体の肉付けがすごい上手ですね。肉付けの感じのバランスが本当にいいんだな。外観はまず一旦こんな感じ。気になってるところがね、ちょっとまだ活かしたぐるっと回るね。いいぞ。すごくいい感じ。うんうん。ちょっと酸素は足りない。ちょっと深呼吸。今気づいた。国和 VTuber なのに V の姿全然見してない。おもろいなぁ。まことさん、良い。ね、めっちゃいいよね。すごくいい。ダックスフンドさん、good。good。深く深く褒める。very cool。very cool。いいですね。非常にかっこいい。どっから見てもかっこいい。ちゃんと下の方にシールドもね。あと魚雷だよ、魚雷。やっぱね、お魚型となったらやっぱ魚雷は必要ですよね。あとは近くで見た造形。あとね、ここにね、このパーツが1個ポンってついてるのがね、憎くて、これ腹のとこ細くなってるんだけど、そこにその子が1個いることによって、上とかから見た時のね、全体のシルエットがね、急にまとまるんですよ。急に肉付きに説得力がつくんですよ。
これはね、技ありです。技あり一本でございます。いいね。最高だね。あ、ここもエンジンだ。あ、上手。うまく溶け込んでるな。あ、これ側面シールド。あ、この使い方うまいな。造作の取り方がめっちゃ上手。ね、いいですね。ね、最高よね、これ。じゃあ今度は内装の方を見させていただきましょうか。そうきたかね。この本当にそうきたかって感じのバランス感覚がね、非常に光ってる。あ、搭乗口はどこかな。落ちちゃった。皆様、誠に申し訳ありませんが、ゲームが重くて、落ちてしまいました。申し訳ございません。限界を迎えたようです。全員落ちちゃったね。全員落ちました。これは、すいません。もうどうしようもないです。残念。いやー、ほんとそう。内装に装飾はありません。八角さん、了解です。D さん、内装は内装ですので、タイミング的には良かったのかも。一瞬ダジャレが挟まりつつも。OK でございます。じゃあ、もうこのままエンディングに行きましょうか。いや、今日も皆さん本当にありがとうございました。ちょっと、絵面をきれいにしてこれで終わりたいと思います。こんな感じでね。国和の姿をもう一回戻しまして。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。長い間お付き合いいただきまして、今日もね、なんだかんだ21時半 ?40 分ぐらいから始めて、だいたい5時間、6時間ぐらい遊んだのかな。たっぷり時間の間にまた初見さんも来ていただいて、一緒になんかとコルベットを見せていただいたりできましたのでね、今日は重くなっちゃって途中で落ちちゃいましたけど、拠点の軽量化ね、やんないといけないですね、軽量化。寝る時間。そうです、寝る時間です。その通り。みんな寝る時間だからね。はい。みんな一緒にいい夢見ましょう。今日の動画面白いと思っていただけましたらね、ぜひとも高評価、グッドボタン、あとはチャンネル登録とね、あとは通知の方をオンにしていただいて、通知が鳴りましたらまたぜひぜひみんなで遊びに来てください。そうしていただけるとね、継続は力なり、次の配信のモチベーションになりますのでね、ぜひぜひ、国和に、お力添えしていただく、国和を応援すると思ってね、ぜひぜひ、チャンネル登録、グッドの方をお願いいたします。すごい喜びますんでね。はい。シールドが、レッドアイズでグッド。かっこいい。はい。グッドポチリ、グッドポチリありがとうございます。お疲れ様でした。まこつさんありがとうございます。じゃあ、このままエンディングの方に参りたいと思います。今日も一日お疲れ様でした。明日仕事の人は頑張って。お休みの人はね、もうゆっくり休んでいい夢見ちゃってください。今日はコルベットの夢見るんじゃないですか。もしくはね、また自分のコルベットにテーブルを下からぶっ刺して抜けなくなる悪夢を見る可能性もありますけれどもね。もう悪夢を見るか素敵な夢を見るかはもう日頃の皆様の徳の積み具合次第というところでございますればね、もう気をつけていただければと思います。間違ってもね、枕の下にテーブル関係とか家具関係の雑誌なんか入れないようにしていただいて、間違って入れちゃうと間違いなくテーブルをコルベットにぶっ刺す夢を見ると思うので、皆さんご注意ください。はい。国和さん素敵な企画をありがとうございました。こちらこそね、参加していただいて本当にありがとうございました。みんな踊ってる？国和のいないところで。なんだ、まあいいな。みんな後で写真撮って X で上げてね。後で見に行くからね。はい。国和の楽しみなんで、ぜひぜひ後で覗きに行くからね。みんなちゃんと写真あげるんだよ。自分はあげないのにみんなにあげさせるっていうね。人任せ配信して。みんなこうなっちゃダメだからね。だと仕事しないとワイみたいなのは良くないから。いいね。はい、じゃあ改めまして、皆さんダンスしてるところで、一緒にダンスして、諦めるでももう疲れたから。お疲れ様でした、皆さん。おやすみなさい。じゃあ、皆さん、いい夢、見ろよ。エンディングです。